はい。皆さん、こんばんは。次郎です。本日も僕のポッドキャストを聞きに来てくださり、ありがとうございます。今日のポッドキャストはいつもと違います。今日のポッドキャストは僕の今までのたくさんのポッドキャストを一つにまとめた長編のポッドキャストなんだよね。で、長さはなんと7時間を超えております。でさ、7時間って言ったら、僕の睡眠時間ぐらいなんだよね。で、このポッドキャスト、長いから、いつ聞くか、どこで聞くかは、もう完全に皆さんにお任せします。寝てる時とか、通学中とか通勤中とか、いつでも、どこでもいいので、BGM 代わりでいいから、聞いてほしいな。7時間全部聞いたら、聞き終わった後もしかしたら日本語ペラペラになってるかもしれないね。それでは、7時間の旅に行ってらっしゃい。はい、皆さん、こんにちは。次郎です。皆さん、お元気に過ごしておりますでしょうか？本日はですね、新しい試みとして、ポッドキャストをこのカメラの前で撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。今までは私のパソコンの画面をシェアしたりとかして、その画面を見せながらポッドキャストを撮っていましたが、今日は本当に喋るだけです。本当に喋るだけ。はい。やっていきたいと思います。で、ちょっとマイクの音質も、向上させたので、ぜひ眠りながらとかね、聞いてください。画面を見続ける必要はないので、ぜひ、眠りながらとか他のことをしながら聞いてください。よろしくお願いいたします。はい。今はですね、日本は夏に向かっていってますね。季節の変わり目で、とっても暑くなってきましたね。今、ここに温度と湿度が表示されてると思うんですけど、何度になってますかね？見えますか？ちょっとね、今、僕のところからは見えないので、ぜひ、確認してください。今何度ぐらいですかね？でも、着実に毎日暑くなってきてます。日本の夏は暑いですからね、本当に。はい。皆さん、日本の夏を体感したことはありますか？本当に暑いですよ。ただね、慣れてしまえばね、夏嫌なんだけど、こんな感じかって思いますよ。いや、暑いだけならいいんですけど、湿度が本当に高いんですよ、日本の夏って。なんで、それが相当厄介ですね。うん。湿度が高いことによって、ジメジメして、で、ベタベタします。すみません。たくさんの擬音を使ってしまったんですけど。はい。皆さんは今何をしながらこのポッドキャストを聞いていらっしゃいますかね？僕はですね、最近気づいたんですけど、たくさんポッドキャストを聞いてるんですよ、自分。最近気づいたんですけど、気づいたら寝るときにいつもポッドキャストを聞いてますね。もちろん僕は日本人なんで、日本語学習のためのポッドキャストは聞いてないです。別のジャンルのポッドキャストを聞いてるんですけど、いいですね、あれ。最近は YouTube も Spotify もタイマー機能があるじゃないですか。で、例えばタイマーを30分に設定したら、30分後に自動で再生中のポッドキャストが停止するじゃないですか。あれ、すごい便利ですよね。あの機能すごい重宝してます。なんか、
僕って何かしら音を聞いてないと眠れないんですよ。はい。何かしら音を聞いてないと眠れないんで、ポッドキャストを愛用してるんですけど、その、ポッドキャストがずっと流れっぱなしだと、止めるのめんどくさいじゃないですか。なので、タイマー機能を愛用してます。で、僕の場合はね、いつも30分に設定してます。で、30分経たないうちにだいたい眠りに入りますね。で、30分経たない、30分経っちゃうこともあるんだよね。眠れないまま。だけどね、その後また30分セットしたらだいたい眠れるね。うん。やっぱり僕はね、いろいろ日々、考え事をしちゃうから、何か音を流してないとね、別のことを考えちゃうんだよね。だから、別のこと、いろんなことを考えてると眠れなくなっちゃうから、だからね、僕は、ポッドキャストを聞いて、そのポッドキャストの内容に自分の脳みそを集中させて気づいたら眠るっていうのをやってます。で、最近聞いているジャンルは野球かな。僕がポッドキャストを聞いているときは、聞くジャンルはだいたい2つなんですよ。で、1つはニュースだね。で、もう1つが野球。野球ね。野球ってスポーツみんな知ってますか？でね、野球の何を聞いてるかっていうと、野球の、ゲームの音を聞いてるわけじゃないんだよね。元プロ野球選手の人の話のラジオを聞くとか、そういうことをしてます。あとはね、ニュースは、本当に、いろんなニュースがあるんだけど、国内のニュースというよりは、世界のニュースをポッドキャストで聞いてます。でね、本当に一人眠りやすい、いい声をしてる解説員の方がいるんですよ。で、その人はね、あの、東京大学っていう大学の、教授の方、いや、副教授だったかな、ごめん。詳細な、役職は忘れたんだけど、東大の人なんだよ。で、その人がね、本当に心地いい声でニュースを解説するから、一時期その人にドハマりしてました。そう。だからね、僕も、その人みたいに、みんなが眠りにつきやすいような声を目指したいよね、やっぱり。今ちょっと意識してます。ちょっと意識してる。眠りやすい声にしようと思ってる。ASMR 的なね。え、みんな、ASMR とか聞きますか？ASMR いいんだけどさ、たまに耳がくすぐったくなるんだよね、僕。たまにさ、なんか、筆でマイクをちょんちょんちょんってさ、いじる ASMR とかあるじゃん。あれなんか本当に無理なんだよね、僕にとって。なんか耳がくすぐったくなっちゃうから、なんかずっと聞き続けることができない。なんかね、首の後ろが痒くなる感覚なんだよね。わかる人いるかな？その感覚があるから、僕は ASMR 苦手です。ただ、その教授みたいに、眠りやすいいい声質の人は好きなので、そういう人のポッドキャストは聞くようにしてます。なんで、僕もね、そんなポッドキャストを、目指していけたらなって思ってます。どうですか僕の声。僕って、これまでの人生で、ずっと声にコンプレックスを持ってたんですよ。で、その理由としては、声が低いからなんだよね。僕の声って、
日本人にしてはだいぶ低めの声なんだよ。でね、日本の小学校とか中学校って、合唱大会とかが結構あるんだよね。あとは音楽の授業にみんなで合唱しましょうとかっていう機会が結構あるんだよ。だから、その時に高音がいつも出すことができないんだよね。その度に、ああ、自分って音痴だなって思ってました。そう、だから声が高い人のことがとっても羨ましくて、羨ましいなって思ってました。いつも。皆さんの声は高いですかね？低いですかね？でもね、僕は、今でも音痴なんだよね。今でも音痴なんですよ。そこまでその高音を出さなくてもいい曲だったら歌えるんですけど、やっぱり高音が続くような曲になってしまうと、そうだね、やっぱり、音痴になっちゃうね。だから、カラオケに友達と行くときは、いつも高いキーを出さなくて済む曲を歌ってる。そう。日本ではね、あの、カラオケに友達と行く文化があるから、しょっちゅう人の前で歌う機会ってあるんだよ。それこそ、高校生であっても学校終わりにカラオケに行くことは結構あるよ。あるし、大学生も結構行くね。飲み会の後とかにカラオケに行ったりとかするし、社会人になってもね、カラオケって人によっては結構行くんだよね。で、僕の友達なんかは、飲み会で1軒目、2軒目行った後にカラオケに行ったりしてるね。で、その時にすごい気を使うらしいんだよね。やっぱり会社っていろんな年代の人がいるじゃん。で、年代によってさ、知ってる曲って違うじゃん。結構年がいってる人って若い人に人気の曲を知らなかったりするし、その逆もしかりだよね。だから、この50歳の先輩が知ってる曲を選ばなきゃなっていつも思うらしい。だから、その年代、一緒に、カラオケに行ってる人たちの年代に合わせて、曲を選ぶらしいです。うん。だからね、相当気を使うっぽい。でもね、楽しいらしいね。うん。楽しいらしいねっていうか、僕も会社で先輩の人と行ったことあるね。ただ、そこまで、高頻度で行くわけではないかな。会社によって飲み会の文化って全然違うんだよね。今って、飲み会があっても断る若い世代の社員ってすごい多いから、そもそも飲み会をあまり実施しないっていう会社もあれば、もう毎日のように飲み会をしてる会社もあります。だからね、日本の飲み会を体験してみたいなと思ったら、そうだね、適切な会社を選んだ方がいいかもね。日本で飲み会文化は、体験したことありますか？そもそもさ、皆さんが住んでいる国に飲み会文化ってあるんですか？日本はね、飲み会文化がなくなってきてるとはいえ、まだ全然ありますね。うん。で、終電を逃してタクシーで帰るとかね。うん。お金本当にもったいないんだけどね。でね、その若手も、会社の中の若手も、飲み会の場では先輩にすごい気を使うし、逆に、その年上の人たちも、その飲み会の費用とかを払わなきゃいけないんだよ。だから、若い世代の社員にご飯をおごるとか、必要となったお金を代わりに払ってあげるとかっ
っていうのをしないといけないから、どっちも本当に辛いことは多いんだよね。うん。どっちも何かしら辛いことはあると思う。ただ、まあそんな、ね、気を使ったり、まあ後輩の分のお金を払わなきゃいけなかったりしても、それでもみんな行きたいと思って行ってるからね。うん。まあただ僕はあまり飲み会が好きな方じゃなかったから。あまり行かなかったけどね。ただ、そうだね。まあ会社によると思います。まあ、僕も気が向いたら、行くんだけどね。うん。そう。はい。皆さんはの国や飲み会文化ってあるんですかね。まあ、飲み会の、文化を体感したかったら、ぜひ日本に来て、えー会社に就職してください。はい。ということで、まあ、今日はですね、まあ、何を話そうかなっていうふうに、ずっと考えていたんですが、まあ僕がこのポッドキャストをね、こうやって撮っている理由について話していきたいと思います。ただ、このポッドキャストはフリーテーマなので、全く違うことを話しちゃうかもしれません。はい。毎回こういうトピック話そうかなっていうふうに、考えておくんだけど、やっぱりその途中、ポッドキャストをこうやって録音している途中に、やっぱりこれ話したいなとか思うことって出てくるんだよね。だから、途中で、やっぱりこのテーマ話そうってなったら、それについて話しちゃうかもしれません。まあそうなっても、皆さん、ぜひちゃんとついてきてくださいね。はい。じゃあね、まずはこういうポッドキャストを撮ろうと思ったきっかけなんですが、皆さん、このチャンネルの動画とか、ポッドキャストを聞いたりとか見たりしてくださってる人たちって、多分ほとんどが日本語学習者なんじゃないかなって思います。どうですか皆さん今、日本語を勉強していますか？はい。このチャンネルを見てくださってる方っていうのは、まだね、全然再生回数も少ないんですけど、少ない中でも結構みんないろんな国の方がいるんですよ。本当にいろんな国の方が僕のチャンネルを登録してくださっています。ヨーロッパはもちろんのこと、東南アジア、アフリカ、アメリカ、全部ですね。はい。世界のいろんな地域から、このチャンネルを登録してくださっています。はい。だからね、多分、日本語を勉強してるとか、日本の文化に興味がある人が、このチャンネルを見てくれていると思います。でね、これは本当に、僕の狙い通りなんですよ。日本語を勉強したいと思っている方とか、日本の文化に興味があるっていう方に対して、僕は動画を作ろうと思っています。で、日本語を覚えてほしいと思ってます。日本語を聞けるようになったりとか、話せるようになってほしいなって思ってます。で、なんでそんなことをしているのかっていう理由なんですけど、僕の留学中の経験がきっかけですね。僕ですね、実は昔、ヨーロッパに留学してました。で、その時に、英語を話せるようになったんですよ。で、だから僕は今、英語を話せます。うん。英語が2番目に得意な言語ですね。一番得意なのが日本語です。で、留学する前に、もちろん英語は勉強していたんですよ。
日本の場合って、中学校から英語を勉強しました。僕の世代は中学校の頃から英語を勉強し始めます。で、一方で、今現在は小学校の頃から英語を勉強するらしいですね。で、中学校の英語の勉強って面白くないんですよ。理屈に沿った勉強なんですね。まず、英語の教師の方が英語を話せませんでしたね。ただ、その先生も英語は書けるし、読めるんですよ。ただ、英語は喋れなかった。で、喋れないって意味ないじゃないですか。でも人によるとは思いますよ。英語を読めたり書けたりすれば、それで十分って思う方もいらっしゃるかもしれないです。ただ、結構な割合の人が英語を実際に喋りたいとか、言語を実際に喋れるようになりたい、聞けるようになってみたいって思うと思います。で、中学校の勉強って、単語を覚えるときは、こんくらい太い単語帳があって、そこに書いてある単語を300単語とか500単語とか、全部覚えましょうとかね。そういうのばっかりだったんですよ。それって、自分で自らやってる勉強ではないし、生きた英語ではないですよね。もうただ単に本に書いてある単語を覚えていくっていうだけじゃないですか。で、僕もね、その単語帳を使った単語の勉強っていうのは、その学生時代にたくさんしました。ただ、面白くないんですよね。辛いっていう思い出がありますね、僕にとっては。で、その単語帳の、何ページから何ページまでが今回の期末試験の範囲です、みたいなことを先生がおっしゃるので、そこの範囲を勉強するんですよ、頑張って。前日に。テスト前日に、その範囲を一気に覚えます。僕の場合ね。僕は、ちゃんとした勉強できていなかったと思います、もちろん。で、前日の、深夜2時ぐらいまで単語を短期記憶で一気に覚えました。するとね、翌日のテストでは結構スラスラ問題が解けるんですよ。で、高得点も取れるんですよ。ただ、そのテストが終わった次の日には、もうその単語を忘れてましたね。だから完全にテストのための勉強になっていて、自分自身のための勉強にはなってなかったんですよね。で、なんでそんな勉強をしてしまったかっていうと、単語を覚えること自体がそんなに楽しくないっていう認識だったからなんですよ。ただ、海外には興味ありましたし、いつか自分は、日本を出てみたいなっていうふうに思ってたんで、留学しました。ヨーロッパのとある国に、僕は留学をしました。で、ヨーロッパって英語圏の国ほとんどないですよね。イギリスは EU を脱退しましたけど、イギリスくらいですよね、英語が普段使われてるのって。なので、僕が行った国も、公用語は英語ではありませんでした。ただ、大学時代に留学したんですけど、その大学ではたくさんの留学生を受け入れてました。なので、その留学生同士のコミュニケーションが英語だったんですよ。で、僕も寮に住んでたので、寮で友達と会話をするときとか、一緒にどこかご飯食べに行ったりとか遊びに行ったりするときは英語で話してました。
で、その時気づいたんですよね、僕は。単語がスラスラ覚えれると思ったんですよ。あの、どういうことかと言いますとですね、単語帳に出てくる単語って全然頭に入ってこなかったんですけど、友達と喋ってる時に出た単語とかですね、僕が今まで知らなかった単語、すぐ覚えちゃうんですよ。なんでかっていうと、その単語を覚えた時のシチュエーションも一緒に覚えているからですね。の時友達が言っていた単語だっていうふうに思い出すと意味が思い出せるんですよ。で、それは僕は革命だと思いましたね。正直。だってあんなに辛かった単語帳を使った単語の勉強が留学に行ったらこんな楽に友達と遊ぶだけで覚えれるんだって思いました。で、その時気づいたんですよ。自分が好きなこととか、楽しいことで、まあ、その言語が覚えられたら、単語が覚えられたら、すごくいいなって思いました。なので、楽しいコンテンツを作る。楽しいコンテンツを作って、それを皆さんの日本語学習に、使ってもらおうっていうふうに考えたんですよ。で、僕は、英語を喋れると言っても、ネイティブの人よりは英語はうまくありません。なので、英語学習のコンテンツを作るよりも、自分が日本人だから、日本語学習のコンテンツを作った方がいいなっていうふうに思いました。で、今はこうやって、ポッドキャストを撮ってるんですけど、何か楽しい動画を作りたいなと思ってます。で、日本語を覚えるために、僕の動画とか、ポッドキャストを見に来るっていうよりは、面白いからこのチャンネルを見に来るっていうのを今は目指してます。はい。ただね、正直なところ、僕のチャンネルってまだまだ面白くないですよね。うん。まだ全然面白くないと思います。だから、もっと面白くして、もっと面白くしていかなきゃなと思ってるし、今もね、常に、どういう企画をやったら皆さんが楽しんでもらえるかなっていうふうに考えているところです。でね、僕が一つ発明したものなんですけど、このポッドキャストもそうですけど、自分っていうか僕が話した文章がこれで出ますよね、上に。今出てますよね。で、そして僕が話した文章に含まれている単語も、両脇に出てます。そう。だから、僕が話している内容っていうのが、一言一句わかるようにしてます。これ結構僕の中で、僕のチャンネルのこだわりポイントです。黒いし、邪魔だって思う人もいるかもしれないんですが、それは、皆さんのフィードバックをもとに、改善していこうと思います。こうやって喋ってると途中でね、わからない日本語も出てくると思うんだけど、この両脇に出ている解説を見れば、単語の意味もわかると思うので、皆さんの日本語学習にぜひ、活用してみてください。で、しかもね、JLPT テストの単語のレベルもその単語ごとに書いてあるので、これはこのくらいのレベルなんだとかっていうのを確認することができます。例えば、今から、N5 のテストを受ける人がこのポッドキャストを見ているとすると、わざわざ、N1 とか N2 とかの単語は、これはわからなくてもいいやっていうふうに思えるよね。そういう人は、ただ単に僕が喋った言葉の中にある N5 のレベルの、単語を
だけを覚えればいいと思うし、気になったら他の単語も覚えればいいと思います。そしてね、このポッドキャストで、出てきた単語っていうのは、ちゃんとね、単語帳にして、この動画のコメント欄に載せてるから、その PDF もぜひダウンロードして、日本語学習に活用してください。ただ、僕が昔単語帳を嫌いだったように、常に、その単語帳、僕が配布する PDF を常にずっと見る必要はないです。その必要に応じて使ってください。例えば動画見終わった後に、もう一回見直そうとか、っていう風に使ってもらえればと思います。わざわざ頑張って、その紙を見て、その PDF を見て、一つ一つを無理して覚える必要はありません。一番大切なのは、自然に覚えていくことですよ。やっぱり、皆さんの母国語がそうだと思うんですけど、僕が、日本人として日本に生まれた時って、全く、単語帳とか、教科書とかない状態からスタートしてるじゃないですか。だけど気づいたら、日本語が話せるようになってますよね。なので、それと同じでいいと思います。赤ちゃんが、成長するにつれて日本語を覚えていくように、自然と気づいたら日本語を覚えていくっていうのが、大事だなと思います。ただ、そんなにのんびりはしてられませんよね。やっぱり人生は有限ですから。例えば、人によって目標は違うと思います。日本に来て、日本企業で働きたい。そのために日本語を勉強していますっていう人もいると思いますし、一方で、日本人と日本語を話せなくてもいいから、アニメの日本語だけ聞き取れるようになればいいですっていう人もいるかもしれません。で、最初に言った日本で働きたいって思ってる人たちは、きっと、時間がないですよね。日本語を習得するまでに。多分、できるだけ早く働きたいと思ったら、できるだけ早く日本語を習得する必要があります。だから、そういう人たちは、日本語を常に聞き続ける環境っていうのを整えるべきだなと思います。こういうね、ポッドキャストを、常に聞くっていうのは本当に重要だと思います。こういう考えに僕がなったのも、いろんな出来事があるんですけど、留学行った時が一番大きかったんですけど、ヨーロッパに留学行く前に、また別の英語圏に短期で、留学にも行ったことありまして、その時にあった面白い話があるんですよ。で、その時僕は、ホームステイをしたんですね。現地の国に。で、現地の家族のところで、約1ヶ月間寝泊まりしました。で、その時に確か11歳ぐらいの女の子もその家にいました。で、その家の女の子、英語ペラペラなんですよ。もちろん。英語圏に住んでる11歳の女の子って英語ペラペラじゃないですか。だから、すごいなと思って見てたんですけど、その女の子、全然英単語のスペル知らなかったんですよ。と思って、こんなのも知らないのって僕はその時思ったんですよ。僕はその学生の頃ね、頑張って単語帳で頭に入れてたんで、その日常会話の英語でその単語が使えないにしても、一応日本語に訳すことはできたんですよ。例えば、have っていう単語だったら、持つって意味だねとか、持っているって意味だねっていう風になると思うんですけど、そういうのはできたんですよね。あと、スペルもちゃんと間違えずに書くことができました。日本の
英語のテストはスペルを間違えると減点になってしまうので、スペルだけは絶対に間違えないようにしようっていつも心がけてたんですね。で、いつもそうやって心がけていたのに、まさか、現地の、11歳の女の子が英単語のスペルを知らないなんて思わなかったんですよ。こんなのも知らないのって思ったんですけど、よくよく考えてみると、その子にとってはその英単語のスペルを知る必要がなかったんですよね。その子の人生において。そうなのか。スピーキング英語のスピーキングだけできるようになりたいと思ったら、スペルなんて覚えなくていいのかってその時思いました。はい。なので、人によってね、僕が何を言いたいかっていうと、人によって、ゴールまでの最短距離は違うと思います。英語の論文を、たくさん毎日読みたいとかだったらあの、そうだね。スペル逆か。英語で論文をたくさん書きたいとか思ってる人がいたら、スペルはちゃんと覚えた方がいいよね。スペルを間違えたまま論文は出しちゃいけないからね。ただ最近は、AI がね、AI の発達が凄まじいから、翻訳とかもそういう AI に任せればいいからね。だからなおさら、スペルなんてのは覚えなくていいかもしれないね。検索すれば出てくるからね。うん。で、そういった取捨選択っていうのが、日本ではね、本当に、日本語では本当に重要になってくるかなって思います。なんでかっていうと、日本語って覚えようとすれば覚えれることが本当に多いですよ。一番いい例は文字ですよね。ひらがなが50個あって、カタカナが50個あって、漢字が3000文字あります。ちょっと3000文字はかなり多いですよね。3000文字って結構多いですよね。ただ、日本語で日常会話をしたいなって、そう思うだけだったら、漢字を覚えなくてもいいですよね。うん。日本人でさえ、最近はね、漢字を忘れてきてると思うんですよ。皆さんって日本人が、あの、携帯でどうやって日本語を打ってるかっていうのを見たことありますかね？基本的に、まずは、携帯でタイプするときは、まずは、ひらがなを打ち込みます。すると、そのひらがな、に該当する漢字とか、キーボードが、この人この漢字のことを書きたいんだな、っていうのをキーボードがサジェストしてくれます。うん。だから、この漢字だ、この漢字っていう風にポンポンポンって打っていけば、スマホで漢字は打てます。うん。だから、漢字を覚える必要がないんだよね。だいたいこういう風な漢字だな、こういう形してたなっていうのさえ覚えてしまえば、パソコンのキーボードとか、この携帯のね、キーボードを使って日本語を打ち込むことはできます。漢字を打ち込むことはできます。だからね、僕も最近は漢字を忘れてきてますね。それを僕はね、ちゃんと、これまでね、日本で生まれて、日本の教育機関を卒業しました。なので、結構多くの漢字を習ってきたんですよ。ただ、人間ってペンを持って書かないと忘れてくるじゃないですか。だからね、忘れてきちゃいましたね。最近はめっきりペンを持つ機会が少なくなりました。皆さんはペンを使う機会ありますか？なんかね、文字を書くと言ったらもうみんな大体このパソコンのキーボードを打つか、スマホのキーボードを打つかですよね。でね、アルファベッ
トの書き方を忘れるっていう人は、あんまりいないんじゃないかなって思います。アルファベットって全部で何文字ですか？ 26 文字とか、27文字とかですよね。で、漢字はそれに対して3000文字あるわけです。いやー、そりゃ1文字ぐらい忘れますよ。そう。で、長いことね、書いてない漢字だと、あれここに棒を書く必要あったっけとか、あれこうやって書き順どうだったっけっていうのが、すごく忘れやすいんですよね。僕もたまに、ペンを持って書かなきゃいけない時っていうのは、ハッとします。うわ、この漢字の書き方忘れてるとかね、結構思います。そう。書き順が一番難しいかな。あれ、アルファベットってさ、書き順ってありましたっけ？書き順っていうのは、どの棒とかどの線からその文字を書くときに書くかっていう話ですね。日本語の漢字とかひらがなとかカタカナって全部の文字に書き順があるんで、その書き順はね、結構忘れちゃうこと多いですね。別に、書き順は間違って書いてもいいんですよ。間違って書いてもバレないんですけど、なんか自分の中で書き順だけはちゃんと書きたいなっていう。書き順だけは間違わずにちゃんと書きたいなっていう思いが僕の中ではあります。日本語を今勉強している方々、ひらがな、カタカナ、漢字を勉強している方々って書き順習うんですかね？なんか書き順を習う暇があったら別のことを習った方が有意義な気がしますけどね。はい。皆さんは漢字の書き順習ったことありますか？うん。まあね、大人になると書き順間違ってる人たくさんいるんで、正しい書き順を覚えてなくても、そんなに気にすることはないと思います。はい。で、そうだね。ポッドキャストを始めた理由だけど、さっきも言ったけど、ポッドキャストを最近聞いてるんだよね、僕はよく。寝るときに聞いてるっていう話をしたけど、で、寝るときってさ、いつ眠りに落ちるかわからないじゃん。だから、何かして有効活用をした方がいい時間だと思うんだよ。そう。だから、寝る時間に、こういったポッドキャストを聞くのはすごい重要だなと思ったし、寝る時間に聞いてもらえるようなコンテンツを目指したいなって思ってます。で、その時に、僕の日本語を聞いていて、あれ今なんて言ったんだろうとか、あれ今単語なんだったんだろうってなった時用に、この両脇にその意味を出してるっていう風な感じになってます。でね、やっぱり楽しく言語を学ぶのが大切だっていう風に、ずっと話してるんだけど、別にこのポッドキャストを聞く必要は全然ないです。日本語を勉強したいのであれば。このポッドキャストじゃなくて、例えば、アニメが好きだったらそういったアニメを活用するのもありですし、日本人の友達を作るのが一番早いかな。日本人ってでもね、世界の中にあまりいないだろうから、日本人の友達っていうのは見つけるの難しいと思うけどね。韓国人とか中国人に比べてもね、多分日本の外に出てる日本人って少ないと思うんだよね。うん。ただ、一番早い言語の習得方法はやっぱり、彼氏とか彼女とか、パートナーを作ることだよね。例えば、日本語を学んでいる皆さんだったら、日本人の彼氏とか、日本人の彼女とか作るっていうのが一番いいと思う。やっぱりね、友達と話すっていうのが一番身につくよね。で、今はこうやって僕が一方的に皆さんに喋ってしまっているんだけど、本当はね、皆さんからもこうやって、あの、皆さんからの声も僕が聞けて、それに対して僕が反応するっていうのが一番いいと思うんだけどね。うん。僕の友達で、ベトナムに
留学した友達がいます。で、その友達は、ベトナムで、ベトナム人の彼女を作ったんだよね。そしたらね、その友達は、1年間、ベトナムに留学してたんだけど、日本に帰ってきた時に、ベトナム語がペラペラになったね。いやー、あの時は本当にびっくりしたな。まさか、ベトナム語を完璧になって帰ってくるとはって思いましたね。あの、しかもね、英語もそんなにペラペラ話せる友達ではなかったから、あの、そんな英語よりもベトナム語が得意になってしまったわけなんだよ。だから日本語が一番得意な言語で、その次に得意な言語がベトナム語になってたね、その子は。だからね、やっぱりパートナーを見つけることって大事だと思います。ただね、日本人ってそんなに多くないのかな。皆さんが住んでいる国に日本人っていますかね？うん。僕も留学した先のヨーロッパの国には全然日本人いなかったから、やっぱり現地の、そうだね。あの、日本人以外の人と仲良くしてたね。ただね、日本ではね、英語を喋る外国人の友達を作るのはすごい簡単だと思うんだよね。あ、でも場所によるか。うん。場所によると思います。僕が住んでるのは東京なんですけど、東京はね、本当に外国人の方の数が多いね。英語を喋れる方が多いです。別に英語圏以外の国からの、あの、来てる方もたくさんおられるんですけど、日本ではね、英語を勉強してる人が多いので、英語を勉強するために、英語を覚えるために、あの、英語話者の友達を作るっていうのは、東京に住んでたら、本当に楽だと思う。うん。だからそこら辺のバー行ったら、たくさんいるからね。日本人じゃない人っていうのは。で、日本人ってさ、シャイじゃん。日本人って本当に恥ずかしがり屋で、あまり他人と話さないんだけど、日本人じゃない方って、なんかすごいもっとフランクに話してくださるから、友達作るの本当に、日本人の友達作るよりも、日本人以外の方の友達作る方が楽かもしれないな、日本は。でも僕の場合ね、なんか僕が日本人の友達を作るのが下手なだけかもしれないけどね。その可能性も、ありますけども。あとは最近はね、観光客の方も多いから、日本人以外の方と接する機会っていうのは本当に昔と比べたら多くなりました。一瞬、ね、コロナウイルスが蔓延した時に、その時にもう全然外国人の方はいなくなったんだけど、その後やっぱりまた復活して、今はね、東京の街に出れば、観光客の方たくさんいるね。うん。でもそんな観光客の方も、これから来る方は大変だろうな。うん。大変だと思います。理由は夏の暑さですね。日本の夏本当に暑いから。でもどうだろうな。東南アジアから来る方はどう思うかな。日本の夏の一番厄介なところってその湿度なんですよ。湿度がすごい高い。うん。だからね、ジメジメしてます。ただ、そうだね、東南アジアの方々は、自分の国でも比較的、湿度が高かったりするから、もしかしたら東京の夏に耐えられるかもしれないね。え、今この動画を見てくださっている方で、東南アジアの方いますか？うん。いるかな？日本の夏耐えられますかね？少なくとも、
ヨーロッパとは全然違うね、気候は。ヨーロッパもね、結構気温は上がるんだよね。東京と同じぐらい気温上がるんだけど、ヨーロッパの場合は湿度が低いから、そこまで過ごしにくいとかはないよね。ただ東京はね、ジメジメしてるからね、なんて言うんだろうな。すごく不快な汗のかき方をします。そう。だからね、8月とか9月に観光客の方が日本に来るっていうのはあんまりね、お勧めしないね。ただ、そんな方々が、どれくらいの割合の方々がその情報を知ってるかだよね。日本の夏がやばいっていうことに気づかないで、日本のホテル予約して飛行機予約して来ちゃう人もいるかもしれないからね。もし皆さんが今、日本に来て、日本に旅行したいなって思ってるとしたら、8月、9月、7月もかな。その3ヶ月間はあまり来ない方がいいと思うな。すごい暑いから。でも日本の夏って、暑いんだけど、楽しいことはいっぱいありますよ。あります。夏祭りが一番ですかね、日本の場合は。日本の8月って、宗教的にご先祖様が天国から地上に降りてくる月なんですよ。だから、いろいろな祭りが開催されますね。たくさんの地域でみこしが担がれて、たくさんの出店が出て、花火が打ち上げられます。こういった光景を見るのも、悪くはないかな。そう。日本の夏の暑さを我慢できるんだったら、そういった日本の祭りっていうのを体験してみるのも悪くはないかもしれないね。夏の祭りの出店っていうのは本当にいろんなお店が出ますよ。お寺とかでね、行われることが多いです。うん。でね、僕が好きだったのは、チョコバナナだね。うん。チョコバナナっていう、チョコレートでコーティングされたバナナが、祭りの出店で販売されることが結構多いんだよ。でそれが大好きでさ、結構食べてました。あとはいろんな出店があるね。あの焼きそばも食べれるし、あとは金魚すくいもできるし、いろんな店が祭りではあるから、いろんなことを体験できます。あとは花火だよね。うん、日本のね、花火大会たくさんあるんだけど、何がおすすめかな。結構大きな花火大会で言うとね、隅田川花火大会っていうのがあります。で、隅田川花火大会っていうのはね、隅田川っていうと川のところで行われるでっかい花火大会なんだけど、すごい混むんだよね。びっくりするぐらい混む。うん。びっくりすると思う、来たら。しかも暑いしね。外国人の観光客だけじゃなくて、日本人にももちろん有名なお祭りだから、花火大会だから、すごい混みます。ただ、東京に滞在する期間っていうのがあまり長くなかったら、そうだね、その隅田川花火大会と同時に、観光名所である浅草と、あとは世界一高い電波塔の東京スカイツリーに行ってみるのもいいかもしれない。ちょうどね、その隅田川っていう川が、その東京スカイツリーと浅草の真ん中に位置してるんだよ。だから、一気にその隅田川と東京スカイツリーと浅草を味わうのはいいかもしれないね。そう。東京スカイツリーは、世界で2番目に高い人工の建造物です。はい。で、そうだね。展望台に行くとね、だいぶ綺麗な景色が見れるんで、見てください。そういえば、
隅田川花火大会の時って、スカイツリーの展望台から花火見れるのかな？どうなんだろう？多分見れるよね。でもどうせ抽選とかなんだろうね。抽選とか、早い者勝ちとかで、全員はその展望台に登れないとは思うんだけど。だって結構な特等席だよね、東京スカイツリー。東京スカイツリーってさ、高さが634メートルあるから、634メートルもあると、展望台から花火見るときって、下を見ることになるんだろうね。普通花火って上をこうやって見上げるよね。ただ、634メートルもあったら多分、下を見ることになるんだろうね。へえ。まあそういった、それが東京スカイツリーです。で、隅田川を挟んで向こう側にある、浅草はね、浅草寺っていう有名なお寺があって、その浅草寺がね、すごいいいスポットですよ。いい観光スポットです。浅草寺が、お祭りじゃない時も、普段でも出店がね、たくさんあるんだよね。でそこでね、お土産も買えるし、楽しいじゃない、美味しい、なんていうの？スイーツは食べれるし、すごいおすすめなんだけどね。浅草に来たら食べてほしいものがあって、別に浅草じゃなくてもいいんだけど、浅草の周りにたくさんあるお店があって、それがね、もんじゃ屋さんで、皆さん、もんじゃ焼きって知ってますか？日本の料理なんですけど、めちゃめちゃ美味しいんで、僕大好きなんですよ。で、海外から友達が来るときも、大体もんじゃ焼きを、もんじゃ焼き屋に連れてって行ってあげるんですけど、もんじゃ焼きはですね、見た目は完全に吐砂物ですね。皆さん、吐砂物っていう日本語を聞いたことありました？うん。吐砂物って多分相当難しい日本語で多分、日本人の小学生も知らない単語かもしれないですね。吐砂物って何かっていうと、吐いたもののことですね。人間が口から吐いたもののことを吐砂物って言うんですけど、あまり使う機会はないですよね、この日本語を。吐砂物って、N1、N1 でやんのかな？ JLPT のテストで出てくるのかな？吐砂物って。相当難しい単語だと思うけど。どうなんだろう。でもね、皆さんは今、覚えたと思います。そう。で、そのもんじゃ焼きは、見た目は完全に吐砂物なんですけど、美味しいんですよ。で、いろんな味があります。豚、キムチ、チーズとか、海鮮もんじゃとか、いろんな味があります。で、どれ食べても美味しいんですけど、僕は、チーズとかキムチとか豚が入ってるのがおすすめですね。多分ね、イスラム教徒の方も食べれるのはあるんじゃないかな。そのベジタリアンの方とかも食べれるもんじゃ焼きってないのかな。いや、知らないな。いや、そうです。僕、昔、あのーお友達のイスラム教徒の方を、東京を案内したとき、ちょっとね、お店選びに困った経験があるんですよね。世界的に見てもね、日本でハラル料理を探すのは結構難しいですね。あとはベジタリアンとかビーガンの料理を探すのはね、東京だと、かろうじてできるかもしれないんですけど、地方だとね、あんまりないんじゃないかな。うん、でも一定数、イスラム教徒の方って住まわれてるので、どうにかして豚肉を食べないようにしてるんだろうけど、お店で、豚肉を食べないようにするっていうのはね、結構他の国に比べたら、難しいと思います。
あ、そう。で、その吐砂物に似たもんじゃ焼きなんだけど、そのもんじゃ焼きってね、鉄板の上で焼くんだよ。まず、もんじゃ焼きの素がテーブルにやってきます。で、その素を鉄板に開けて、で、なんて言うんだろう。ヘラでぐちゃぐちゃにして、形作って焼くんだけど、その見た目はね、吐砂物なんだよね。で、焼き始めてしばらくすると、ちょっと固まってくるから、そしたらちっちゃいヘラを持って食べるっていう感じ。そう。で、浅草にもんじゃ焼き屋さんがたくさんあるから、ぜひ試してみてほしい。ぜひ食べてみてほしい。でもただね、毎日外国人観光客の方と日本人でいっぱいだから、多分ね、予約する必要あるんだと思うな。ただ予約していくことをお勧めする。予約できるのなら。予約システムがね、そのお店にあるかわかんないからね。あとは電話しても日本語に英語に対応してなかったりするかもしれないから。でもね、そのもんじゃ焼きってその外国人観光客の方にも人気だし、しかも日本人にも人気だから、もうたくさんの人が本当に集まるわけだよ。だから、もう常に混んでるね、もんじゃ焼き屋さんっていうのは。ただ一度トライしてみてほしい。本当に美味しいので、ぜひ日本に来たら食べてみてくださいね。はい。ちょっと、長々と喋ってしまいましたけど、ちょうど今1時間超えてますね。そう、長々と喋ってしまいました。1時間超えてましたね。僕テンションが上がると、すごい早い日本語で話してしまうっていう癖があるんですよ。ただ今日は、いつもよりは、その速さっていうのを抑えられたのではないかなって思います。僕、日本人からも、日本語早いよね、早口だよねって結構言われるから、そう、日本語学習者の皆さんにはね、本当に優しくない日本語だと思う。だけど、今日はある程度ゆっくり喋れたかな。でも、ちょっと早かった気もするので、次回はもっとゆっくり話せるように頑張ります。で、ぜひ、日本語これ早すぎたら、もっと遅く喋ってくださいっていうことを、コメント欄かどこかに書いてください。そしたら改善します。はい。じゃあ皆さん、今日はこれで、ポッドキャスト終わりにしようかなと思います。今日はこうやってただ単に喋るだけだったんですけど、いかがでしたでしょうか？楽しい時間は過ごせましたでしょうか？もう眠ってしまってる人もいるかもしれないですね。はい。じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。ぜひまた僕のポッドキャスト聞きに来てください。それではありがとうございました。これで終わりです。バイバイ。はい。皆さん、こんにちは。ジローです。本日もよろしくお願いいたします。はい。皆さん、元気でしたか？お元気でしたか？僕は元気ですよ。僕はいつでも元気です。はい。今皆さんが、見ている画面にはですね、2つのものが映っていると思います。はい。一つは、私、ジローですよね。人間のジローです。で、もう一つここにあるのが、皆さんこれ、何かわかりますかね？画面を今見ていない人は、何のことを話してるか、わからないと思うんですけど、僕ともう一つのものが、今画面には映っています。はい。これです、これ。赤い文字が書いてありますよね。で、中に入っているのが何でしょうか？白い粉が入っています。はい。これ実は塩ですね。塩です。はい。料理に使う塩です。で、このね、塩は日本でいう本当に典型的な塩でございますね。だから料理に使う塩です。
ただね、僕はこの塩買ったんですけど、全く使ってないです。全く使ってないです。はい。いや、これを買った時は、料理をする意欲があったんですよ。ただ、その後何回か使ったかな。1、2回使ったと思います。1、2回料理をした記憶があります。ただその後めっきり料理はしなくなっちゃいましたね。はい。皆さんは家でよく料理されますかね？料理しますか？料理楽しいですよ。もちろん。料理は楽しいですよ。で、僕も料理嫌いではないです。はい。ただ、美味しい料理を作れるわけではないです。でもね、僕はどんなものでも美味しく食べられるんで、はい。どんな料理でもいいんですけど、ただ、料理しないですね、僕は。これにはね、ちゃんとした理由があるんですよ。まず、料理しなくても、安くて美味しいものが、日本にはありすぎる。うん。これにつきますね。これが最大の理由と言っても、過言ではないですよ。うん。スーパーに行けばね、美味しいお惣菜、美味しいお肉料理、たくさんあります。で、スーパーに行かなくても、ファストフードショップもたくさんありますし、夜ご飯を安い値段で食べられる場所はたくさんありますよ。だからね、わざわざ時間をかけて料理を作らなくていいやって思っちゃうんですよね。しかもね、僕今一人暮らしなんで、誰かのために作るとか、そういうことを考えなくていいんですよ。誰かを育てないとかいけないとかね。はい。なので僕はずっと、外食をしたり、スーパーで食べ物を買ったりしてますね。皆さんはどうですか？場所によると思うんですよね。日本とかはね、安くて美味しい料理が食べられますからね。で、僕の台湾の友達もね、家では料理作らないって言ってたね。それこそ日本と同じで、安くて美味しい料理が手に入るからって言ってましたよ。で、そういう国って日本の他にもあると思うんだよね。日本と台湾の他にも、わざわざ料理をしなくても、安い食べ物が買えるから、料理をしないっていう人が多い国はあると思います。ただね、僕がお金なかっただけかもしれないんだけど、僕がヨーロッパにいた時は外食あまりしませんでしたね。僕実は昔ヨーロッパに住んでたんですよ。でその時は、スーパーで買えるものとか、レストランで食べられるものっていうのは、本当に高かったんですね。高かったんですよ。で、僕がヨーロッパにいた頃と比べて、今は円安が進んでいるので、なおさら日本人にとって、高価なものばかりだと思います。はい。だから、ヨーロッパの人とか、物価が高い国に住んでいる人は、日本と比べて、料理する頻度が高いんじゃないかって思いますね。どうなんだろう。でも僕がお金なかっただけですか、これ。はい。物価が高い国の方々も、外に行って外食しますか？しますそこがね、気になりますね。料理はね、なかなかやりませんね。だから最近は、料理の仕方を忘れてきちゃいましたね。忘れてきちゃいました。でも、いつかまた料理をする時が来ると信じて、頑張ります。
でもね、たまに旅行先なんかで友達と料理することはあるよね。ただ、主に友達が料理を作ってるね。僕はそれを、料理をしている友達を応援しているだけだね。はい。応援なら誰にも負けないんで、料理は作れないんですけどね。はい。今日はですね、今前置きが長くなったんですが、あるテーマを持ってきました。こんな僕でもテーマが作れましたよ。はい。テーマって言ってもね、すごいシンプルなんですけどね。今日話したい内容は、ゲームについてです。ゲーム。皆さんゲームやりますか？僕はね、あんまりやらないんですよ。はい。あんまりゲームはしません。ただね、最近僕の YouTube チャンネルにマインクラフトをする動画をアップロードしたんですが、それに関連してゲームについてお話できたらなと思います。ゲームって、子供の頃はやりましたけど、大きくなってから、大人になってからはあまりやってませんね。だから正直、今どんなゲームが世界で流行ってるのかっていうのを把握してませんね。うん。だから、今流行ってるゲームっていうのは、私が子供の頃にしたゲームとはまた違うんでしょうね。うん。で、あとね、世界の様々な国ごとに流行ってるゲームって違うと思うんですよ。日本ですごい人気だけど、イギリスでは全然人気じゃないゲームもあると思いますし、その逆もあると思います。だからね、今は世界でどんなゲームが流行ってるのか、日本でどんなゲームが流行ってるのかっていうのを僕は知りたいなと思ってるんですよ。で、調べたんですけど、世界で一番売れたゲームって、マインクラフトらしいですね。よかった。僕このゲーム知ってるんですよ。知ってるっていうか、僕の YouTube チャンネルの動画としてアップしているぐらいですから、もちろん知っているんですけど、マインクラフトって今でも人気なんですかね？ただ、世界で一番売れたゲームってことは、まだ今でも人気なんじゃないかなって思います。たまに、土日とかに、子供たちが遊んでいるスイッチの画面を覗き込むと、マインクラフトだったりしますね。はい。だからその度に、マインクラフトって今の子供たちの間でも人気なんだって思います。はい。ただ、マインクラフトに関しては、僕が子供の頃はしなかったですね。子供って言っても、10歳ぐらいまではその存在すら知りませんでした。マインクラフトのことを知ったのは、私が中学生になった時ですね。中学1年生になった時に、マインクラフトの存在を知りました。で、当時から僕ってあまりゲームする人ではなかったんですよ。ただ、スマホバージョンのマインクラフトをやっている友達がいて、それがすごい面白そうだったのを今でも覚えています。自由にブロックを積んだり破壊したりできる、そのコンセプトに私は惹かれましたね。で、親に頼んで、スマホ版のマインクラフトを買ってもらいました。で、当時、確かね、600円ぐらいだったと思います。で、当時はね、1ドルが100円だったから、6ドルだね、たったの。そう、たったの6ドルで買ってもらったのを覚えています。で、今ってマインクラフトもうちょっと高いよね。もうちょっと高いと思うんだけど、うん。そう。で、そのね、ゲームを買ってもらいました。で、マインクラフトを買っ
ってもらう前はね、いろんなゲームはしてたんだよね。普通の子と比べて、ゲームをたくさんやる方ではなかったんだけど、一応何種類かゲームは持っていました。で、その中には、皆さんが知っているゲームも、あるかもしれませんよね。まず最初にね、僕が人生で最初に、お父さんとお母さんに買ってもらったゲーム、皆さん何だと思いますか？何だと思います？僕が初めて、家族に買ってもらったゲーム。いや、僕ね、誕生日にそのゲームを買ってもらったんですよ。で、初めてのゲームだったから本当に嬉しかったですね。ちなみに、僕は今20代です。ゲーム子供の頃何のゲームをやったかって、その年齢によってだいぶ異なってきますよね。じゃあ答えを言いますね。私が一番最初に買ってもらったゲームは、ポケットモンスターのダイヤモンドパールです。知ってますかこのゲーム。ポケモンですよ、ポケモン。ポケモン知らない方いますかね？ポケモンはね、日本で本当に大人気のゲームですよ。うん。子供の頃はみんなやったと思う、ポケモン。で、ポケモンの、第4世代のゲームを買ってもらいましたね。で、端末は任天堂の DS でした。DS。皆さんは DS っていうハードウェアを知ってますか？今、皆さんは何の端末でゲームをやってますか？いろいろありますよね、今でも。パソコン、だから、パソコンでやる人もいれば、プレイステーションってやる人もいますよね、ゲームを。あとは何ですか？任天堂スイッチでゲームをやる人もいますね。で、Xbox でゲームをやる人いますよね。で、僕ゲーム詳しくないんで、あまりわかんないんですけど、Xbox と Windows PC のゲームって同じではないんですよね。なんかね、いまいちそこがわかってないんですよ。すみません。Xbox をやっている方々には申し訳ないんですけど、日本ではね、あんまり Xbox でゲームをプレイしてる人はいませんね。うん。これね、理由があると思うんですよね。日本って、日本で作られたものとか、日本製のものとか、日本の会社が作ったものをたくさん消費する傾向があると思うんですよ。これはね、日本だけじゃなくて、他の国もそうかなとは思いますけどね。だからね、日本にこれまで来られた方、来たことがある方ならわかると思うんですけど、日本で走っている車って、結構な割合が日本車ですよね。うん。いや、ほとんど、ほとんどはどうではないか。最近は外車も増えてきたけど、日本で走っている大多数の車は、トヨタとかね、ホンダとか、日産とか三菱とかダイハツとか、そういう日本のメーカーの車ですよ。うん。で、テレビも、最近はね、中国製のテレビとか増えてきたんだけど、なんだかんだ言ってね、日本製のテレビを買う人が多いかな。ソニーとかだよね。うん。で、それはね、ゲームでも同じなんだよね。任天堂っていう会社があるんだけど、任天堂は、スイッチっていうゲームを作ってます。で、任天堂は、日本の京都っていうところに、本社を置く、日本の会社なんだよね。で、もう一つ、プレイステーションっていうゲームを作っている会社が、ソニーっていう日本の会社なんだよ。だから、みんなね、任天堂のスイッチとか、ソニーのプレイステーションとかで遊んでいる人ばっかりだね。うん。あとたまにパソコンで遊ぶ人もいるんだけど、大多数は、スイッチか、プレイステーションだと思う。うん。で、
まあ僕も日本人なんで、まあその頃ね、Xbox の存在も知らなかったんで、普通に DS を買いました。DS とポケモンを買いました。まあ、ポケモンを遊べるゲーム機が、ポケモンを遊べるゲーム機が、まあ、任天堂 DS しかなかったっていうのもまあ理由ではあるけどね。そう。あとはね、周りの友達がみんな DS で遊んでたんだよ。うん。ちょうどね、僕の世代って、まあ、ゲームボーイから、まあ、DS に移り変わる、まあ、境目の時期だったと思うんだよ。で、周りの人は、まあ、少しの人がゲームボーイを持ってて、で、結構大多数の人が DS を持ってるっていう感じだったんだよね。でさ、まあ、小学校の頃なんか、友達の家に遊びに行くと、みんな DS で遊んでたから、それが本当に羨ましかったんだよね。で、まあ、例えば5人とかで遊ぶときに、まあ、自分だけ DS を持ってないっていう状況になるわけ。で、その時ね、本当に友達が羨ましくてね。で、まあ、お母さんに何回も DS 欲しい DS 欲しいよ僕もって言ったのを覚えてます。大変だっただろうな、お母さんも。ね、まあ当時こそ、任天堂 DS って多分1万5千円ぐらいで買えたと思うんだよね。で、1万5千円は、まあアメリカのドルに直すと、まあ大体100ドルだよね。100ドル。まあ当時150ドルぐらい。でもさ、今の任天堂スイッチって本当に高いじゃん。えー、今何円ぐらいだろう。確か、4万円ぐらいで売ってた気がしていて、でさ、新しいモデルが発表されたじゃん。スイッチの。任天堂スイッチ2。あれはもっと高いでしょ。もっと高価だよね。だからさ、今の親って大変だなと思った。だって子供がさ、任天堂スイッチの新しいモデルが欲しいって言ったら、買ってあげたくなるじゃん。だけどそれに4万円も5万円もかかるのかって思うとさ、うん、頑張って働かなきゃって思うよね。どう思う最近のさ、ゲームちょっと高すぎない新しいニンテンドースイッチもプレイステーションも。どう思うまあ、しょうがないか。今何でも値段上がってるからね。スマートフォンも年々高くなってきてるし、パソコンも年々高くなってきてるし。みんなはさ、物価の上昇を感じてる物価の上昇を感じていますかえ、もしかしたら僕だけなのかな感じているの。日本はね、ずっと物価高が続いているんだよね。で、特にみんなが注目しているのがお米の値段。日本人ってみんなお米食べるからさ、お米の価格に関してはみんな敏感なんだよ。で、僕はあまり物を買うときに値段を見ないタイプだからそこまで感じてはないんだけど、お米の物価が今上がってます。はい。で、まあ、他にもね、いろいろ物価が上がり続けているものっていうのはあるんだけど、まあみんなと違う状況なのはね、間違いなく円安だね。いや僕日本人でさ、給料を日本の円でもらう立場からすると、日本の円の価値がどんどん下がっていくと、もう何もかもが高くなっていくわけ。そう、それが辛い。だからさ、海外旅行とか行くのも、一苦労なんだよ。そうさ。そう。このポッドキャスト、まあ、タイの方聞いてるかなタイに住んでる方、いらっしゃいます僕ね、2019年に一回タイに遊びに行ったことがあります。で、その5年後の2024年にもまたタイに遊びに行きました。で、その間5年間あったんだけど、5年後びっくりしたね。あれタイってこんなに高かったっけって思いました。本当に。冗談じゃないです。
そんな具合に、タイの物価も上がってるのもあると思うんだけど、日本の円の価値も同時に下がってるから、海外旅行した時に、うわ、値段が高いって感じることが多い。うん。本当に多いですよ。だからね、ゲームもそんな感じになっていくのかな。ゲームって娯楽だからさ、娯楽に、お金をかけるは、お金をかけるのは、普通の話ではあるんだけど、できるだけね、安く遊びたいよね。そう。でね、今ね、世界で最も売れたゲームランキングっていうのを今、僕は見ています。で、第1位がマインクラフトらしいですね。で、第2位がグランドセフトオート。あ、これも人気ですね。日本ではね、これグラセフって略されますね。みんなグラセフって呼んでます、このゲームのことは。グラセフもね、今は周りにやってる人あまりいないかな。それこそ僕が12歳とか13歳の頃に、やってた人が多いイメージだね、グラセフは。で、第3位がテトリス。あ、テトリスも人気だよね、このゲーム。みんな知ってるよね、このゲーム。僕もたまにやります。スマホアプリで。本当に暇な時に、テトリスで遊ばせていただいております。で、第4位が、Wii スポーツ。あ、Wii スポーツなんだ、第4位。へえ。Wii のゲームですね。僕も Wii は欲しかったね。Wii 買ってもらえなかったんですけど、Wii こそ、友達の家に行くと絶対にあるから、うわ、羨ましいって毎回思ってましたよ。で、第5位が、マリオカートね。マリオカート8。任天堂スイッチと Wii U の商品ですね。マリオカート僕大好きですよ。ただね、僕自身はマリオカート持ってるわけじゃないんですよ。持ってないです、マリオカートは。ただ、マリオカートのゲーム実況を見るのが好きです。YouTube で。うん。マリオカートのゲームをプレイしている動画が YouTube 上にはたくさんあるんで、僕はそれを見るのが大好きです。なので、今まで、僕自身はマリオカートを持ったことがないんですけど、多分ね、ほとんどのコースを把握していると思います、ゲーム内の。そう、たくさんの YouTube 動画を見たからね。うん。マリオカートもね、新作が出るよね、これから。うん。これから新作が出ます。スイッチの、新作が出るのと同時にマリオカートも新作が出るらしいですね。だからね、マリオカートの新作は自分で買ってやってみたいね。うん、やってみたい。楽しそうだよね、あのゲームね。うん。で、第6位が PUBG。PUBG ね。パブ G って略されるやつだね。第7位が、レッドデッドリデプション。リデンプションか。知らないな。うん、このゲーム知りません。このゲームのファンの方がいたら、申し訳ないんですけど、知りません、このゲーム。うん、知らない、このゲームは。ちょっと詳しい方いらっしゃったら、ぜひ、どんなゲームなのか、教えてください。はい。でね、せっかくだし、世界にね、どんなゲームがあるのかとか、どの国でどのゲームが人気なのかっていうのをね、知りたいです。僕は。もちろんね、日本にいると、日本で人気のゲームの情報は、ちょくちょく入ってくるんですよ。ただ、海外とか、それこそ世界中で人気のゲームが何なのかっていうのを知りたい。で、累計の販売本数だけじゃなくて、今、流行しているゲームが何なのかを知りたいね。うん。このさ、ランキングの中に入ってないけど、有名なゲームって、たくさんあると思うんだよね。で、あわよくば、僕の YouTube チャンネルで、
そういうゲームをプレイしたいなと思ってる。うん。前ね、マインクラフトの動画をアップしたんだけど、他のゲームもやってみたいよね。そう。他のゲームもやってみたい。いや、これね、僕特有の悩みかもしれないんだけど、子供の頃、ゲームをあまり買ってもらえなかったんだよ、親に。うん。親に、あまりゲームを買ってもらえなかった分、今ゲームをすごいやりたいわけ。ゲームやりたいんだよね。なんか楽しいゲームないかなーってね、探してはいるんだよ。うん。買ってはいないんだけどね。だけどさ、一人でやるより、複数人でやった方がいいじゃん。それこそ友達と一緒にゲームをやる方が、一人でゲームをやるよりは楽しいじゃん。でさ、今は、最近僕が YouTube のチャンネルを始めて、何人かの人が、僕の動画を見てくれるようになりました。で、コメントとかさ、してくれるようになりました。これはチャンスかもって思ったんだよね。たとえ一人でプレイしてるとしても、そのプレイの様子を、他の人が見てくれたら、それは複数人でプレイしてるのと同じ感じを味わえるんじゃないかって今思ってるんだよね。今の仮説だけどね。この仮説が、当たるか外れるかはまだわからないんだけど、今のところそう思ってます。だから、どんなゲームが人気なのかを知りたい。みんなどんなゲーム好き？今どんなゲーム流行ってる？でね、様々な年齢の人がいると思うし、年齢によって、やりたいゲームとかは違うと思います。だから、いろんな人に聞きたいね。皆さんどんなゲームやりました？子供の頃、流行ってたゲームは何ですか？それこそ、僕と同じくポケモンをプレイされてたんでしょうか？気になります。ちょっとお願い。コメント欄にちょっと書いてほしい。書いて。気が向いたらコメント欄にコメント書いてください。そう。ゲームはね、奥深いからね。でさ、最近のゲームって本当に画質すごいよね。もうびっくりしちゃって。なんかたまに見るじゃん。ゲーム実況とかでさ、YouTube に上がっている動画をたまに見たりするんですけど、今のゲームってこんなに画質いいのってびっくりすることあるんだよね。あとは画面の動きがすごいスムーズ。スペックが高いパソコンとかを使わなきゃいけないとは思うんだけど、それにびっくりします。いや、ゲームの進化はすごいなって思いますよ、いつも。うん。皆さんはそう思われますでしょうか？何事も進歩はすごいんだけどね、技術の。最近はあれですよね。AI が流行していますよね。皆さんの国でもそうですか？日本でもね、AI が本当にトレンドの一つですね、AI は。はい。ただ、悲しいことといえば、日本製の AI モデルっていうのはあまりないですよね。日本の会社で、AI モデルを作っている会社はあるんですけど、そんなにね、数は多くないですし、アメリカとか中国とかと比べるとその数が少ないですし、その性能もあまり多くないです。で日本で作られている AI は、アメリカ製の AI モデルを、チューニングしたものとかね、中国製の AI モデルを日本語用にチューニングしたものとか、そういうのばかりなんで、それが悲しいですね。一日本人としては。そう。なんかこうやってね、新しい分野で
日本があまり存在感を示せてないよねっていうのが日本人がずっと思ってることなんですよ。で、これ、日本に住んでいない方は、あまり、感じないかもしれないんだけど、日本人にはね、そういう意識がすごいあります。うん。結構あるんですよ。で、さっき話したみたいに、ゲーム業界とか、車業界だと、日本の企業はまだ存在感があるかなとは思いますね。ただね、今も徐々に、他の国に、シェアを奪われてきてはいるんだけど、ただまだね、そういう車業界とかゲーム業界では、一定の存在感はまだ日本の会社にはあると思います。うん。ただ、新しい AI 産業だとか、これは大して新しくないけど、IT の業界とかでは、日本の企業はあまり存在感が示せてないので、ちょっと日本やばいんじゃないのっていう声がね、日本国内ではたくさんあります。ただ、何もいい結果が残せてないね。だから、日本は新しい分野に弱い気がします。なんでなんだろうね。皆さんはなんでだと思いますか？ただ昔からあるゲームとかアニメとかの分野だと日本は強いよね。で、日本人がね、今すごい危惧している産業はやっぱり車業界です。車業界。皆さんは日本車に乗ったことがありますでしょうか？僕はあります。もちろんあります。日本人ですからね。というか、あまり日本車以外の車に乗らないです。僕は。常にね、僕は日本にいるので、日本車ばっかりに乗ってますね。たまに外国の車に乗ることもあるんですけど、基本的には日本の車に乗ってます。で、日本の国内では、日本の車がね、一番売れてるんですけど、海外だとそうでもないんじゃないですか。いや、日本車以外にもいい車たくさんありますからね。ドイツ車とか、韓国車とか、中国車とか、かっこいい車いっぱいありますよね。僕結構ね、デザインに関しては、日本の車よりも外国の車の方が好きなんですよ。で最近は特に中国車とか韓国車でかっこいい車多いですよね。だからね、僕も乗ってみたいなって結構思ってます。で、あとはさ、世界の今の潮流として、ガソリン車じゃなくて、ね、電気自動車に乗っていきましょうっていう風潮があるじゃん。で、世界的にもそれが押し出されている気がするんだよね。でさ、日本の会社は、海外の他の有名な他の有名な車メーカーに比べて、電気自動車を作るのが得意じゃないんだよ。ガソリン車を作るノウハウはたくさん持ってるし、今までもたくさん作ってきたんだけど、ただ、電気自動車はね、あまり作れないし、売れてないんだよね。ただ、世界にはかっこいい電気自動車いっぱいあるよね。しかもさ、運転してる時に全く音がしないのがいい。みんなはさ、今、電気自動車とガソリン車どっち乗ってるの？どっち乗ってる？みんなどの国に住んでて、どっちの車乗ってる？今いろいろ種類あるよね。ガソリン車でしょ？あと、ただのガソリン車ではなくてハイブリッド車もあるよね。あとは電気自動車、燃料電池車。あとは、電気もガソリンもどっちも入る PHEV っていうのもあるよね。みんなどれ乗ってるんだろう。日本だとね、やっぱりハイブリッド車とかガソリン車に乗ってる人が多いかな。
充電スタンドがさ、あまり普及してないから、みんな乗らないね。電気自動車には。でも、ただ、僕はヨーロッパに行った時に本当にびっくりしたんですよ。え、こんなに電気自動車多いのって思いました。でさ、国によっても違うんだよね。僕が一番びっくりしたのは、ヨーロッパの中でも、ノルウェーに行った時かな。ノルウェーの人みんな電気自動車乗ってるね。あのね、首都のオスロとか、第二の都市のベルゲンにはね、2台に1台は電気自動車だったのを今はもう覚えてる。うわ、電気自動車すごい多いなーって思いました。で、電気自動車って見た目かっこいいじゃん。だからね、この車かっこいい、この車かっこいいって言って、たくさんかっこいい車が走ってたのを覚えてますね。やっぱり、ヨーロッパだと電気自動車の割合が高いのかな。やっぱり中国とかだとさ、たくさん電気自動車走ってるって聞いたことあるんだけど、本当？中国住んでる方いますか？教えてください。僕まだ中国行ったことないんですよ。中国はね、本当にたくさんのいい電気自動車メーカーが多いですからね。で、ノルウェーと違って、東南アジアはやっぱりまだね、ガソリン車が多かった。うん。ヨーロッパに行った後にね、インドネシアとタイに行ったんだけど、ガソリン車の割合が多かったかな。うん。で、日本はまだまだガソリン車がたくさんあるね。やっぱり、充電スタンドがあんまり多くないから、それが原因だと思う。一番大きな原因じゃないかな。あとは、そもそも日本のメーカーがあまり電気自動車を販売していないっていうのも、まあ理由の一つかなとは思うけどね。だからね、びっくりしたんだよね。ヨーロッパから日本に帰ってきた時に、うわ、ガソリン車ばっかりだって思いました。うん。思いました。そのことを今でも覚えてますね。で、ノルウェーはもう2021年とか2022年に僕はノルウェーに行ったんですけど、その時、オスロで2台に1台が電気自動車だったので、今はほとんどの車が電気自動車になってるんですかね。どうなんだろう。ただ、まあトレンドってありますからね。まあ、売れる、電気自動車が流行の時もあれば、そうではない時もあると思いますし、実際に行って確かめてみたいですね。まあヨーロッパ行きたくなってきたな。ヨーロッパね、だから3年間は行ってないですね、僕は。うん。だから僕が知っているヨーロッパでは、今のところもうなくなっているんだろうな、と思います。世界は変わるの早いですからね。本当に早い。皆さんは、そんな僕のヨーロッパのような思い出の地はありますか？自分の国以外に、ここが第二のふるさとだなって思える場所はありますかね？僕は実はね、ふるさとというふるさとは持ってないんですよ。もちろん、国のふるさとは日本ですよ。もちろん。日本人ですから。日本大好きですからね。ただ、僕はね、子供の頃からずっと引っ越ししてたんですよ。何回引っ越したかな？ 1、2、3、3回か。うん。4回だな。3、4回僕は子供の頃に引っ越しをしました。だからね、友達作るのが大変だったんですよね。引っ越しを頻繁にしている
頻繁にしていた、経験がある方だったら、共感してくれると思います。子供の頃ね、引っ越しが多いと友達作るのが大変。うん。やっと仲良くなれたのに、離れなきゃいけないっていうことが多いんですよ。で、東京に引っ越してきたのが、12歳とか13歳の頃だったんですけど、その頃通っていた学校っていうのは、東京の各地から子供たちが集まる学校だったんですよ。だから、自分の地元に友達がいなかったんですよね。自分が住んでいる場所の近くに友達がいなかったんですよ。だからね、私にふるさとと呼べる場所はないんですよ。そう。それが悲しいね。それがね、引っ越しをたくさんしている人にとっては、とても悲しいことですね。多分一番悲しいことじゃないかな。愛着を持っている場所がないんだよね。まあでもさすがにね、僕は、12歳、13歳ぐらいから東京に住んでるので、さすがに今は東京に一番愛着がありますけどね。うん。ただ、大きい街として見ると、東京に、思い入れもありますし、愛着もあるけど、自分の家の周りに愛着があるかというと、そこまであるわけではないんですよ。うん。いや、皆さんは、ふるさと大好きですか？え、たまに、生まれてからずっと住んでる場所同じですっていう人もいるよね。皆さんの中にもいますか？僕はね、それがすごい羨ましいんですよ。そのその街と一緒に成長したっていう実感もできると思いますし、何よりその地元の友達がいるのが羨ましいですね。そう。幼馴染とか欲しかったな。欲しかったです、幼馴染。で、僕がたくさん引っ越しをした理由っていうのは、親の仕事なんですけど、もし自分が子供を持ったとしたら、あまり引っ越しはしたくないですね。うん。僕が子供の頃に友達を作るのがすごい大変だったっていう記憶があるから、その思いを、自分の子供にはしてほしくないなとは思いますけどね。うん。でも引っ越しも、いい面はなくはないんですよ。幼い頃から、様々な環境を体験できるっていうのはいいことだと思いますし、いろんな人と会えますよね。で、僕が、日本の西の方に引っ越した頃の話なんですけど、一番びっくりしたのは方言ですね。方言。日本には方言がたくさんあるの知ってますかね？もちろん、日本以外の国も方言がある国ってたくさんあると思います。で、日本の場合はやっぱり場所によって使われる言葉が違うんですよ。で、西の方に行くと、東の方の言葉とは結構違うことが多くてですね。皆さん、大阪弁って知ってますか？大阪弁。なんでやねんとか、あかんやろとかっていう表現は大阪弁です。皆さん、大阪弁と日本の標準語どっちが好きですかね？うん。で、西の方に引っ越すとね、比較的大阪弁みたいな日本語が話されてることが多いです。だからね、西の方に引っ越した時は、なんだこの言葉って思ったのを今、もう覚えてますよ。
こんなに言葉が違うところで、僕はやっていけるのかなって子供ながらに考えたのを覚えてます。そう。ね、方言っていうのはね、すごい衝撃的な、印象として残っていますね。ただ僕はずっと標準語で話してました。子供だと、その方言がある地域に行くと、周りにつられて方言を話してしまうこととかあると思うんだけど、僕はずっと標準語でしたね。うん。で、その後東京に来ても、標準語でずっと話してます。うん。みんなは大阪弁と標準語どっちが好きですか？日本語で。アニメとかよく見られる方だったら、標準語を聞く機会が多いのかな。もちろんそうだよね。日本語の教科書に出てくるのも基本的には標準語だけど、でもたまにね、大阪弁羨ましいなって思うことがあるね。大阪弁の方が標準語よりもなんか明るい感じがするんだよね。しかも、これはね、人にもよると思うんだけど、ノリツッコミとか、大阪弁だとね、やりやすいんだよ、標準語に比べて。大阪の人たちっていうのは、東京の人たちと比べて、話にね、ユーモアがあります。なんか常に僕を笑かそうとしてるなっていう風に僕は思うんだよね。だからね、大阪の人は面白い人が多いです。だからね、大阪弁イコール、なんか面白い人が使う言葉っていう認識が僕の中にはちょっとあります。ただ、人によってはどんな人かっていうのは違うとは思うけどね。うん。だからね、たまに大阪弁話してみたいなっていうことがあるんですよ。でもただ、東京の人が話す大阪弁って、全然正しい大阪弁じゃないんですよ。そう、だからちょっと恥ずかしい、話すのが。大阪の人からすると、東京の人が大阪弁を喋っているとわかるらしいんですよね。理由は大阪弁が下手だから。正しい大阪弁になってないらしいんですよ。そう。だからね、東京の人が話す偽物の関西弁のことを、エセ関西弁って言ったりします。だから、僕が話す関西弁っていうのは、エセ関西弁になってしまうんですよ。で、エセ関西弁を話していることを、本物の大阪人とか関西人に聞かれるのって恥ずかしいんだよね。そう。だから、僕は話しません。大阪弁は。でも、大阪弁を、集中的に教えてくれる日本語学習チャンネルがあっても面白いかもね。あるのかな？あったら教えてください。それあったら面白いね。なんか日本語学習するときって基本的に、標準語を習うじゃん。だけど、関西弁とか大阪弁を、メインに教えてくれる学習機関があっても面白そうだよね。なんか人気出そうだよね。そういうチャンネルとかそういう教科書ってあるのかな？気になる。でもやっぱり、学習コンテンツによって覚える日本語ってすごい変わってくると思うんですよね。日本の芸人さん、英語で言うとコメディアンだね、に、
多いのは、関西出身の人たちです。もちろん東京出身の人もいるけど、関西出身で、人気の芸人の方って、本当に多いです。で、そういった日本の芸人の、動画コンテンツを中心に、見て、日本語を学習した人っていうのは、関西弁がね、上手なんですよ。外国人でも。これ本当に面白いですよね。僕が昔好きだった K-POP アイドルがいるんですよ。K-POP アイドル。韓国人のアイドルの方ですね。で、その人、日本語すごい上手かったんですよ。ただ、その人、いつも関西弁、大阪弁で話してました。なんでやねんとか言ってました。だからね、その人よりも、僕の方が日本語は上手いんですけど、その人の方が僕より大阪弁は上手かったんですよね。これ面白いですよね。うん。で、なんでその K-POP アイドルの方が達者な関西弁を話していたかっていうと、日本語を勉強するときに日本の芸人のコンテンツをたくさん見たらしいんですよ。DVD とか、を使って、映像で日本語を学んだらしいんですよね。で、なので、普段聞いてる日本語っていうのが関西弁ばっかりだったんですよ。で、結局話せるようになった時も関西弁で日本語を覚えてしまったというね。面白いですよね、これ。だからね、皆さん日本語っていう一つの言語を今学ぼうとされてるんですけど、日本語の中にもいろいろ選択肢があるよっていうことを僕は伝えたいです。いや、これ本当ですよ。ただね、世の中に溢れている日本語学習コンテンツっていうのは、標準語のものが大多数だと思います。で、僕はね、今のところ関西弁を主に取り扱った教材とかっていうのを知らないので、あったらいいな、あったら教えてくださいね。そう。だからわざわざ標準語を覚えなくてもいいんですよ。自分、関西弁の方が、大阪弁の方が自分の性格に合うなと思ったら、大阪弁を覚えればいいだと思います。うん。それでもいいと思う。日本語を話せるようになるっていう同じゴールに向かっているのであれば、それでもいいと思います。で、僕のこのチャンネルは、標準語しか取り扱いません。理由は、僕が標準語話者だからです。なので、標準語をね、引き続き学びたいとか、標準語の日本語をずっと聞いていたいですっていう人は、このまま、僕のチャンネルを見てくださって構いません。ただ、もう僕は絶対に関西弁をマスターしたいんだっていう人は、あまり僕の動画は向かないかもしれませんね。うん。向かないかもしれない。僕はもう関西弁、大阪弁を習得するのは諦めましたよ。うん。なんせね、周りにあまり関西人がいないんだよね。うん。ただ、関西人の人も東京に来ると標準語で喋ったりするんですよ。だからなおさら東京にいると関西弁を聞く機会っていうのがない。うん、全然ない。だから関西弁を東京にいて習得するっていうのは、結構ハードルが高いです。でしかも、僕はあんまり関西の方に行ったことがないんですよ。で昔は、京都に3回ぐらい行ったことがありますね。で京都は大阪の隣です。で、
大阪に関しては、今まで1回しか行ったことないです。うん。で大阪ってさ、外国人観光客にすごい人気の場所なんですけど、なので、この動画を見てくださっている方の中には、もう大阪2回も3回も行ったことあるよっていう人いるかもしれないんですが、まあ日本に住んでいて、東京に住んでいる私は、大阪に1回しか行ったことないです。でも大阪楽しかったですね、あそこ。楽しい記憶があります。なんといっても料理が美味しいね。うん。たこ焼きとか、お好み焼きとか、美味しい料理があります。で、やっぱり、東京に次いで日本第二の都市なので、いろいろなものがありますよね。代表的なところで言うと、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンがありますよね。で、僕、大阪に行った時は、あまり長い間大阪にいられなかったんですよ。だから、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行って、その後に大阪の街を歩く暇がありませんでした。だから、僕の中での大阪の記憶っていうのはほとんどがユニバーサル・スタジオ・ジャパンです。でも大阪って、それ以外にも、有名な場所とか行くべき場所とかっていろいろあると思うんですよ。だからね、他のところも行ってみたいな。有名な場所行ってみたいな。僕ね、東京からあまり出ない人間なんで、日本のね、東京以外の場所あまり行ったことないです。日本にはね、47の都道府県があるんですけど、そのうち多分半分も行ってないんじゃないかなって思いますね。うん。日本に住んでるとね、いつでも行けるからいいやって言って行かないんですよ。で、そうしてるうちに行かないまま死んじゃうんだと思います。悲しいですけど。そう。で、僕ももう20代だからさ、死ぬまでにもうたくさんのところに行かないとなって思ってます。皆さんは今まで何カ国に行ったことがありますか？数えたことありますか？日本はね、他の国と比べてすごい離れてるので、日本は地球で一番東じゃないですか。だからね、他の外国に行く機会っていうのは少ないんですけど、それでも、残りの人生でね、全ての国は行ってみたいなって思いますよね。おすすめの国があったら教えてください。その国に僕は行きたいと思ってます。でもその前に日本だね。日本の都道府県でさ、行ったことない場所がまだ全然あるから、行ってみたいね。で、日本は、鉄道以外にも自分で車を運転してもいいしね。国土は広いんだけど、アメリカとか、オーストラリアとかさ、そういった国々と比べたら、まだ小さい国土ではあるから、車で回ってみるのありかもしれない。うん。普段はね、こういうことばかり考えています。でこうやって、この国に行きたいなとか、いろいろ考えるんですけど、考えていつも終わりになっちゃうんですよね。うん。よくないですよね。だから、これからはいろんな国に行けるように、いろんな場所に行けるようにしたいと思います。で、できるだけ、たくさんの人に日本語を習得してもらえるように、これからを頑張っていきたいと思います。はい。ということで、今日は1時間を過ぎました。はい。私の日本語のポッドキャストは本日以上となります。今日も聞いてくれてありがとうね。聞いてくれてありがとう。また、ポッドキャストはどんどん出していこうと思うので、ぜひ次回のポッドキャストも聞いてください。わかりましたか？それじゃあ皆さん次回お会いしましょう。バイバーイ。はい。
皆さん、こんばんは、ジローです。本日も私のポッドキャストを聞きに来てくださり、ありがとうございます。いや、本当にありがとう、聞きに来てくれて。最近の僕の動画で、なんか焦るような動画が多かったじゃん。このチャンネルの動画をいつも見てないよっていう人もいっぱいいると思うんですけど、最近はマインクラフトの動画を上げたりとか、昼の日中に撮ったポッドキャストを YouTube に上げたりしていました。なので、僕の声がとてもうるさかったと思うんですよ。なので、今日は、皆さんの心を、少しでもリラックスできるような、そんなポッドキャストを撮っていきたいなと思います。よろしくお願いします。いやー、皆さん最近はどんな調子ですか？僕はですね、いつも絶好調なんで、いつも通り絶好調で過ごさせてもらってます。でもね、落ち着くことって大事だと思うんだよね。こんな風に夜にポッドキャストを撮ってるけど、こんな感じで夜に落ち着くことは大事だと思います。皆さんは夜眠ることは得意ですかね？実はね、僕は眠ることがあまり得意ではないんですよね。今もそこまで得意じゃないかもしれないです。っていうのも、病院には行ってないんですけど、多分不眠症なんですよ。重度な不眠症ではないんですけど、多分不眠症です。で、その傾向も変わっていってるんですよ。年々。で、最初に眠れなくなったのは、3年前とかかな。夜に眠ろうとしても、眠れないっていうことが続いてましたね。ベッドに自分の体を乗せるんですけど、2時間経っても3時間経っても4時間経っても眠れないっていう時が続いたんですよ。明らかに異常ですよね、これ。絶対異常だよね。そう。で、その時、やばいなって思ったんだけど、特に病院に行ったりはしませんでした。でもね、辛かったね、その日々は。やっぱり人間って1日に、7時間とか8時間とか寝ないと、体がダメになってくね。精神的にも肉体的にも、辛かったなっていうのを覚えてます。でね、眠れない不眠症のことを、入眠障害っていうらしいんだよね。で、僕が入眠障害だったかどうかは、病院には行ってないので正式には認定されてません。ただ僕は入眠障害だったんじゃないかなって思ってます。なんか夜遅くまでパソコンで作業をしていて、常に脳が活性化されている状態っていうのが日中続いてたんですよ。だからね、その後寝ようとしても寝れなくなっちゃうんだよね。で、いろいろ不安事とか抱えてるとさ、なんか眠ろうとしても余計なことばっかり考えちゃうんだよね。それが続いた時は、結構きつかったな。で、最近治ってきたんだけど、最近あったのは、早朝覚醒ってやつだね。早朝覚醒って何かっていうと、ちゃんと入眠はできるんだけど、早く起きちゃうんだよ。だから4時間とかしか寝てないのに、朝早くに起きてしまって、その後に二度寝ができなくなるんだよね。あれも辛いよ。いや、結構ね、辛いよ。うん。もちろん二度寝できないわけだから、睡眠時間4時間とかで、一日の
活動が始まるんだよね。だからね、日中眠くなるんだよね。そう。日中眠くなるのよ。あれ結構体力的にきつかったな。うん。でね、いろいろ試したんだよね。いろいろ試しました。まず前のポッドキャストで言った通り、入眠障害だなって気づいてからは、必ず寝るときは、ポッドキャストを聞いてます。でポッドキャストを聞くと、余計なことを考えないで済むんだよ。ポッドキャストで話されてる内容に、自分の脳みそを集中できるから、自分の悩みだとか、自分の、心配事っていうのを考えないで済む時間が生まれるんだよね。で、その隙に入眠します。うん。で、ポッドキャストは、今でも寝るときは聞いてます。あとは、早朝覚醒については、効果があったなって思うのが、一つありますね。それは、ちゃんとした遮光性能があるカーテンを買うことです。いや、それまで、あまり遮光性能が強くないカーテンを使ってたんですよ。だからね、朝になると、朝日が部屋の中に入ってきて、明るい環境が作られるんだよね。そうすると、体がさ、朝だって認識して起きちゃうんだよ。で、その後、二度寝ができなくなるわけ。うん。で、遮光性能が高いカーテンを買ったらね、やっぱり朝目覚めることが少なくなったね。うん。だからね、結構いい買い物したと思った。遮光性能が高いカーテンになると、結構値段も高くなるんだよ。だからね、今持ってるカーテンを捨ててまで、新しいカーテンを買うべきなのかなっていうのは悩んだんだよね。だけど思い切って買いました。自分の早朝覚醒の障害が治るのであれば、今回のお金、無駄じゃないと思って、買いました。そしたらね、効果あったので、いい買い物したなって思いましたね。皆さんは眠りに関する悩みっていうのはありますか？また、よく眠るために工夫してることってありますかね？僕は他にもいろいろやってますね。最近はストレッチポールを買って、寝る前にはスマートフォンとかコンピューターの画面を見ないようにして、ストレッチポールでストレッチをして寝るってことをやってます。するとね、やっぱりストレッチポールで体を伸ばしてる間はリラックスできるんだよね。で、そのリラックスした状態のまま、ポッドキャストを聞きながら寝るっていうのもやってます。うん。ストレッチポールはね、結構おすすめ。僕毎日ジム行ってるんだよ。体を鍛えるために、僕は毎日ジムに行ってます。で、ジム行ってるとさ、筋肉は増えるんだけど、筋肉がどんどん固まってきちゃうんだよ。すると、腰痛とか肩こりの原因にもなったりするから、それをね、改善する必要があったんだよね。だから今はストレッチポールでストレッチするっていうことをやってます。皆さんは何か眠る前にやってることはありますか？パソコンとかスマートフォンとかの画面を見るっていうのはあまりやんない方がいいらしいですね。あとはね、僕はこうやって夜の時間帯は部屋を暗くしてます。メインの照明を使うことはほぼない。うん。だから夜はこうやって暗い空間で過ごしてる。日本にね、有名な睡眠学者の方がいて、その方が、日本のオフィスとか、日本の一泊家庭で使われているような
ライトっていうのは明るすぎるから夜は消した方がいいって言ってました。だから僕はそのアドバイスを信じてメインの照明はつけないで、いつも夜はこんくらいの明るさで過ごしています。でもね、夜の室内の明るさって国によって全然違うと思う。僕昔ヨーロッパに住んでたんですよ。で、ヨーロッパに住んでた時に夜になってね、びっくりしたことがあるんですよ。それはね、夜真っ暗ってこと。もちろんね、場所にもよると思います。ただ、僕が住んでた国の、その僕が住んでた都市は、夜になるとね、真っ暗になってました。うん。なんでこんなに暗いんだろうってびっくりしたのをね、覚えてますね。で、東京の夜が明るすぎるんですよ。でもね、最近は改善されました。改善されたんだけど、昔の東京の夜は明るすぎたね。うん。まず、今は改善されつつあるんだけど、日本はもともと残業をしてる人の割合が多いよね。夜遅くまで働いてる人が多いです。夜の9時とか10時まで、下手すれば11時とか12時までオフィスに残って働いている人っていうのが多分他のね、国と比べたら多いと思うんだよね。だからオフィスビルなんか行くと夜遅くなっても明かりがついてます。だからね、その光景自体は綺麗なんだよね。あの、高層ビルがライトで輝いて見えるから、その景色自体はね、結構綺麗なんだよ。だけどその裏には夜遅くまで働いている、日本人の会社員の方々の、努力っていうものがあるんだよね。そう。で、多分、ヨーロッパの国々っていうのは、日本人ほど長くは働かないと思うんだよね。だからみんな仕事が終わって早い時間帯で家に帰るんだよ。だからオフィスビルは本当に夜になったら暗くなるからびっくりしたよね。びっくりしました。でも、東京も、そんな東京も、その状況が改善しつつあります。日本人の会社員の長時間労働っていうのを政府も問題視してるんだよ。だから最近はね、残業に対しても厳しい視線が向けられるようになっていて、あまり長く働きすぎない方がいいっていう雰囲気ができつつありますね。でね、僕が一気に日本の労働環境、長時間労働の環境が変わったのは、コロナ禍が原因だと思うんだよね。コロナウイルスが2020年から流行ったじゃないですか。でね、その時期から、店を早めに閉めるところがね、増えたと思う。うん。東京の渋谷って街知ってますかね、皆さん。東京には渋谷っていう大きな街があります。渋谷にはいろんな店が集まっていて、若者が多いんだよね。最近はどうかわからないけど、10年前とかは10代、20代の若者が多かったです。で、そこにはね、結構いろんな、バーとか、クラブとかがあって、それに合わせて、飲食店とか、ドンキホーテとか、もういろんな店があるんだけど、結構夜遅くまで営業してたイメージだね。だけどね、最近はね、早く店を閉めてるところが多いね。うん。渋谷っていう街でも、店がね、早く閉まります。うん。だから、夜遅くなっても、うん。夜遅くなったらね、閉まってる店が多いね。
だから昔と比べたら日本は夜遅くまで遊べる国じゃなくなったような気がしますね。まあ少し寂しいような気がするんですけど、でもいいことですよね。まあ、夜遅くまで働くっていうのは生物学的に良くないですからね。まあ、僕もね、夜遅くまで働きすぎてると、今日疲れたなってこと多いですからね。で、まあ、土日しか休む日ってないじゃないですか、一週間で。で、まあ、金曜日まで働いて、まあ、土曜日はその休息に使って、で、日曜日結局何もしないみたいなのがよく起こりますよね。結局週末を無駄な時間として消費してしまうというね、ことがよく起きます。だから平日にいかに疲れないかが、あのー週末を楽しむ鍵かもしれないですね。でね、昔は結構夜遅くまで働いている人が多かっただと思う、日本は。僕のお父さんもね、家に帰ってくるのが結構遅かったですね。家に帰ってくるのが9時とかっていうのが結構ありました。9時っていうのは夜の9時ですよ。で、土日になると、一日中寝てたんですよ、ベッドで。だから、子供の僕からしたら、なんでお父さんずっと週末寝てるんだろうって思ってたんですよ。土曜日と日曜日、2日間ずっと寝てるんですよ。で、子供の僕はやっぱり遊んでほしいんですよ、お父さんに。遊んでほしいのに、ずっと寝てるから、残念に思ってたのを、今でも覚えてます。まあ、ただ、社会人になったら、理解しますよね。疲れるんだっていうことを。ああ、僕のお父さんが週末2日間ともずっと寝てたのは、これが理由だったんだって気づきました。社会人って疲れますよね。やっぱりね、疲れる。なんで疲れるんだろうね。やっぱり年齢っていうのが大きいですかね。まあ、中学生とか高校生の頃って、一日寝ちゃえば次の日元気だったんですけど、まあ、年を取ってくると、寝ても疲れが取れないっていうことが起きますよね。皆さんどうですか？っていうか、僕のポッドキャストを聞いてる皆さんって何歳ぐらいなんですかね？みんな何歳なの？気になるんだけど。ちなみに、僕は20代ですよ。20代です。皆さん同じ年代ですかね？一応ね、僕はね、何歳ぐらいの人が僕の YouTube を見てるのかっていうのを、まあ、軽く確認することはできるんですよ。ちょっと今見てみますか。まあ、自分の動画を見ている人の、まあ、視聴者の年齢層っていうのを確認できます。で、見てみると、18歳から34歳の人が結構多いですかね。だから、比較的僕と同じ年代だ。嬉しい。嬉しい。僕と同じような年代の人が僕のポッドキャストを聞いてくれてるっていうことか。18歳から34歳で、全体の 80% ですね。じゃあ、もう僕が感じてる悩みだとか、僕が普段から考えてることっていうのを、意外とみんな共感してくれてるのかもしれないですね。嬉しい。このデータ見るのは本当に嬉しいですね。でね、日本人って、まあ、世界の他の国々と比べても、睡眠時間が結構短いっぽいんですよ。今調べてみますね。日本人の睡眠時間が
どのくらいかということを。ある、ウェブサイトを今見てるんですけど、日本人の平均の睡眠時間は、1日7時間22分らしいです。7時間22分って十分じゃないって思うんですけど、他の国々と比べたらだいぶ短いですよ。今ね、OECD 加盟諸国の睡眠時間を見てます。で、OECD 加盟国の中では、日本が一番睡眠時間が短いみたい。で、2番目に短いのが韓国。韓国の睡眠時間は、7時間、40分ぐらいだね。いや、そんなに長くないか。ここに数値として出てないんですけど、7時間40分ぐらいだね。うん。だから日本と韓国が、最も睡眠時間が短い OECD 加盟国だね。で、OECD 加盟諸国の睡眠時間の平均は8時間25分です。だから、日本人の平均の睡眠時間って、世界の平均時間、睡眠時間の平均時間のよりも1時間短いってことなんだ。というかさ、8時間25分って寝すぎじゃないみんな何時間ぐらい寝るの毎日。いいなぁ。僕も毎日8時間半ぐらい寝たいなぁ。うん。でね、一番睡眠時間が長いのがエストニアなんだけど、エストニアの人々は9時間近く寝てるね。寝すぎじゃない？そんな寝るんだ。みんなどのくらい寝る？僕もね、たくさん寝たいんだけど、やっぱり途中でね、目が覚めちゃうんだよ。うん。だから、もっとたくさん寝たいんだよね。でね、ここに興味深いデータがあるんだけど、日本人の睡眠時間が年々減少してるらしい。なんでなんだろう。でもさ、絶対にスマホの普及とかがその原因だよね。そうだよね。だってさ、今 YouTube とか Netflix とかでさ、面白いコンテンツいっぱいあるじゃん。あれ夜遅くまで見ちゃうよね。でも僕は Netflix は見ません。Amazon プライムはたまに見るけどね。うん。でね、僕も寝る前はあんまりスマホ見ないようにしようって思ってるんだよね。だけど、たまにね、YouTube とか見ちゃうよ、ベッドで。あれやめたいね。やっぱりスマホとかさ、パソコンの光が目に入って目を刺激して眠れなくさせるんだろうね。でも僕はね、いつも睡眠モードみたいなのをパソコンとかスマホに設定してます。だから、こうやって見てる画面が若干黄色いです。うん。暖色にしてます。なのでね、目に刺激が来ないように気をつけてはいるって感じですね。ただ一番いいのは、そもそもコンピューターとかスマホを寝る前に触らないことですよね。いやー、昔はもっと早く寝てたんだけどな。僕が子供だった頃は、10歳ぐらいの時は、10時半とかには寝てましたね。ただ今は1時とか2時に寝てしまうことが多いですね。社会人になったらさ、寝る時間遅くなるよね。みんな何時ぐらいに寝るいつも。で、1時に寝るとすると、8時に起きたかったら7時間しか眠れないことになるから、ちょっと足りないかなっていう感じだよね。で、平日に
十分な睡眠時間を取れない分、土日にたくさん寝ちゃうんだよね。それが僕のお父さんが昔陥ってた状態だよね。でも睡眠は大事だから、ちゃんと取るようにはしたいなって思ってる。睡眠が短いとさ、なんか寿命が短くなりそうな気がするじゃん。これは感覚の問題なんだけど、僕はそうだと思います。だから眠ることは大事だと思うね。でもね、僕ね、昼寝できないんだよね。昼寝しちゃうと、夜眠れなくなるんだよ。だから昼寝はしない。みんな結構昼寝する？僕はね、昼寝しないために、日中はベッドで寝転がらないようにしてます、いつも。昼寝するとさ、その一日を無駄にしてしまったような気がするんだよね。あれが嫌いなんだよ。僕の残りの人生80年ぐらいしかないのに、一日を無駄にしてしまったって思うんだよね。みんなそう思わない？俺の一日が無駄になったって思うことは僕は結構あります。だから、昼寝はしないように心がけてます。だからね、最近ずっと昼寝はしてないね。だからね、思い出せないわ。いつ最後に僕が昼寝をしたのかを全く思い出せない。でもね、そんな僕でも、昼寝をしてしまう時というか、日中に昼寝をしたことはあります。あります。僕がね、学生の頃はね、期末試験とか、中間試験の前日に一気に勉強してたんだよ。いや、本当はやっちゃいけないんだけど、一夜漬けっていうのをよくやってました。うん。えー明日が中間試験とか期末試験当日だとすると、その前日に、その試験範囲を一気に勉強するっていう勉強方法ですね。するとね、朝の3時とかまで勉強やっちゃうんですよ。すると、テスト中は頑張って起きるんだけど、テスト終わって家帰った後は昼寝しちゃってましたね。1時間とか2時間とか寝てた記憶がありますね。で、その次の日もテストのことが多かったから、1時間とか2時間とか勉強したら、1時間とか2時間とか昼寝したらその後はね、起きて勉強しなくちゃいけないっていうことが起きてました。あれは地獄でしたね。いや、本当に地獄なんだよ。だからね、一夜漬けは絶対にしない方がいい。一夜漬けってさ、日本だけの文化だろうから。すごい気になる。僕は結構一夜漬けしてしまうタイプの人間だったので、試験期間っていうのは本当に苦痛で仕方なかったです。もうストレスが溜まりまくってましたね。一夜漬けってさ、日本だけの文化、それとも、皆さんの国でも一夜漬けをやる人はいますか？どうなんだろうね。でもやっぱり日本人以外の人って、夜たくさん寝るイメージだから、わざわざ朝の3時とか4時まで起きて勉強やらないんじゃないかな。どうなんだろう。これ気になる。ちょっとぜひコメント欄に書いていただきたいと思います。いや、気になるな。あとはね、ヨーロッパを旅行しまくっていた時期にも、日中寝ることはありましたね。僕がヨーロッパに住んでいて、ヨーロッパの国々を旅行していた時期がありまして、その時は、僕全然お金持ってなかったんですよ。もう全然お金持ってなかったんですよ。だから、ホテルを予約するお金っていうのももったいなかったし、高い飛行機を予約するのももったいなかったんですよ。だからね、空港で乗り換え時間18時間とかの格安の飛行機のチケットを買ったりしてましたね。あとは、一夜ぐらいならホテル取らなくていいかとか、
ていうふうに考えてたこともありました。いや、バカだよね。で、前、ハンガリーかどこかで、18時間乗り換えとかがあったんだっけな。その時には、相当眠かったですね。でね、空港で眠ることあんまりできないんですよね、僕。うん。なんか自分の荷物が誰かに盗まれるんじゃないかと思ってしまうので、空港で眠りに落ちるってことはあんまりできなかったんですよ。その代わり、飛行機に乗った瞬間寝てましたね。いや、本当に記憶飛ぶんですよ。眠れなかった日が一日続いたとして、その後に飛行機に乗る時がありました。で、その時は、飛行機に乗り込んで、座った瞬間に寝ました。で、着陸の衝撃で目が覚めるんですよ。いや、あれはびっくりしましたね。だから、国と国の間を移動するのに、一瞬で時間が過ぎたので、びっくりしました。皆さんもそういう経験ないですか？でもやっぱりね、貧乏旅って楽しいよね。ね、お金を持ってしまって、お金を持った状態で旅行に行くのと、お金がない状態で旅行に行くのとでは、なんか、楽しさの種類が違いますよね。なんか、ホテルによっては格安すぎると治安大丈夫かって思うところがあるじゃないですか。なんか、夜になったら、やけに怒鳴り声が聞こえるホテルとかがあるんですよ。安すぎるホテルだと、そういうホテルになったりもします。うん。ただ、貧乏旅って楽しいよな。僕がね、貧乏旅で一番好きなポイントは、その旅行を計画してる時ですね。いや、もちろん、旅行当日も楽しいんですよ。旅行当日ももちろんその旅行を楽しみます。ただ、その旅行を計画してる時が一番楽しいかもしれないです。でもさ、これみんなも結構共感してくれるんじゃないかな。お金がないと、自分が選べる手段って限られてくるじゃないですか。それこそ、安い飛行機を取らなきゃいけないんですよね。高い飛行機のチケットっていうのは取れなくなりますよね。だからさっき話したみたいに、バカみたいに長いトランジットをしたりだとか、あとは、本当は飛行機で行く距離のところをバスで行ったりとかしますよね。あれが正しいんですよね。例えば、飛行機とバスの乗り継ぎを考えているときに、この飛行機とこのバスを、組み合わせたら、めちゃめちゃ安いし、しかも最短距離で行けるとか。そういう組み合わせを発見したときに、すごい達成感が生まれるんですよ。そう。だから、できるだけ安く行こう。できるだけ安く済まそうって思う旅行が、僕は大好きです。うん。でね、そうやって安く済ませようとする旅行って、ハプニングが結構起きますよね。かえって、結構たくさんのお金がかかってしまったこともありました。前はね、とある東南アジアの国に行った時に、その事件は起きましたね。えー二つの飛行機を予約してまして、乗り換えをしなきゃいけなかったんですよ。で、その二つの飛行機のチケットは別々に予約してました。で、ただ、二つ目の飛行機
の時間が早まったんですよ。なので、乗り換えられないってなりました。で、そうなると、その後の日程が全部崩れていくんですよね。まず、行きたい目的地に、行きたい日に着けませんでした。で、1日遅れたので、その分、宿泊を延ばそうと思ったんですよ。で、1日延ばしました。すると、もともと帰ろうとしていた飛行機のチケットもキャンセルしました。すると、別の飛行機を予約しなきゃいけないですっていう状況になりました。でね、結局、プラスで15万円かかりましたね、あの時は。いや、もったいなかったな。いや、15万円って結構な大金ですよ。いや、15万円あったら何ができますか？ちなみに、15万円っていうのは、アメリカのドルに直すと、1000ドルぐらいですね。うん。1000ドルぐらいってさ、結構高額じゃない？いや、みんなのね、このポッドキャストを聞いてるみんなの経済状況はわからないんだけど、みんな高額だと思ってくれると思う。1000ドルは。1000ドルって高額だよね。だってさ、15万円あったら iPhone1 台買えちゃうよね。そう、だから想定より15万円高くかかってしまった旅行前経験しましたね。うん、だからね、安く済ませようとすると逆にうまくいかないことがあります。うん。これをね、日本語では安物買いの銭失いって言いますね。ぜひ覚えてください。安いものを買おうとすると余計にお金がかかるっていうその現象を表した言葉です。安物買いの銭失い。そう。って考えると最近はスマホの値段もだんだん上がってますよね。つい最近日本で報道されたニュースによると、また新型の iPhone が値上がりするらしいです。年々物の値段って高くなっていってますよね。皆さんはそう感じないかもしれないんですけど、日本人の平均給与がここ30年間で全然上がってないので、日本人はね、年々物価の上昇っていうのをね、結構感じていると思います。で、日本人っていうのは結構な割合の人が iPhone を買うんですよ。で、Android を使ってる人の割合が少ないんですよね。ちょっと調べてみますね。えーっと、とある調査によると、日本人の iOS の利用者は全体の 60% で、Android を利用している人が全体の 40%。だから5人に3人は iPhone を使ってるっていうことだね。で、iPhone ってさ、結構高いじゃん。ね。結構高いよね。だから僕はね、iPhone を買ったことがありません。人生で一回も iPhone 買ったことない。ただ、iPad は持ってます。iPad は持ってます。そしてパソコンは、主に MacBook を使ってます。もう Apple の製品ばっか使ってるね。僕は。ただ、携帯は iPhone じゃない。iPhone は今まで買ったことがありません。うん、今まで iPhone は買ったことがない。で、パソコンは今メインで MacBook を使ってるんだけど、もちろん Windows の PC も持ってます。はい。で、なんで僕が MacBook を使ってるかっていう理由なんですけど、僕実は、エンジニアとしても、活動してます。なので、あの、スマホのアプリを、作るときに、MacBook がないと iPhone 向けのアプリが作れないんですよ。
Windows の PC だと、Android 向けのアプリしか作れないんですよ。だからね、結構 Windows PC は使う機会がありません。たまに使うけどね。パソコンゲームとかするときは、Windows PC じゃないとできないときがあるよね。だから、Mac に対応してるゲームっていうのがさ、あんまり多くないから、その時は Windows PC が必要だね。ただ今は MacBook を使うのに慣れてしまいましたね。だから Windows を使うときは僕は結構戸惑います。あれ、この操作で正しかったっけっていう風に思うことが結構あります。で、スマホは iOS を買ったことがないから、Android をずっと使ってます。で、今使ってる僕の携帯が、僕の人生で4代目だね。で、4台とも全部 Android を使ってます。だからね、今更 iOS に変えれないんだよ。そう、長いことAndroid を使ってるから、今更 iOS に変えるっていうことができないね。しかもさ、iPhone 高いじゃん。iPhone って年々高くなってるじゃん。だから、Android を買っちゃうね。みんなの携帯は iPhone と Android どっちなんだろう。日本はみんな iPhone 使ってるイメージが多いかな。で特にね、若い世代になれば若い世代になるほど iPhone を使ってます。で、日本の企業も実はね、携帯を作ってるとこあるんだよ。みんなはソニーっていう会社知ってるかな？でソニーはね、今スマートフォンを作ってます。で、あとはシャープって会社があるんだけど、シャープもスマートフォンを作ってます。ただ、シャープは親会社が台湾の会社なので、純粋な日本企業とは言えないかもしれないですね。あとは富士通っていう会社もスマートフォンを作ってます。ただね、スマートフォンの業界において日本の企業の存在感っていうのはすごい薄いよね。すごい薄い。実はね、昔は僕もね、ソニーのスマートフォンを使ってました。だけどね、新しく出たモデルのデザインが嫌いで、韓国のスマホを使い始めましたね。韓国のサムスンのギャラクシーをその後使い始めました。韓国の会社には頑張ってほしいよね。やっぱりアジアの会社に頑張ってほしいなって思うけど、でもやっぱりアメリカとかヨーロッパの会社もすごいクオリティの高い製品を出してくるんだよね。そう。だからね、各社、毎年毎年壮絶なシェア争いを繰り広げておりますけれども、一消費者としては、より便利な、より面白い商品が出てくればいいかなと思ってますね。はい。皆さんはやっぱり Windows PC を使ってる人が多いんですかね。僕の周りもやっぱり Windows を使ってる人ばっかりですね。やっぱりエンジニアとかデザイナーとか特殊な職種でない限りは Windows のパターンっていうのは結構多いですね。でさ、一回 MacOS のさ、PC を使い始めちゃうと Windows になかなか戻れないよね。だから、それが慣れっていうものの怖さだと思います。で、僕も今結構思うんだよね。僕はずっと MacBook を使い続けながら生きていくのかなとか思うことがあります。だってさ、iPhone みたいに年々高くなっていっちゃうとお金は損してる気分になるじゃん。いや、MacBook じゃなくて Windows の PC だったら同じスペックでもっと安く買えますよって言われたらやっぱりそっちが魅力的になるよね。そう。だけどね、僕はやっぱり開発業務っていうのがあるから、MacBook から離れられないんだよね。
まあ何が言いたいかっていうと、お金はあまり使いたくないよってことです。自分が使いたいところに自分のお金を使いたいなってことです。まあそれこそ旅行とかにお金は使いたいよね。みんなはさ、何にお金を使うことが一番好きなの？まあ、僕の周りには、まあ、ストレス発散がお金を使うことだっていう人もいるんだよね。結構いるんだよ。うん。でもね、僕はその感覚あまりわからないんだよね。うん。だからお金を使わなくても楽しいことっていっぱいあるじゃん。うん。まあ、世界にはたくさんのいろんな無料ゲームがあるし、まあ、ゲームの話ばっかりだって申し訳ないんだけど、無料のゲームだっていっぱいあるわけじゃん。だから無料で楽しめることがたくさんあるからさ、あまりお金使おうっていう気分にならないんだよな。で、今でこそ、マインクラフトってスマホ版で1000円くらいするのかな。でもね、僕が昔スマホ版のマイクラを買った時はね、600円で買えたんだよね。だからそれと比べると今って値段が結構上がったよね。いやー、僕何にお金を使うことが好きかな。ただ、友達と一緒に遊ぶときとか、友達と一緒に旅行に行くときとかっていうのは、惜しみなくお金を使うようにしてるね。やっぱりさ、友達と一緒にいるときにお金を払わないとか、お金をあまり出さないのってつまらないじゃん。例えば、みんなで一緒に、アメリカに行こうってなった場合に、いやでもアメリカに行くなら飛行機のチケットを取るのお金かかるから、アメリカじゃなくて国内旅行にしませんとか言うのってやっぱり場が冷めるじゃん。そう、だから、友達といるときはね、たくさんお金を使うようにしてます。うん。だから、まあ僕も結局はお金使うの好きなのかもね。結局はその結論にたどり着いてしまうのかもしれない。みんなはさ、最近何に一番お金を使った？僕はね、最近お金を使ったのは、あれだ。脱毛ですね。あの、もともと僕毛が濃かったので、毛を薄くするために、脱毛をすることにしたんですよ。脱毛、医療脱毛って皆さんしますか？ね、医療脱毛って結構高いんですよ。結構高額なんですよね、日本だと。なので、えー僕はね、それに最近は一番お金を使いましたね。うん。他何にお金使ったかな。でも最近は携帯も買い替えたし、うん。割とお金は使ってますね。でもただ最近旅行に行ってない。旅行行きたい。旅行行きたい。旅行が一番のエンターテインメントかもしれない、僕にとっては。うん。でも旅行って結構お金かかるよね。海外に行くのも飛行機代が高いし、そこのホテル代もかかるし。日本もね、結構移動代のお金が結構かかるんだよ。皆さんは日本の特急電車である新幹線って知ってますかね？新幹線はね、結構高いんだよ。結構高額なんだよ。東京から大阪に行くのに多分片道1万5千円ぐらいかかるんじゃないかな。うん。だから大阪旅行ってね、結構高いんだよね。で、確か、飛行機によっては、新幹線より安かったと思う。うん。だから、僕がね、前回大阪に行った時は、飛行機で行きました。うん。だから、大阪とかだと、一番飛行機で行くのか、東京から新幹線で行くのかっていうのは一番迷いますね。多分、かかる時間が同じぐらいだと思います。だから陸から行くのか、
空から行くのかっていうと、大阪は、東京から見ると、大阪は、すごい迷う場所ですね。さすがに東京から九州に行くとかだと、新幹線じゃなくて飛行機を使いますね。あとは、東京から北海道に行く場合でも、新幹線じゃなくて飛行機を使います。ただ、鉄道好きの方とか、景色を楽しみたいっていう方は、新幹線で行くのがいいかもしれませんね。で、あと、時間がある方だったらね、おすすめなのが、新幹線も飛行機も使わないで、在来線で遠くに行くっていうことだよね。結構楽しいよ。しかもね、新幹線に乗るよりも安くつくんだよ。みんなはね、日本の仙台っていう場所を知ってるかな？日本の東北地方っていう場所にある地域なんだけど、そこはね、東京よりも北にあります。で、前ね、仙台まで7時間かけて東京から在来線で行きました。超楽しかった。いや、本当に超楽しかったんだよ。在来線だからさ、すごい時間かかるわけ。で、新幹線で行くと確か東京から仙台まで1時間半ぐらいしかかからないんだよ。ただ、僕は在来線で行ったから、その道のりを7時間かけました。7時間って1回睡眠取れるぐらい長い長さだよね。そう。でもね、超楽しかった。やっぱりさ、在来線だと、新幹線では止まらないような小さい駅に止まったりするんですよ。で、その時に自分が降り立ったことない場所に降り立つことになるんで、自分が見たことない景色が見えます。で、建物とか、そこにある建物とか、ものとかっていうのを僕は Google マップで調べてました。なんだこのお城と思って。このお城の歴史を調べたいと思って Wikipedia で調べたりとかして、その場所を堪能して仙台に行きました。で、仙台でももちろん旅行を満喫しました。だからね、そういった楽しみ方も日本に来たらしてほしいな。で、日本旅行に来る人ってさ、多分10日間とかで来る人が多いのかな？ 1 週間とか2週間とかの期間で日本に来る人が多いと思うんだけど、時間がある人はね、やっぱり日本の隅々まで味わってほしいよね。それこそ在来線に乗って遠いところに行くでもいいし、車に乗って秘境に行ってみるのもありだよね。日本はどこに行っても温泉がありますから、うん。普通のね、外国人観光客では行かないような秘境に行って、温泉とかを味わってみるのもいいかもしれない。でもただそのためには国際免許を持っておかないとね。うん。で、国際免許って取るのめんどくさいのかな？僕さ、日本で免許を持ってはいたんだけど、その後ヨーロッパに住んだ時は国際免許を持ってなかったんだよね。日本で申請すれば国際免許を取れるらしいんだけど、僕は取らないで行きました。だからね、ヨーロッパ現地では運転できませんでした。でも運転してみたかったな。イギリスは日本と同じで左車線を車が走るんだけど、それ以外の国って大体右車線を車が走るじゃないですか。だからね、それがね、すごい違和感だった。うん。初めてヨーロッパに着いた瞬間、うわ、何もかもが逆だって思いましたね。うん。だから、普段左車線を車で運転してる日本人が、ヨーロッパで運転するのは少し危険かもしれないですね。で、あとね、日本に来て運転する場合に気をつけてほしいのは、その道幅だね。道幅。うん。日本って、国土が狭いから、
道も狭いんだよね。だから、アメリカの車とかって結構でっかい車体が多いじゃん。だからね、そういった車で日本の田舎道を走るのは結構難しかったりするんだよ。で、今、アメリカのトランプ大統領が、日本人はあまりアメリカの車を買わないよねっていうのことを言ってるんだけど、それはね、車の大きさっていうのも一つの要因だと思うんだよ。で、日本では軽自動車っていうカテゴリーの車が結構人気です。で、軽自動車って何かっていうと、普通の乗用車と比べて小さめの車のことを言います。で、軽自動車は日本では黄色のナンバープレートをつけて公道を走っています。で、他の軽自動車の特徴としては、軽自動車は基本的に最大で乗れる人数が4人です。うん。で、車体が小さいから道幅が狭い日本で結構人気なんだよね。だから、日本の道を歩いてると結構簡単に黄色いナンバープレートをつけた軽自動車を、見ることができると思います。で、普通さ、小さい車でも、5人乗りだったりするじゃん。ただ、軽自動車は4人しか乗れません。で、僕はね、実は軽自動車に今まで人生で一回も乗ったことがありません。そう、日本人なのに軽自動車に乗ったことがないんですよ。なんで乗ったことがないんだろうね。僕は今ね、自分の車を持ってないので、車に乗るときは基本的にレンタカーを借りてます。で、レンタカー屋さんにも軽自動車の車ってたくさんあるんですよ。ただ僕は軽自動車を選びません。もちろん、車が小さい分、軽自動車の方がレンタル料は安いんですよ。でもなんかね、チープな走りをするんじゃないかなと思って、僕は軽自動車には乗らないですね。で、あともう一つ考えてしまうことか、そういった軽自動車とか小さい車って、事故に遭った時に耐久性が低いんじゃないかって考えてしまうんですよね。で、これは別に実際は軽自動車でも耐久性は低くないと思います。多分、低くないと思います。ただ、なんか僕の感覚として、軽自動車はあまり頑丈じゃないから、軽自動車は乗らない方がいいんじゃないかっていう考えがあるんですよ。だからいつも軽自動車じゃなくて普通の乗用車をレンタカー屋さんでは借りるようにしてます。うん。で、自分が運転しない場合でも、今まで軽自動車には乗ってないから、人生で一回も軽自動車には乗ってません。はい。で、この記録を死ぬまで続けられるのかっていうのが楽しみですね。だってさ、日本に来てみればわかると思うんだけど、本当にたくさんの軽自動車が走ってるんだよ。日本では。で、そんな軽自動車大国の日本で、僕がいつまで軽自動車を乗らないで過ごしてられるのかっていうのが楽しみですね。そう、だからね、日本に来て大きい車を運転するのはあまりお勧めしない。うん。テスラとかでさえね、結構運転するのが大変そうだから、それよりもっと大きい車だと、もっと大変だと思う。うん。だから、日本に来て車を買いたいなっていう人がいたら、僕はできれば小さい車を買った方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。だから日本で発売されている車は比較的小さい車が多いですね。なんか今のですねの声がちょっとおかしくなったんだけど、気にしないでください。はい。はあということで、長い間話してきましたけども、皆さん僕のポッドキャストは楽しんでくれましたかね。時間が近づいてまいりました。なんかさ、話してるとあっという間だよね。
いつもこうやって僕が話したい内容を好き勝手話してしまっているので、皆さんの日本の学習に役立ってるのかなっていうのが、ちょっと心配になりはします。うん。でもただ、この両脇に僕が喋ってる単語の意味とかは載ってるので、それを参考にして、自分の日本語学習に役立てていただければなと思います。はい。ということで、今回の私の日本語のポッドキャストは以上にしたいと思います。また、ポッドキャストを YouTube とかにアップロードするつもりなので、皆さんもぜひ次回のポッドキャストを楽しみにしていてください。それではこれで終わりにします。本日も聞いてくれてありがとう。はい。皆さん、こんにちは。次郎です。本日も私のポッドキャストを聞きに来てくださり、ありがとうございます。さあ、始まりました。本日も私のポッドキャストが。皆さんは最近、どんな一日を過ごしていますでしょうか？どんな毎日を過ごしていますでしょうか？このポッドキャストを聞いている方って、日本に住んでいる方の割合ってどんくらいなんですかね。結構ね、日本に住んでいる方も聞いてくれてると思うんですよね、このポッドキャスト。はい。で、僕はですね、最近ちょっとテンションが低いですね。最近テンションが低いですね。はい。ちょっと今テンション高いんですけど、最近の季節は比較的テンションが低めです。はい。それにもね、理由があるんですよ。理由があるんですよ。どんな理由か知りたいですか？っていうか、どんな理由か当てられますか？なぜ僕のテンションが最近低いんでしょうか？理由は簡単ですね。はい。天気です。天気のせいで僕のテンションが低いです。で、僕のテンションって、天候によって結構左右されるんですよ。でね、前、別のポッドキャストでも話したんですけど、日本は6月になると梅雨っていう季節に入ります。梅雨っていう季節というか、梅雨っていう時期に入ります。で、梅雨という時期はですね、もうずっと雨が降ってるんですよ。なかなか晴れないんですよ。で、僕、晴れが大好きなんですよね。晴れが大好きなんですよ。太陽大好きなんですよ。だからね、雨が降っている時期っていうのは僕にとっては地獄ですね。はい。僕の体調って結構天候に左右されるんですよ。僕の体って結構便利で、体がちょっとだるいなっていう時があったら、だいたい曇りか雨ですね。うん。決して、外の様子を見ることができなくても、自分の体の、状態で、どの天気かっていうのを当てられます。すごいですよね、この能力。で、日本にはね、低気圧だと、頭痛がひどくなったりする人は結構いますね。だから天候に左右される人がいますね、結構日本には。これって日本だけなんですかね。海外でも、低気圧の日に体調が悪くなったりすることってありますか？どうなんでしょう？これって日本人特有の現象なんですかね。だからね、天気は大事なんですよ、僕にとって。あと、温度も重要ですね。僕って、冬か夏どっちか選べって言われたら絶対に夏を選ぶんですよ。理由は暖かいからです。僕昔からいろんなスポーツやってきたんですけど、やっぱり夏が一番いいですよね。どんなスポーツやるにしても、夏の暖かい気候の方が、より良いパフォーマンスを発揮できますよね。体が動かしやすいですよね。それに比べて冬は、
体が動かないですよね。だからね、冬嫌いなんですよね。あと、温度が重要じゃないですか。温度によって左右されるのって他にもあると思います。代表的なので言うと、朝の起きる時間帯ですよね。朝起きるときに冬だとベッドからなかなか出られない。あれ辛いですよね。皆さんも同じような悩みありますか？夏はね、すぐにベッドから出て起きることができるんですけど、冬はね、本当にベッドから出るのが苦痛で仕方ないですよ。そう。だからね、冬よりも夏の方が絶対にいいです。で、雨や曇りよりも晴れの方が僕は大好きですね。はい。で、この日本の梅雨っていう時期なんですけど、7月の上旬まで続きます。はい。だからね、約1ヶ月間、僕はテンションが低い状態で過ごさなきゃいけないんですよ。かわいそうでしょう。かわいそうでしょう。ね。だからね、早く7月になってほしいですね。7月になったら、季節も夏になるじゃないですか。だから、最高ですよね。最高な時期があと1ヶ月したらやってきますよ。はい。皆さんは夏と冬どっちが好きでしょうか？で、皆さんが住んでる国にも、日本でいう梅雨みたいな時期ってあるんですかね？雨がたくさん降る季節はありますか？国によってはありますよね。例えば東南アジアだと、スコールとかがありますよね。あれは時期じゃないのかな？あれは時期じゃなくて現象のことか。なんか、たくさん雨降る時期ありますよね、国によっては。だからね、僕は、梅雨の間だけ、どこか別の国にいたいですね。日本にいるとさ、ずっとどんよりした天気が続くからさ、気分が落ち込んじゃうんだよね。だけど、ね、ずっと雨なんですけど、たまに晴れる日もあるので、そういう貴重な晴れた日には、外に出て何しようかな。外に出てなんかアクティビティをしたいなって思ってます。体を動かしたいなって思ってます。はい。で、さっき僕は、スポーツっていうことを言ったんですけど、今日は何を話そうかなって考えてたんですけど、スポーツについて話そうかなって思います。はい。スポーツって人類なら誰もがやったことあることですよね、多分。スポーツやったことないっていう人いますか？スポーツ楽しいですよね。はい。で、皆さんは、これまでの人生で、どんなスポーツをやってきました？どんなスポーツが皆さんの国では人気ですか？日本でもね、いろんなスポーツが人気なんですけども、僕はね、その中でもいくつかのスポーツをやったことがあります。はい。でね、まず、日本で、一番人気と言っても過言ではないスポーツの2つを紹介したいと思います。皆さん知ってますか？日本で最も人気のあるスポーツ2つ。まず1つ目はサッカーです。サッカーはどの国でも人気ですよね。なんでサッカーってあんなに人気なスポーツなんですかね。サッカーってちょっと人気すぎじゃないですか？やっぱり皆さん、球を足で蹴るのが好きなんですかね。はい。で、もちろん日本でも大人気のスポーツです。はい。でサッカーはね、実は、僕はあまりサッカーの試合は見ません。うん。ただ、たまに僕もサッカーの試合を見るときが
あります。どんな時期かわかりますか？いつ僕がサッカーを見るのかというと、ワールドカップの時です。逆に言うと、僕はワールドカップの時しかサッカーは見ません。はい。僕はワールドカップの時期だけサッカーを見ます。なぜ僕がワールドカップの時期だけサッカーを見るのかというと、日本の代表チームを応援するためですね。はい。僕、クラブチームの試合とかあまり見ませんね。ただ、日本代表の試合は見ます。はい。で、最近はね、日本の代表チームが結構強いんですよ。歴史的に見ても強いんですよ。で、僕が子供の頃っていうのは、日本は世界ランキングでも、確か、50位とか40位とかそこら辺だったと思うんですよ。ただ最近はね、世界ランキングがすごい高いんですよね、日本代表の。ちょっと今見てみますね。日本代表のサッカーの、世界ランキングを見てみましょう。はい、今調べました。今の日本の代表チーム、サッカーの日本代表チームの世界ランキングは今15位です。15位ってすごくないですか？で世界ってさ、確か200カ国ぐらいあるよね。その200カ国の中の15位ですよ。日本代表が。だからね、今日本代表って、日本代表の歴史の中でも、だいぶ強い方の、チームだと思います。で、アジアのチームでこれだけ、えーランクが高いのも結構珍しいと思うんですよね。えーっと、今の、サッカーの世界ランキング、第1位がアルゼンチンです。で、第2位がスペインで、そっから先はフランス、イングランド、ブラジル、オランダ、ポルトガルと続きます。で、これを見る限りね、ほとんど南米のチームかヨーロッパのチームが、上位にいますね。世界ランキングの。で、日本が15位なので、でね、この15位の日本以外にね、上位にいる、アジアのチームが何があるのかというと、18位にイランがいますね。イランってアジアの地域として考えて大丈夫ですか？いや、アジアって広いから、どこからどこまでがアジアなのかっていうのが僕ちょっとあんまり把握してないですね。イランってアジアの地域の国でという認識で大丈夫なんでしょうか？これ人によって考え方違いそうですね。とにかく18位にイランがいます。で、23位に韓国がいますね。だから、今、多分歴史上でも比較的アジアのチームが強い時期なんですかね。はい。僕はあまりサッカー詳しくないので、わからないんですけど、今の日本の代表は結構強いということだけは把握してます。はい。皆さんの国の代表チームの世界ランキングは今何位でしょうか？ぜひコメント欄に書き込んでください。はい。で、サッカーは本当に人気のスポーツですね。僕も子供の頃はサッカーをやろうとしましたね。僕が仲が良かった人でサッカー部に入っている人が結構多かったんですよ。で、僕が小学校2年生の頃、つまり僕が8歳の頃にサッカーチームに入りたいなって思ったんですよ。で、僕が住んでた地域にもちろんサッカーチームもありました。で、サッカーをやっている友達も多かったです。なので、仲良い友達がサッカーをしてたので、僕もサッカーをやりたいと思いました。
で、親にね、サッカーやりたいよって言ったんですけど、やらせてくれなかったですね。なんかちょうど、その頃、僕の家族は忙しい時期で、忙しい時期でした。なぜ忙しい時期だったかっていうと、引っ越しを控えていたからです。で、その次の年に僕は別の地域に引っ越しました。なので、どうせ引っ越すから、サッカーチームに入る必要はないよって多分親は思ってたんだと思います。で、なので僕はその8歳の時にサッカーチームに所属することなく新しい地域に引っ越しました。はい。でもね、本当にサッカーやりたかったんですよ。サッカーやりたかったんですけど、できなかったです。ただ他にも、僕の親が、僕がサッカーをやることを許可しなかった理由っていうのは他にもあります。一つは、親の負担が増えるということですね。サッカーチームに所属してしまうと、土曜日と日曜日が忙しくなるんですよ。うん。で、僕のお父さんなんかは平日は働いているのに、土日は、子供のために試合を見に行かなかったりしないといけなくなるんですよ。だから、えーっと、僕の親は僕にサッカーをさせてくれませんでしたね。あとはね、お手伝いとかがかなりめんどくさいらしいんですよね。まず、サッカーをするだけでも、練習着を選択しなきゃいけなかったりとか、あとはボールを買わなかったり、ボールを買わないといけなかったりするじゃないですか。で、それって全部親の負担ですよね。全部親の負担になりますよね。だからね、それが負担だなーっていうふうに僕の親は感じたんだと思います。で、僕が8歳の頃なんて、そんなこと知らないじゃないですか。親の負担とか、みじんも考えたことがないんですよ。だから、なんでサッカーやらせてくれないんだよって思ってたのを覚えていますね。だってさ、他の仲のいい友達がサッカーをやってるんですよ。僕もやりたいですよね、サッカー。だけどね、やらせてくれませんでしたね。はい。ただね、僕が7歳とか8歳の頃は、たまに、試合は見に行きましたね。地元にサッカーチームがあったので、そのチームの試合を見に行きました。でね、日本には J リーグっていうリーグがあります。J リーグというサッカーのリーグがあります。で、結構いろんなチームがあるんだよね。日本全国にたくさんのサッカーチームがあります。だからね、そのリーグに所属しているチームもたくさんあります。だから結構ファンも多くて盛り上がってるんだよね。ただ、僕はもう最近はサッカーの試合は見に行ってませんね。日本でサッカーの試合を見に行ったのは最後はいつかな。J リーグのサッカーの試合を最後に見たのは多分僕が8歳の時じゃないですかね。うん。それ以降はプロの試合は見てませんね。ただ、同じ学校のサッカー部の試合を見に行ったりはしました。あとは海外で、観光がてらサッカーの試合を見ましたね。うん。で、今は僕がサッカー部って言ったんだけど、もちろん学校でもサッカー部は本当に人気です。うん。で、僕が中学生の頃も高校生の頃も、そして大学生の頃もサッカー部の人数は本当に多かったね。それだけサッカーの人気が凄まじいっていうことなんだと思います。あとやっぱりね、サッカー人気を押し上げている要因の一つとして考えられるのがアニメだよね。うん。日本にはいくつかの有名な、サッカーアニメがあります。だから子供の頃からサッカーアニメを見てると、僕もこのスポーツやりたいって思っちゃうんだろうね。
で、一番人気の日本のサッカーアニメは、キャプテン翼だよね。皆さんは、キャプテン翼っていうアニメを知ってますか？結構有名なアニメだと思う。うん。だけどね、僕はキャプテン翼を見たことがありません。見たことありません。僕はキャプテン翼を。うん。皆さんはキャプテン翼見たことありますか？僕にとってはね、キャプテン翼ってちょっと古いアニメなんだよね。どちらかというと、僕の親世代が見ていたアニメなんじゃないかなって思います。うん。でもキャプテン翼って確か海外でも結構人気のアニメだよね。うん。だからね、僕もいつか死ぬまでにはキャプテン翼を見てみたいなって思うんだけど、重い腰がまだ上がってませんね。うん。だけどね、いつか見てみたいなって思ってます。うん。でね、僕が見たことある、サッカーアニメが、稲妻イレブンっていうサッカーアニメですね。皆さんは稲妻イレブンっていうアニメ知ってますか？うん。僕の世代の人、僕の世代の日本人は、の男の子は、稲妻イレブンっていうアニメを見たことがある人が結構いると思います。うん。でね、稲妻イレブンは結構非現実的なアニメなんだよね。例えば、えー片手でシュートを止めたりとかあとはシュートを打つときに炎が出てきたりとか、そういうアニメです。稲妻イレブンっていうのは。うん。だけどね、それがすごい面白かったね。で、稲妻イレブンのアニメがとても人気だったし、稲妻イレブンの漫画もあったし、あとはゲームもあったんだよ。で、そのゲームもね、結構人気だった。うん。僕の友達もかなりそのゲームをやってたし、僕もね、やってました。もちろん、稲妻イレブンのゲーム。当時は、任天堂 DS のゲームだったね。で、タッチペンを使って操作するんだけど、すごいスリリングで楽しいゲームでした。で、僕も最近久しぶりに稲妻イレブンをプレイしてみたいなって思うんだけど、今一人暮らししてるこの家では、任天堂 DS がないので、実家に帰ったらやってみようかなって思います。はい。で、あとね、サッカーの話はこれまでにして、もう一つ目の、日本で人気のあるスポーツについて、説明したいと思います。もう一つ、日本で超人気のスポーツがあるんですけど、皆さんは知ってますか？どのスポーツだと思いますか？はい。じゃあ正解を発表します。正解は野球です。野球がね、日本は超人気です。そもそも野球ってどんなスポーツかもさえ知らない人いると思います。皆さん野球は知ってますか？野球はね、9人でプレーするスポーツです。1チーム9人でプレーするスポーツです。だから、最低で18人いれば、野球はゲームとして成り立ちますね。うん。でも18人集めると結構大変ですよね。そっか、でもサッカーはそれより多い人数が必要なのか。サッカーは1チーム11人だから、合計で22人必要なんですね。うわー。大変ですね、人集めるの。で、野球は、1チーム9人必要なんですけど、一人一人にポジションがあります。うん。で、攻撃の時間と、守備の時間が分かれています。はい。で、今日は詳しいルールは説明しないんですけど、基本的には、ピッチャーというポジションの人がボールを投げて、そのボールをバッターが打つというスポーツです。はい。野球ね、本当に楽しいですよ。
本当に楽しいスポーツですよ。ただ、グローブっていう道具とか、バットっていう道具とかが必要だったりするので、野球をやるにはお金がかかるんですよね。だから野球って、サッカーほど、世界に浸透していないスポーツだと思います。ただ、オリンピックの競技でもありますし、一定数の人気はあるかなと思います。で、日本は確かに世界ランキング1位だったと思います。野球の世界ランキングで日本は1位。で、もちろんサッカーと同様、国内に、リーグがあります。で、毎年日本一のチームが決まるんですけど、野球がね、とてつもなく人気なんですよ。で、一つの球場にだいたい3万人から4万人の観客が入ります。でね、毎日結構大人数の人が野球場に足を運んで野球を見てるイメージですね。はい。で、野球が、なぜ人気なのかっていうのは諸説あるんですけど、僕の中で、一つこれじゃないかなっていうことがあるんですよ。それは、ラジオで聞けるっていうことなんですね。なんかサッカーをラジオで聞くことってできるんですかね？うん。サッカーの、そのゲームの状況っていうのを、ラジオの音声だけで伝えることって難しいと思うんですけど、野球はそれがとても簡単なんですよ。えっと、野球のルールを少し説明すると、野球場には、ベースっていうものがあって、そのベースにランナーがいるかどうかで、チャンスかどうかっていうのがわかります。なので、そういった情報を音声だけで飛ばすことが簡単なんですよ。うん。だから、ラジオで音声だけで野球の、実況だったりとか、球場の音を聞いてると、それだけで試合の様子っていうのが容易に想像できます。だからね、ラジオで野球を見ることができるんですね。そう。それがね、すごい便利なんだよね。わざわざ自分の目を画面に向ける必要がないんだよ。だから僕も何か作業をするときは、ラジオで野球の実況を聞きながらすることがあります。うん。すごい便利だよね。でね、日本には合計で12チームのプロ野球チームがあります。で、それもサッカーと同様、全国のいろんな場所に本拠地を構えています。うん。北は北海道から南は九州まで、12球団あります。はい。で、僕はサッカーにハマっていた8歳の頃に引っ越しをしたってさっき言いましたよね。で、引っ越しをした先が、とあるチーム、とあるプロ野球チームの本拠地に結構近いところだったんですよ。で、やっぱり地元のチームを応援するっていう習慣が、各地域には根付いているので、僕が引っ越した先のその地域でも、その地元のチームを応援するという風潮がありました。だからね、毎日テレビで、そのチームのプロ野球の試合を放送してるんだよ。うん。だからね、嫌でも、その野球の様子っていうのは目に入ってきたね。野球のゲームの様子っていうのは目に入ってきました。うん。でね、毎日テレビ中継、プロ野球ゲームのテレビ中継を毎日見てると、だんだんそのチームが好きになってくるんだよね。うん。だんだんそのチームのことが好きになってきます。で、いや、僕もそのチームの試合を現地に行って見てみたいなっていう思いが強くなります。だから、家族で見に行きましたね、野球の試合を。すごい楽しかったな。で、結構ね、
現地で見る野球の試合って迫力があるんですよ。迫力がある。うん。特に、ピッチャーが投げる球がすごい速いし、ホームランで、スタンドに、ボールが、バッターが打った打球が入った時は超盛り上がりますね。で、これは日本のスポーツ独特の文化かもしれないんだけど、サッカーであれ野球であれ、日本人はすごい声を出して応援します。っていうか、そのチームの応援歌っていうものが存在します。だから、チームの攻撃中は常に歌を歌っている状態ですね。でもね、これ結構楽しいんだよね。うん。でね、それ結構外国人の方にとっては異様な状況に見えるかもしれない。だって野球の試合を観戦してるのに、スポーツの試合を観戦してるのに、ずっと見てる側が歌ってるっていうことだからね。ちょっと異様な光景だよね。だけどね、それが結構楽しいんだよ。観客で一体になったっていう感じがするね。うん。ただ、絶対に歌わなくちゃいけないっていうことではないから、歌いたくないっていう方も、野球場で試合を見ることはできます。うん。でね、野球場に行くと、一部のエリアは熱狂的なファンが、すごい多くいるエリアだから、もし声を出したくないよっていう人がいたら、しっかりとどのエリアが、プロ野球ファン、プロ野球の熱狂的なファンが多いエリアなのかっていうのを調べてから行くといいと思います。はい。だけどね、日本の野球の試合っていうのはやっぱりその応援歌もあるし、あとすごい人気なスポーツだから、ぜひ、あのその試合を見に行くのをお勧めします。はい。でも野球の試合を今まで見たことがない人だったら、そのルールを理解するのに、少し時間がかかってしまうかもしれないから、事前に野球の試合を見に行く前に、ルールを少しでも、えー理解してから行くのがいいなと思います。そうじゃないと、どういった状況がチャンスで、どういった状況がピンチなのかっていうのがわからないからね。はい。だから、野球の、試合を日本に見に行くときは、野球のルールを理解してから行きましょう。はい。そう。で、僕は野球に9歳ぐらいの頃かな、ハマったんですけど、もちろん自分でも野球やってみたいなって思いましたよ。はい。野球やりたいなって思いました。ただ、その時も僕の親は野球しちゃダメだよって言ってきました。実は野球部の体験入部には行ったんですよ。で、その頃、僕の友達で野球部に入っていなかった2人がいたんで、その2人を誘って、その野球部の体験入部には行きました。ただ、親が行くことを許してくれませんでした。体験入部には行ったんですけど、野球部に入ることは許してくれませんでした。で、僕は野球部に入れなかったんだけど、僕と一緒に体験入部に行った二人は野球部に入ってましたね。はい。そう。だからね、なんかちょっと悔しかったのを覚えてますね。で、僕の親が、僕に野球部に入っちゃダメだよって言った理由は、さっき僕がサッカー部に入れなかった時と同じですね。やっぱり野球って負担が大きいんですよね。サッカーも同じだけど、え結構土で汚れるスポーツなんですよ、野球っていうのは。スライディングをする場面が本当に多いスポーツです。なので、えーユニフォームが土だらけになるんですよね。で、しかも汗もたくさんかきます。だから、そのユニフォームを洗わないといけないのは僕の親なので、親への負担がすごいでかいですよね。そう。だから、そういったこともあって、
僕の親は野球もやらせてくれませんでした。うん。あとやっぱり試合の日とかになると、自分が所有する車で野球部のメンバーを迎えに行かなきゃいけなかったりとか、あとは差し入れをチームに持っていかなきゃいけなかったりとか、いろいろやらなきゃいけないことがあるんですよね。だから、僕の親が僕に野球をやらせなかったっていうのは結構理にかなってるとは思いますね。で、今考えると、僕が、逆の立場だったとしても、野球は子供にやらせたくないですね。だって結構、親の負担が大きそうじゃないですか。うん。だから、中学生になってからかな、自分の子供にスポーツをやらせるとしたら、そうだと思います。で、サッカーも野球も僕は、できなかったんですけど、唯一小学生の頃に、やらせてくれたスポーツがありました。はい。どのスポーツだか皆さんわかりますでしょうか？それはですね、水泳です。水泳を僕は小学生の頃、習っておりました。水泳はね、サッカーと野球と同様、僕が水泳やりたいよっていうことを親に伝えてました。で、やっぱり泳げないとちょっとかっこ悪いじゃないですか。例えばプールとかに行ったりして、自分が泳げないってなると、恥ずかしい気分になると思います。だから、僕の親は僕に水泳をやらせてくれたんですかね。で、僕はね、小学2年生の頃から小学5年生の頃まで続けたんで、だいたい3年間ぐらい水泳をやってましたね。で、一応4種目全部泳げるようになりました。4種目というのは、クロール、背泳ぎ、平泳ぎ、あとバタフライですね。この4つは僕は泳げるようになりました。ただね、スピードが遅かったですね、僕は泳ぐ。泳ぐスピードが遅かったです。はい。だから大して早く泳ぐことはできなかったんです。早く泳ぐことはできなかったんですけども、全種類泳げるようになったので、水への恐怖心というものはなくなりましたね。はい。ただ、海で泳ぐのと、プールで泳ぐのって全然違いますよね。はい。で、僕ってあまり海で泳いだりはしないんですよ。ただ前ですね、すごい辛い時がありました。シュノーケリングを海でした時は、ちょっと辛かったですね。あの、海で泳ぐのって辛くないですか？海で泳ぐのって大変ですよね。僕はそれをね、実感しました。うん。あの、シュノーケリングで海を泳いだ時、僕、酔って気持ち悪くなっちゃったんですよね。その時なんでシュノーケリングをやってたかっていうと、沖縄の綺麗な海に行って、サンゴ礁を見るために、シュノーケリングをしました。で、一回泳いだだけで、すごい気持ち悪くなっちゃったんですよ。あの、下を見ると美しいサンゴ礁の景色が広がってるんですけど、だけど、気持ち悪いなっていう思いが、シュノーケリングをする時間が長くなれば長くなるほど強くなってきました。だから、その後はね、冬に船に上がって休んでましたね。せっかく美しいサンゴ礁を見るチャンスなのに、僕は船の上に上がって休んでました。で、自分にちょっと失望しましたね。だって、小学2年生の頃から3年間も水泳を習って、で、立派な大人に成長したのに、海に入ると酔ってしまうんですよ。そう。だから、
プールで泳ぐのと海で泳ぐのって全然違うんだなっていう風に、その時実感しました。はい。で、サッカーと野球を僕の親は、僕にやらせてくれませんでしたが、水泳はやらせてくれました。その理由は簡単ですよね。さっきから再三説明しますよね。水泳って、親への負担が少ないですよね。サッカーや野球と比べて。まず、土で練習着が汚れることがありません。必要なのは、水着とゴーグルと帽子だけで、プールから上がったら、もちろんタオルが必要になりますけど、野球とかサッカーと比べて、必要なものが汚れません。はい。しかも、必要なものが少ないです。だから、家の中で、かさばりません。うん。だから、僕の親は、僕に水泳をやることは許可してくれましたね。ただ僕が親になったとしても、水泳はやらせますかね。やっぱり、泳げるっていうことはすごい重要だと思うんで、水泳はやっていて損はないかなっていうふうに思います。はい。で、小さい頃から水泳をやってる人って結構多いと思いますね。それこそ野球とかサッカー並みに、習い事としてはやってる人が多いスポーツだと思います。で、その後僕は13歳になって中学生になりました。はい。で、日本って中学生と高校生の部活動がすごい盛んなんですよ。だからその時期にから何かしらスポーツを始めるっていう人が多いと思います。で、僕も新たなスポーツを始めました。はい。何のスポーツを始めたかというと、バスケットボールです。はい。バスケットボールを始めました。もともと僕のお父さんが、バスケットボール経験者だったので、心のどっかでバスケットボールもいつかやってみたいなって思ってました。なので、僕が13歳になって、始めたのがバスケットボールです。ただ、他にもバスケットボールを選んだ理由はあります。大きな理由の一つが、経験者が少なかったっていうことですね。で、バスケットボールって、一人チームあたり5人がコート上に出て、プレイするスポーツです。だから、一度にコートの上にいる選手の数は10人です。で、ということは、5人しか一度に試合に出れないということじゃないですか。で、たくさん試合に出たいけれど、ライバルがいっぱいいる状況の中で、いかにして試合に出るかっていうことを考えてたんですよ。で、実はバスケットボールを小学生の頃から経験してる人って、野球やサッカーと比べたら少ないと思うんですよね。うん。さっき言ったみたいに、小学生の頃から野球とかサッカーをやってる人って結構います。ただ、それと比べると、小学校の頃からバスケットボールをやっている人っていうのは少ないと思います。だから、初心者の人が多い分、自分も試合に出れるチャンスがあるって僕は思いました。で、サッカー部に、間違えた。バスケットボール部に入りました。はい。いやー、バスケットボールもね、そこから僕は6年間やりましたね。中学校の3年間と、あとは高校生の頃の3年間の合計6年間バスケットボールをプレイしました。で、高校を卒業した後も、たまにバスケットボールはやってますね。僕も3ヶ月前ぐらいにバスケをしました。はい。で、
バスケットボールは、野球やサッカーと比べて、経験者が少ないっていう話をしたんですけど、それと同時に、経験者のうまさが段違いなんですよ。うん。で、僕が所属していたチームは、経験者がほとんどいなかったんですけど、対戦するチームで、小学校の頃、バスケットボールをやってましたっていう人がいるチームが結構ありましたね。で、そのチームっていうのは、間違えた。小学生の頃から、バスケットボールを、やってるので、すごい、ボールさばきが上手いんですよ。超上手いんですよ。だから、ドリブルをするにしても、なかなか相手からボールを取られないし、ということで、小学校の頃からバスケを経験してる人は、強いなっていうふうに僕は常に思ってましたね。で、バスケットボールって、身長がとても重要なスポーツじゃないですか。そのバスケットボールのゴールであるバスケットは結構上の位置にあるので、身長が高い選手っていうのがすごい重宝されます。で、プロのバスケットボールリーグに所属しているチームだと、身長が高い人で2メートルを超えてる人はたくさんいますよね。で、僕も日本ではそんなに身長が低くない方なんですよ。はい。どちらかといえば身長が高い方なんです。で、バスケットボールって結構身長の高さによってポジションが決まることが多いんですね。で、僕は日本では比較的身長が高い人でもされるポジションにつくことが多かったです。ただ、びっくりしたのは僕がヨーロッパに留学しに行った時ですね。僕日本だと身長が高い方なのに、向こうだと一番小さかったんですよ。ヨーロッパだと僕の身長がそのバスケットボールチームの中で一番小さかったです。だから日本でプレーするときとポジションも違いました。はい。だからびっくりしましたね。こんなに国によって身長って変わるんだって思ったのは覚えてます。はい。で、バスケットボールを6年間やったんですけど、その後、大学に入ってからは、何のスポーツもやらなくなりました。はい。で、日本ではね、バスケットボールの人気は例年高まってきてると思います。で、確か、10年くらい前に新しい、バスケットボールのリーグが誕生しました。B リーグっていう名前なんですけど、結構な高頻度で、プロのバスケットボールのチームの対戦が行われています。でね、僕もそんな B リーグの試合を、何回か見に行ったことがあるんですけど、やっぱり迫力がすごいですよね。学生がやるバスケットボールとはやっぱり格が違う迫力の大きさですよね。あとは最近の、日本でのバスケ人気が過熱している、他の理由として考えられるのが、日本代表が強くなってきたことです。はい。これはサッカーと同じですよね。で、もともとバスケットボールって日本ではあんまり人気なスポーツではなかったです。ただ、何人か NBA でプレーできる日本人選手が増えてきたので、その影響で、日本のバスケ人気が高まってきました。あとは、やっぱりサッカーと同じように、漫画とかアニメの影響も大きいと思います。
で、僕はあまりアニメを見る方じゃないし、あまり漫画を読む方でもないから、バスケアニメは今まで見たことありません。見たことないです。はい。ただ、スラムダンクっていうアニメとか、あとは黒子のバスケっていうアニメとか、いくつか有名な、バスケットボールのアニメが日本にはあります。でね、海外でも有名なバスケットボールのアニメはたくさんあるんじゃないかなって思います。特にスラムダンクなんかは本当に人気なアニメだと思います。皆さんはスラムダンクを見たことがありますか？あの日本の、え神奈川県の南の方の地域に湘南っていうエリアがあるんですけど、あそこのエリアには、スラムダンクのモデルとなった場所とか、スラムダンクのモデルとなった学校があるので、結構外国人観光客の方が多いです。で、僕が高校生の頃、そのエリアに行った時は、たくさんの、台湾人の方がそこにいました。そのことをよく覚えてます。スラムダンクってこんなに人気なんだって思ったのを覚えていますね。うん。だから、バスケ人気は、年々高まってきてるはいるんですけど、僕個人の感想としては、見る分には、サッカーの方がバスケよりも楽しいなっていうふうに思いますね。バスケって結構力と力の差が如実に出るスポーツだと思っています。で、バスケのゲームには、えっと、4つのクォーターがあります。だけど、だから第1クォーターから第4クォーターまであります。だからゲームの時間が4つに分かれてるんですよ。で、分かれた時間の間に休憩の時間があります。で、バスケは力の差というものが如実に出るスポーツなので、第1クォーター、第1ピリオドの時点で勝者が分かってしまうことがあります。例えば、すごい強いチームとすごい弱いチームがあったとしたら、第1ピリオドの時点で20点差がついてしまったりすると、もう勝負ついたなっていうふうに思います。ただ、サッカーっていうのはバスケと比べて結構ロースコアじゃないですか。1対1とか1対0とか、2対1とか、そういった点数になることが多いと思います。だから、試合の最後の最後まで、もしかしたら点が入るんじゃないかっていうワクワクを味わうことができると思います。対してバスケは、たくさん点数が入るスポーツなんですよ。で、最終スコアが、例えば100対30とかになることもあります。で、だいぶ点差がつけられてしまうと、もうこれでは追いつけないなっていう気持ちになるわけですよ。ってなると、ゲームを見てても楽しくないなとは思います。ただ、点差がとても狭いとても緊迫したゲームだと楽しいです。はい。だからね、そういった、えっと、特性もあって、バスケはまだサッカーほど人気のスポーツになれないのではないかなっていうふうには思いますね。うん。でもバスケも世界という単位で見れば結構人気なスポーツですよね。やっぱり NBA チームとかの影響が大きいんですかね。でもやっぱり、アメリカっていいスポーツリーグたくさん持ってますよね。だってさ、バスケットボールだったら NBA があるし、野球だったら
MLB があるんですよ。で、そんな世界一のリーグがアメリカに全部集まってるのが正直羨ましいです。うん。で、日本の野球界の、市場規模っていうのは昔と比べてあまり成長してなくて、その代わり、え野球、の、市場規模はアメリカのメジャーリーグベースボールだと結構大きいです。で、選手がもらえる、そのお給料も雲泥の差があります。で、これは最近日本での野球人気が爆発している理由の一つなんですけど、それは大谷翔平です。皆さん、大谷翔平っていう人物は知ってますかね？大谷翔平を知らない人、知らない日本人は多分いないと思うんですけど、海外に住んでいる皆さんなら、知らないと思います。大谷翔平っていうのは、今、アメリカの MLB でプレーする、日本人の野球選手です。でね、この大谷翔平って、とてもすごい人なんですよ。えーまず、普通野球をやる人っていうのは、自分がバッターになるのか、ピッチャーになるのかっていうのを決めないといけません。普通、ピッチャーをやる人は、バッターにはなりませんし、普通、バッターをやる人は、ピッチャーにはなりません。ただ、その大谷という人物は、その常識をひっくり返したんですよ。その大谷翔平という、プロ野球選手、今、メジャーリーグでプレーしている日本人のプロ野球選手は、ピッチャーもバッターも両方やるんです。で、しかも、ピッチャーとしても、バッターとしても、世界で最高レベルの成績を残してるんですよ。はい。で、これまでの歴史上、そんなにメジャーリーグに活躍した、選手っていうのは大谷以外いませんでした。だから、今は本当に1000年に一度の逸材が出てきたぞっていうそういう気分で、日本人はその大谷翔平の活躍っていうのを毎日見てます。はい。で、その大谷翔平って結構顔もハンサムなんですよ。だから、老若男女、誰にでも人気だし、いろんな会社の広告塔をやってますね。この前、僕、モールに買い物をしに出かけたんですけど、その大谷翔平選手の顔、モールで3、4回は見ましたね。そう。全部、別の会社なんだけど、たくさんの会社の、イメージキャラクターを大谷翔平が務めてるから、モールを一周するだけで3、4回大谷翔平を見ます。で、全部違う写真です。で、すごいですよね。で、大谷翔平は、もらっている金額もとても大きいです。大谷翔平がもらっている、給料は、えー10年間で確か1500億円近かった気がします。1500億ってとっても大きな数字ですよね。1500億というと、普通に考えると、大きな会社が動かす数字ですよね。あとは国家が、動かすような莫大なお金の量じゃないですか。1500億って。で、そんな、巨額の、給料を大谷翔平選手はもらっているっていうことになります。で、昔は日本もアメリカと日本のプロ野球リーグでもアメリカと似たような、え高額な、えー
給料というものを選手たちに出すことができていました。ただ、その当時は、高額といっても、年間3億円とか5億円とかそういう感じでした。ただ、この2、30年の間に、アメリカの、プロ野球市場の成長というものが著しくて、で、さらに日本の野球市場があまり成長しなかったので、今はその給料にすごい大きな差が出ています。だからね、日本で活躍する選手っていうのは、多くが、アメリカのメジャーリーグのチームに移籍してしまいますね。はい。で、だからね、今ね、結構多くの日本人選手がアメリカで野球をプレイしています。で、この状況って日本人としては少し悲しいんだよね。だってさ、日本だと給料があまり多くもらえないから海外に行くっていうことじゃん。で、本当ならさ、日本人に残ってほしいじゃん、日本に。そう。だから結構悲しい状況ではあるんだけど、現状では、え日本で活躍したすごい選手っていうのはアメリカに行って、高い給料をもらうことに成功しております。はい。それが日本の野球の事情でした。はい。ということで、本日、スポーツについていろいろ喋ってきたんですけども、皆さんのお気に入りのスポーツは見つかったでしょうか？っていうか皆さんすべてのスポーツについて知っていましたでしょうか？ぜひ、コメント欄等に皆さんが一番好きなスポーツを書いていただけるとありがたいです。はい。本日は、時間が来てしまいましたので、これで今日のポッドキャストは終わりにしたいと思います。皆さん本日もポッドキャストを聞いてくださりありがとうございました。また次回も、よろしくお願いいたします。それではこれで終わりにします。バイバーイ。はい。皆さん、こんばんは。ジローです。本日も僕のポッドキャストを聞きに来てくださり、ありがとうございます。皆さん、最近はどんな調子でしょうか？いや、今日も僕のポッドキャストを聞きに来てくれて本当にありがとう。いや、本当に日本はね、最近とても暑いよ。超暑い。今もね、若干汗かいてるよ、僕は。夏が本格的に近づいてくるよね。近づいてくるよねっていうか、本格的に近づいてるよね。そうなんだよ。で、本当にね、僕が住んでいる東京では、この1週間で気温がものすごい変わりましたね。いや、本当に全然違う、1週間前とは。もうびっくりする。だけどね、頑張ります。ポッドキャスト、頑張ります。皆さんは今ね、眠りに入ろうとしている人が多いと思うので、あまりうるさすぎないポッドキャストになるように頑張ります。今まで何回かポッドキャストを撮ってきたんだけど、気づいたことが一つあるんだよね。僕が気づいてしまったことが一つあります。僕のポッドキャストについて気づいたことが一つあります。ポッドキャスト、僕の場合は、1時間のポッドキャストを撮ることが多いんですよ。それで、その1時間の中で、後半になるにつれて、僕のテンションが上がってる気がします。喋ってる間に、テンションが上がってきて、興奮してきてしまって、声を荒げてる場面が多いと思うんですよね。僕のポッドキャストを睡眠導入として使ってくださっている方、本当に多いと思うんですよ。本当にそういう方多いと思うんですけど、僕の声うるさくないですか？いや、僕の声がうるさいんじゃないかなっ
ってすごい心配なんですよね。僕もたまに自分が撮ったポッドキャストを、聞き返すことはあるんですよ。で、聞き返してみて気がつくんです。あれ、俺の声、どんどんうるさくなってねって気づきます。だからね、皆さんの睡眠導入になるような、そんな素晴らしいポッドキャストを撮れたらなと思ってます。僕もまだまだポッドキャスト初心者なんで、皆さんの実りのあるポッドキャストを作るために頑張ります。で、毎日毎日トライアンドエラーだと思うので、失敗を犯しながらもね、より良いポッドキャストを作っていけるように、日々改良を重ねてまいりますので、皆さんどうぞこれからも僕のポッドキャスト聞いてください。絶対に聞いてください。はい。そんな感じですね。僕は相変わらずテンションが高くて申し訳ないです。でもね、やっぱり、夏になってくると、ちょっと体力が奪われるよね。体力がないと日本の夏は乗り切れないと思います。はい。だからね、僕も体力をつけるように、毎日頑張ってるんですよ。僕は毎日頑張ってるんです。僕はね、できるだけジムに行くようにしてます。ジムに行って体を鍛えてます、僕は。うん。でね、毎日はね、厳しいんだけど、できるだけ毎日行くようにしてますね。はい。仕事で疲れてしまった時とかは、翌日に行かないことがありますけど、できるだけジムに行こうとしてます。はい。ただね、僕にも欠点があって、朝にしかジムに行けないんですよ。というか、夜にジムに行ったことがありません。そうなんですよ。なんか夜って元気残ってなくないですか？夜にジム行くっていう人います？ジムに行かなくてもいいんですけど、夜に体を鍛えてるっていう人いますか？そこのあなたもしかして夜に体鍛えてますか？僕にはね、それができないんですよ。いや、それができないっていうか、試そうとしていません。うん。夜にジムに行くとか、夜に体を鍛えるっていうことが、とても怖いんですよね。うん。ジムって力いっぱい出さなきゃいけないじゃないですか。で、そんな時に、夜の疲れたタイミングで、自分の100%のパフォーマンスが発揮できるとは思えないんですよ。うん。だからね、僕はジムに行くときはいつも朝にジムに行ってます。はい。で、日々体を鍛えてらっしゃる方って僕のポッドキャストを聞いている方の中で、どんくらいいるんですかね。僕は毎月お金を払ってジムに行ってます。うん。でね、東京の場合だと結構高いんだよね。いや、結構高額なんだけど、海外のジムの料金を知らないから、世界的に見たら高いのか安いのかわからないな。うん。でもね、東京の、24時間営業のジムの場合、だいたい、7000円から1万円はするんじゃないかな。うん。そう思うね。うん。東京みたいな都会は結構料金が高いかな。田舎の方に行くと、もうちょっと料金が下がってきます。うん。でね、僕ってあまりお金使わないんですけど、ジムには毎月お金を払ってるんですよ。はい。で、なんでジムに通っている
とかという理由について、話そうかなって思います。まず前提として、体は鍛えたいなって思ってるんですよ。体は鍛えたい。うん。僕は今20代なんですけど、日本人の場合、年を取るにつれて、肥満体型になっていく人が多いんですよね。で、肥満の状態って、健康に悪いじゃないですか。うん。だから、そんな肥満の状態にならないように、僕は体を鍛えてます。体を動かすこと、運動することっていうのは、健康に少なからず好影響を与えると思います。だから、僕はね、運動だけはしっかりやろうと思ってます。だけど、ジムにお金を払って、ジムと契約しないと、体を動かす気になれないんですよ。家でできる筋トレってたくさんあると思います。例えば、ダンベルを買って腕を鍛えたりとか、あとは何も買わなくても腕立て伏せとか腹筋とかってできるじゃないですか。ただね、僕の場合、家から出ないと、やる気が起きないんですよね。この気持ちわかる人いますか？いや、絶対にこの気持ちわかってくれる人いると思う。なんかさ、ジムと契約して、お金を払った状態じゃないと、自分のことを動かせないんですよね。そう。高いお金を毎月払ってるとさ、あ、お金払ってるし、ジム行こうっていう気になるじゃん。ね。だけど、何も自分を縛るものがないと、結局何もやらないんですよ、僕は。そう。だから、わざわざ高いお金を払って、僕はジムと契約しております。うん。他にも理由はあるんだけどね。やっぱり、ジムにあるトレーニング用のマシンを使った方が効率的に体は鍛えられるよね。うん。皆さんがジムでよくやるトレーニングって何ですかね？僕はね、本当にいろんな種類の筋トレをします。はい。ただね、上半身か、下半身、どっちを鍛えるのが好きかって言われたら、絶対に上半身ですね。いや、絶対に上半身の方がいい。下半身の筋トレメニュー僕嫌いなんですよね。代表的なのがスクワットですよね。スクワットって何も面白くなくないですか？なんかね、なんでなんだろう。上半身の筋トレメニューである、ベンチプレスとか、ショルダープレスとか、そういったメニューの方が筋トレをやった感じがするんだよね。下半身のメニューと比べて。うん。なんかやって達成感を感じるのが上半身メニューなんだよね。うん。ただ、上半身ばかり鍛えてもおかしいじゃないですか。下半身がひょろひょろなのに、上半身だけムキムキでもおかしいですよね。だから、僕は、上半身も下半身も筋トレをやっております。はい。ただね、下半身の筋トレをちゃんとやり始めたのって最近なんですよ。うん。実はつい最近まで上半身の筋トレメニューだけやってました。やっぱりね、やっぱり上半身だけ鍛えてると、全身の形が、いびつになってくるんだよ。
そう。やっぱり上半身だけ筋肉が増えていくと、上半身の体が大きくなっていくんだよね。で、下半身何もしてないけど、下半身何もしてないと、下半身だけ細い状態のままだから、なんかね、見た目が変なんだよね。うん。だから僕は両方鍛えるようになりました。はい。でもね、僕が上半身だけ鍛えてた理由が実はあります。うん。僕はもともと下半身が結構太い部類だったんだよ。だからね、それがちょっと自分の中ではコンプレックスだったので、自分の中で、悩んでいた部分ではあったので、上半身だけ鍛えることにしました。うん。だから、本当はそういうちゃんとした理由がありました。でもやっぱり、これね、面白い男女の違いだと思うんだけど、これは僕の一意見なんですけど、男性は上半身を中心的に鍛えて、女性は下半身を中心的に鍛えてると思うんだよ。あれってなんでなの？でさ、やっぱり僕は男だから、上半身の方が下半身メニューよりもやってて楽しいんだよね。うん。ってことは、やっぱり女性は下半身メニューの方がやっていて楽しいのかな。ね、多分そういうことだよね。うん。だからね、男女の違いって面白いなって思ってます。今の時代さ、やっぱり男女の垣根をなくそうとしていってるじゃん。でも男女って少なからず違うところがあるから面白いよね。うん。昔の、日本の固定概念的な考えでいくと、男は青色が好きで、女は赤色が好きみたいな、そういう固定概念があるんだよ。で、僕もそうなんじゃないかなって思ってるんだけど、あの、とある実験で、男の子の赤ちゃんと女の子の赤ちゃんが用意されたんだよね。で、男の子の赤ちゃんとその女の子の赤ちゃんの目の前に、いくつかの種類の、おもちゃを用意したらしいんだよね。で、すると、男の子は、車とか電車とかのおもちゃの方に向かって、女の子はおままごとをするおもちゃに向かって遊び始めたらしいんだよ。これ面白くない？うん。だってさ、赤ちゃんってさ、男の子は青色が好きで、女の子は赤色が好きっていう固定概念がまだ染みついてない段階の人間なわけじゃん。それなのに、わかりやすく男の子は男性的な、女の子は女性的なおもちゃの方に向かうって面白いよね。だからやっぱり、生き物として、そういった違いが出るようにできてるんじゃないかなって思うんだよね。で、これもとある人の話を僕が聞いたことなんだけど、男の子とか男性って動くものが好きなんだって。確かに、車とか電車とか飛行機とか、そういう乗り物が好きな男性って多いですよね。もちろん女性でそういったものを好きな方いると思います。だけど、やっぱり男性の方が多いですよね。で、女性は止まっているもののことが好きになる傾向があるんだけど、その理由っていうのを、とある人が語ってました。で、僕も、なるほどなと思ったんですよね。で、諸説はあります。諸説はあると思うんですけど、その人が言っていたことによると、男性は歴史的にも狩りとか猟をしてきたと。で、
女性は寮とかには行かないで、薬草から薬を作ったりとかしてたらしいんだよ。で、やっぱりさ、漁をするときって、動くものに対して、えー視線を向けないといけないじゃん。例えば昔だとさ、マンモスを倒してその肉を食べてたと思うんだけど、そういった動くものを歴史的にもずっと見てきたから男性は動くものが好きらしいです。本当かどうかわからないんだけどね。でも、僕の中で、面白いなって思ったこと。で、逆に、女性は、薬草とかそういう動かないものを歴史的に見てきたから、動かないものを好む傾向にあるそうです。だから、服とか、そういったものが好きらしいです。でも最近はね、服が大好きな男性も多いけどね。うん。本当かどうかわからないんだけどね。こういった、都市伝説的な、話を聞いて僕は毎日楽しんでおります。なんかジムとか体を鍛える話題からすごい別の方向に進んでしまったね。うん。僕がジムに行ってる理由は、さっき話したみたいに、健康のためなんだけど、健康のために僕が絶対に譲れないものはもう一つあるね。それは食事。そして朝ごはん。みんなさ、朝ごはんちゃんと食べてる？朝ごはん食べた方がいいと思うよ。一人一人考えがあるから別に僕の考えを強要するつもりはないんだけど、やっぱりね、食事って、唯一の人間のエネルギー摂取方法だから、僕はね、欠かさず朝ごはんを食べています。はい。でもね、僕の友達とか、僕の周りの人ではね、やっぱり朝ごはんは食べないっていう人多いんだよね。うん。でもその人たちも別に健康に暮らせてるから、もしかして朝ごはんって食べなくてもいいのかな。うん。でもね、朝ごはんは絶対に僕は食べてます。で、絶対にタンパク質は取るようにしてるね。うん。やっぱり体を鍛えてるからさ、鍛えた分だけ、筋肉がついてほしいんだよね。だから、筋トレをした後はちゃんとプロテインを飲むようにしてるし、日々の食事でも、納豆とか、鶏肉とかそういったタンパク質はちゃんと取るようにしてます。はい。皆さんも栄養には毎日気を使っていますか？うん。なんか、お母さんみたいなアドバイスをしちゃったけど。お母さんって偉大だよね。最近本当にそう思うんだよね。お母さんっていつでも僕のことを心配してくれるんですよ。ちゃんとご飯食べてるとか、ちゃんとたくさん寝てるとか、そういったアドバイスをしてくれるんですよ。今は別々に暮らしてるんですけど、常に僕のことを思って、メッセージを送ってくれたりするんですよね。あれすごいですよね。うん。やっぱり、我が子を持つと、いろいろ考え方変わるんですかね。皆さんの中で、お子さんをお持ちの方って、どのくらいいますか？うん。あのね、僕は自分の子供がいません。はい。僕はね、自分の子供がいないんで、子供を持った人の気持ちになることはできません。はい。ただ、自分の子供を見てみたいなと思いますね。うん。
あのー僕って結構自己肯定感が高い人間なんですよ。すいません、なんか突然のカミングアウトで申し訳ないんですけど。で、まあ僕は自分が大好きなんですね。うん。で、これを聞いてるみんなも、まあ、自分のこと大好きな人多いと思います。自分のことはね、やっぱり大好きで居続けるべきですからね。うん。で、まあそんな大好きな自分の子供ってなると、自分以上に可愛いんじゃないかなって思うんですよ。絶対そうだと思う。しかもさ、生まれたての頃って、ちっちゃいじゃん。ね。だって、生まれた時って、だいたい何グラムですか？だいたい3キログラムとかしかないですよね。だから、こんなんですよね。こんな大きさですよね。そんな、ちっちゃな自分の分身、絶対可愛いですよね。あのね、僕はもう、長いこと赤ちゃんとは触れ合ってませんね。うん。僕、ちっちゃいもの大好きなんですよ。うん。まあ、人間の赤ちゃんも大好きですし、犬とか猫とかも大好きなんですよ。ただね、まあ、赤ちゃんとは長いこと触れ合ってませんね。まず、まあ、赤ちゃんを持っている知り合いがいない。あと、親戚は大体、まあ、一番年下でも、自分と同い年ぐらいなんですよ。だから、知り合いの赤ちゃんがいないですね。僕の友達の中には、赤ちゃんが一人もいません。うん。だからね、まあ、赤ちゃんとの接し方もよくわからないし、自分が赤ちゃんから好かれる人間なのかどうかさえわからないですね。うん。でも、赤ちゃん育てるって相当大変らしいですね。うん。僕が赤ちゃんになった頃も、まあ、僕の親は相当苦労したみたいです。うん。まず、ベッドに横になって、さあ寝るぞってなった時に、まあ、僕がね、泣き出すらしいんですよね。で、泣き出す大体の理由が、お腹が空いたからなんですよ。だから、寝れるって思った僕のお母さんとかお父さんは、ミルクを作るために起きなきゃいけなかったらしいですね。いや、かわいそうですね。いや、ほんとかわいそうなんだけど、まあ、それが赤ちゃんというものなんだろうね。うん。で、まあ、僕もね、今20代なんで、年齢的に、まあ、周りが赤ちゃんを持ち始める年齢だと思うんですけどね。まだ全然知り合いの赤ちゃんはいないですね。うん。まあ今はね、赤ちゃんを産まないとか、子供を持たないっていう選択肢を持つ家庭が増えてますからね。これは多分、日本だけじゃなくて世界的なムーブメントなんじゃないかなって思いますけどね。まあ、特にアジア諸国は、まあ、そういう考えを持つ人の割合が多いんじゃないかなと思います。はい。まあ日本は全然毎年子供が生まれてないんですよ。年々生まれる子供の数が減っています。まあ、少子高齢化という問題ですね。ただね、これはね、まあ先進諸国では結構起きてる問題なんだよね。まあ、日本よりも今はね、台湾とか、まあ韓国とかの方が、子供が生まれる数っていうのが、さらに速いスピードで、えなっています。ちょっと待って、今日本語おかしかったんだけど。まあ、日本よりも早く、その2カ国は、まあ、2カ国っていうか、えーまあ、
日本よりも早く、韓国とか中国とか台湾は少子高齢化が進んでいます。はい。なのでね、世界的な問題ですよね、少子高齢化っていうのは。東京に住んでると、それが結構感じられる場面が多いんですよね。特に、保育園のお散歩の様子を見るとそうですよね。日中に、保育園の子供たちが先生に連れられて、街をお散歩している光景っていうのを日本では見ることができます。で、もちろん、僕が住んでいる東京でもそういった光景を見ることができます。ただね、昔と比べて明らかに子供の数が減ってるね。うん。その散歩してる子供の数が確実に減ってる。うん。確実に減ってると思う。なんか、ひどい時は、先生の数と子供の数同じじゃないって思う時もあるんだよ。うん。だから、子供の数減ってるってことは、かなりわかりやすいですよね。反対に、高齢者は増えてるね。日本の田舎とかに行くと、高齢者ばっかりだね。うん。東京とか大阪みたいな、都市にはね、うん。比較的若者の数が多いんだよ。で、田舎で生まれた人も結構ね、社会人になるタイミングとか、大学生になるタイミングで、東京に上京してくる人が多いから、田舎にいる若者の数って、どうしても減ってしまうんだよね。うん。だから、田舎に旅行するとね、やっぱり高齢者の数が多いなーって思うね。うん。あとは、海外旅行してから日本の空港に着いた時に、空港で働いているスタッフの人が、お年寄りばっかりなんだよね。これみんな気づいたことあるかな？みんな気づいたことある？あの、日本に来たことがある人ならわかると思うんだけど、僕はね、基本的に東京の羽田空港と成田空港を使います。だから、他の空港で同じような現象が起こってるかはわからないんだけど、空港で働いているスタッフがね、確実に高齢者が多い。うん。これはね、絶対にそうだと思う。うん。だから、日本に来るとね、目に見えてわかりますよ。少子高齢化というものが。うん。で、働く世代の人口の割合がどんどん減ってきてね、日本の経済が停滞するんじゃないかっていう不安が、日本の国民にはあるよね。うん。だからね、それをね、日本の政治家もだいぶ危惧してます、今は。で、その解決策として、考えられているのが、外国人の労働者を受け入れることだよね。で、日本ってね、移民に対してすごい消極的な国の一つだと思うんだよ。うん。だけど最近はね、高齢者の数も増えたんだけど、外国人の方の数も確実に増えた。うん。観光で来てる外国人の方だけじゃなくて、日本に住んでる外国人の方も絶対に増えたね。だから多分ね、日本に住むためのビザの、そういう条件も緩くなってるんじゃないかな、昔と比べて。うん。だからね、日本で働きたいと思っている皆さんにとっては、これからはね、いい時代が続くと思います。はい。そうだと思います。はい。なんか、なんでこの話してるんだっけ？だって最初、筋トレの話してたよね。そうだよね。筋トレの話をして
で、その後に何の話したんだっけ？やっぱりさ、今、このポッドキャストが始まって、30分経ったぐらいなんだけど、30分も経つと、何を話したか忘れちゃうね。あれ、もしかして認知症かな？そう、認知症で思い出したんだけどさ、高齢者になると、っていうか、年を取ると認知症になるじゃん。ね。で、日本ってね、やっぱり認知症が結構大きな問題なんだよね。日本って世界で確かね、一番寿命が長い国なんじゃなかったっけ？ちょっと待って。ファクトチェックする必要があるね。確かそうだと思うんだけどな。世界の寿命のランキングを調べましょうか。2023年に WHO が、世界の平均寿命ランキングを出しています。あ、よかった。日本が世界の平均寿命で第1位ですね。で、平均寿命が 84.3 歳らしいです。はい。で、2位がスイスで 83.4 歳。で、3位が大韓民国で 83.3 歳。で、第4位がシンガポールで、第5位がスペインです。いや、アジアとヨーロッパがすごい優秀だね。そう。だからね、日本人って長生きするんですよ。で、長生きすると、認知症になる確率も増えるじゃないですか。だからね、認知症にならないようにしたいよね。認知症になるとさ、自分の子供とか、孫にも迷惑かけることになるじゃん。やっぱり介護って大変だと思うんだけど、介護をしてもらってる時に、自分が、認知症になって、孫の顔を忘れたりとか、または自分がその日ご飯を食べたのかどうかさえ忘れてるようじゃ、いろんな人に迷惑かけちゃいますよね。うん。だから、認知症にはならないように、常に頭を使い続けられるような、そんな人生でいたいなと思いますよね。でね、僕の、祖父母はみんな認知症じゃないね。すごいね。で僕は今20代だから、僕の祖父母もね、ある程度の年は取ってるんだけど、まだ認知症じゃないね。だからすごいね。結構年を取ると認知症になっちゃう人って多いんだけどね。うん。そう。だからね、認知症にならないように、頑張りたいと思います。またね、こうやって話したいトピックが見つかっちゃうとさ、話している途中でも、こうやって脱線しちゃうんだよね。ごめんね。そう。もう最初筋トレの話をしてたのに、こうやって別の話に移り変わっちゃうんだよ、気づいたら。そう。でね、今僕筋トレしてるから、僕の人生の中でも、一番ね、筋肉がついてる状態なんじゃないかと思うね。うん。だから今年はタンクトップを外で着ようと思います。そう、前まではね、僕の体、本当にだらしない体だったから、タンクトップなんて着れなかったんだよ。恥ずかしくてね。だけど、でもずーっとタンクトップ着たいなって思ってたの。うん。タンクトップを着て外を歩きたいなって思ってたの。特に夏。日本の夏って超暑いんだよ。うん。だから、こうやって半袖を着てても暑いわけ。うん。だからこの袖がいらないなと思ってさ、タンクトップ欲しいなと思ってたんだけど、なぜタンクトップを着るにふさわしい体つきじゃなかったからさ、買ってませんでした。ただね、今年は
タンクトップを着ようかなって思ってます。でさ、今ここに何度って書いてある？今何度？ 30 度ぐらい？今さ、実は冷房つけてるんだよ。でも冷房つけてるのに暑い。うん。今ね、僕汗かいてます。うん。暑いな、日本の夏は。冷房もうちょっと低い温度に設定すればよかったかな。でもそんなにね、高い温度に設定してはないんだけどね。うん、おかしいな。まあ、冷房つけたとしても、絶対にタンクトップは必要ですね。いや、決めました。もうそろそろ、僕はタンクトップを買います。うん。まあ、買ったら、このチャンネルのポッドキャストでもタンクトップを着て、ちゃんとポッドキャストを撮ります。だから皆さん、期待しててください。僕のタンクトップ姿。まあ見せるのは恥ずかしいんだけどね。でもね、タンクトップを着てないとやってられないね、暑すぎて、この夏は。うん。しかもさ、このポッドキャストの冒頭に話したみたいに、僕ってこうやって話してると、どんどんテンションが上がってきちゃうんだよね。で、テンションが上がってくると、その声量もどんどん大きくなってくるんだよ。うん。で、声量が大きいってことは、話してる間にたくさんのエネルギーを使うってことです。たくさんのエネルギーを使うってことじゃん。だからね、暑い。話してる、こうやって大きな声で話すのって多分、運動してるのと同じなんじゃないかな。運動をするのと同じ効果があるんじゃないかな。絶対そうだと思う。僕はこのポッドキャストを撮るだけで何カロリー消費してるんだろうね。うん。結構なカロリーを消費してると思う。流行るかなポッドキャストダイエット。ポッドキャストをやるだけでもしかしたら余分な脂肪が取れて痩せるかもしれないね。まあさっき僕がジムに行ってるって話をしたんだけど、でも僕は基本的に家から出るのはあまり好きじゃないんだよね。あの、筋トレは別だよ。筋トレは家の外に出ないとやる気にならないんだけど、まあそれ以外のことは全部家で済ませたいね。うん。もちろん、まあ旅行とかは好きなんだけど、まあ日々の生活はずっと家にいていいかな。うん。まず仕事とかもね、家でやるのが一番集中できる。うん。あの、日本だと、まあ、海外でもそうだと思うんだけど、まあ、カフェに行った方が集中できるっていう人が結構多くいるんだよね。みんなはどう？家とカフェ。じゃあ、三つ選択肢を用意しました。家とオフィスとカフェ。ごめん。四つ選択肢を用意することにする。家とオフィスとカフェと、図書館。どれが一番集中できる？多分、カフェって答える人結構多いと思うんだよな。だってさ、日本で、まあ、例えば有名なスターバックスとかそういうコーヒーショップに行くと、みんなね、何かしら作業してるんだよ。うん。で、そういうカフェって、あの、コンセントの穴、ソケットが用意されてることが多いから、充電しながら作業してるからずっとその場から動かない人が多いんだよね。でもね、僕不思議なんだよ。なんで集中できるのかなって思ってだってさ、自分の周りがまあ結構うるさいわけよ。で、他のお客さんがいるからさ、なんか他のお客さんが、他のお客さん同士で喋ってる話の内容とかも耳に入ってきちゃうじゃん。で、なんで
集中できるのって僕は思うんだよね。だってさ、集中したかったら、何も耳に音入れたくなくない？何も入れたくないよね。うん。だけど、僕の友達なんかは、そういう雑音が逆に集中力を高めるって言ってました。意味わかんない。いや、全く意味わからないんだよね。え、そんな僕の友達と同じような考えを持っている方いますかね？います？いや、全く理解できないな。あとはね、こうやって言う人もいます。他人から見られてるって思った方が集中できるって言う人もいるんですよ。なんで？いや、なんか、他人から見られて集中できないな、別に。うん。僕はね、完全に自分の世界に入り込みたいんですよ。作業するときは。だから、今、人に見られてるかなとか、あの人僕のこと見てるかなとか、そういったことは考えたくないんですよね。もう100% 自分が今行っているタスクに集中したいんですよ。うん。だからね、他の人に見られている状態っていうのは、僕にとっては別に集中力を高める状態ではありませんね。ああ。みんなはさ、カフェに行って、カフェに行った方が集中できる。あとね、家だといいことはね、足とかをすごいだらしない状態にできるんだよね。うん。あの、足をテーブルに上げたりとか、あとはたまにベッドで横になったりとかできるじゃん。でもさ、かえってそれできないじゃん。一回その椅子に座ったら、ずっとその姿勢をキープしなきゃいけないわけじゃん。それがね、僕は耐えられないんだよ。やっぱり、定期的にベッドで寝るっていう行為を挟みたいし、自分の足をね、自由な状態にしてたいね、ずっと。うん。で、日本でね、足に関して、ん人々がやっちゃいけないことがあるんだよ。人々が外でやっちゃいけないことがあるんだけど、何かわかる？それがね、貧乏ゆすりってやつ。みんな貧乏ゆすりって知ってるの？これが足だとすると、こうやって揺らすこと。揺らすっていうか、こうやって、膝を上下にする行為のことを貧乏ゆすりって言います。で、海外の人も結構それよくやると思うんだよな。うん。だけどね、日本だと貧乏ゆすりってあまり良くないこととして捉えられてます。うん。なんかね、貧乏ゆすりをやると、貧乏になるって言われてます。迷信なんだけどね。うん。だけどね、僕、貧乏ゆすり結構好きなんですよ。もう日本人失格だろって感じなんですけど、貧乏ゆすり好きなんですよ。ただ、貧乏ゆすりって、家の外でやるとちょっと恥ずかしいことなんですよ。例えば、目上の人がいる前で貧乏ゆすりをするっていうのは、比較的日本だと失礼なことなんですよね。なんか、その人をせかしてるように捉えられてしまいます。うん。うん。だから貧乏ゆすりっていうのは、あまりやらない方がいいね。うん。だけど僕は、貧乏ゆすりが結構好きなんで、カフェに行って貧乏ゆすりやってると、あいつ貧乏ゆすりやってるじゃん、みたいになっちゃうわけなんですよね。だから僕は、そんな貧乏ゆすりをしている僕の恥ずかしい姿を、えー公然の前でさらけ出さないためにも、家で作業をしております。はい。だからね、家大好きですね、僕は。うん。ずっと家で過ごすことができますね。
っていうぐらい、僕の友達はパソコンなんですよね。そう。僕はやっぱりパソコンの目の前にいる時間が、どの友達といる時間よりも長いですね。うん。そんな僕が大好きな家なんですけど、僕のこの家、実は僕のものではありません。はい。僕はね、この家を借りてます。はい。これは賃貸の物件なので、自分のものではないんですよ。だから、ジムと同じように、毎月毎月、大家さんにお金を支払っています。だから、これは自分のものではないので、いつか引っ越さなきゃいけませんよ。はい。もちろんずっとお金を払い続けて住み続けることもできるんですけど、いつかこの建物も建て替えになるじゃないですか。だからね、その時は引っ越さなきゃいけません。うん。皆さんは持ち家持ってます？それとも僕と同じように賃貸に住んでますか？なんかね、アメリカとかオーストラリアだと物価っていうか、地価が高すぎて、僕みたいな20代とか、学生だとルームシェアをしてるという情報をよく聞きます。うん。で、それと比べるとね、東京の地価はまだそれほど高くないね。うん。現に20代の僕がこうやって一人で家に住めてるし、学生でもルームシェアをしてる人はあまり多くないとね。うん。だから、まだ東京はね、一人で住めるような、安価な物件っていうのがたくさんあります。ただね、世界的にも地価ってどんどん上昇してきてるらしいよね。近くの国だと、韓国とか、あとは香港とかが本当に地価が高いらしいね。うん。だから本当に大変そうなんだけど、その波もいつか日本に来るんだろうなって思ってます。うん。今ね、日本の土地はね、外国人の投資家にすごい人気なんだよね。うん。で、特に中国人の方がたくさん日本の土地を買ってるんですよ。で、みんなは2021年に、東京でオリンピックがあったことを覚えてる？2021年に東京でオリンピックが開催されたんだけど、その時に、選手の方々が宿泊していた、選手村っていうマンションがあるんだよ。で、それがね、オリンピックが終わった後は、人が住めるようになって、物件として売りに出されたんだけど。だけどね、結構な割合の部屋が、外国人投資家に買われたんだよ。だけどね、みんな投資目的で、その部屋を買ってるから、その空室率は低くないんだけど、居住率がとても低いんだよね。うん。で、僕最近用事があって、その選手村がある地域に行ったんだよね。でもやっぱり夜の時間になってもね、明かりついてる部屋が少なかった。うん。だから本当に居住率が低いんだなって思いました。うん。だから、日本の物件、日本の土地っていうのは今、海外の投資家にすごい人気があります。それだけ安価なんだろうね。日本の土地っていうのはまだ。でも、こんな風にずっと海外の投資家に土地を買われ続けていったら、日本の土地の値段も上がっていっちゃうんだろうね。だから日本に住みたいと思ってる、そこのあなた。日本で家を買いたいと思っている、そこのあなた。
あのね、まあ、田舎はまだずっと地価は低いままだと思うんだけど、まあ、東京はこれから地価が上がっていく可能性があるから、まあ、買いたい方は今のうちに買った方がいいかもしれません。でもね、僕は投資アナリストでも何でもないので、僕の情報は鵜呑みにしないでください。僕が地価が上がるって言ったから、その土地を買われても、それで大損をしても僕は一切責任を取ることができません。でもね、まあそんな地価が上がってしまう東京だからこそ、早いうちに土地は買わないといけないよね。まあ、僕もまだ20代だけど、年を取ってしまう前に、まあ、持ち家は持たないといけないなって思ってるよ。で、日本ではね、結構長い間繰り広げられている論争があります。それが持ち家か賃貸かという論争です。はい。まあ、ぶっちゃけどうでもいいんですけど、ぶっちゃけどうでもいい論争ではあるんですけど、賃貸でずっと住み続けてもいいんですけど、ある程度年齢がいってしまうと、誰も部屋を貸してくれなくなるんですよ。まあ、やっぱり、年を取ってから賃貸を借りるってなると、部屋で死んでしまったりとか、まあ、そういうリスクが伴います。まあ、そういう時の、まあ、対処とかっていうのは、まあ、大家さんにとっては、まあ、結構めんどくさいことなんですよ。うん。だから、高齢者の人の賃貸物件への入居というのは結構拒否されるパターンが多いです。だからね、それまでには、まあ、自分の家をゲットして、まあ、そこに住める状態っていうのを確保することが大事なんだと思うんだよね。うん。まあでもわかんない。僕はまだ20代で、まあ家を買おうなんてまだ思ってないので、まあ僕の情報が正しいかっていうのはまあ、ね、いろんな人に聞かなきゃいけないんだけど、でも僕はそう思ってます。でも実際にね、やっぱりある程度の年齢に行くと家を買っている、まあ日本人って本当に多いですよ。うん。でみんなの国ではさ、その持ち家を持つのか、まあ、賃貸を持つのか、どっちが人気なの？やっぱり自分の家を持つべきなの？それとも、まあ、自分の家を持たなくても、まあ、賃貸で死ぬまで生活できればいいって感じなのかな？これって、やっぱり国によって考え方違うのかな？うん。で、まあ、日本に、まあ、これから住みたいなと思っている人に対しての、まあ、アドバイスを今からしようと思います。まあ、日本ではね、1年の間で、まあ、何もかもが4月に始まるんだよ。で、何もかもが3月に終わります。入学式、え入社式、まあ、こういったものは、4月に行われます。で、卒業式、卒園式とかは3月に行われます。だから、まあ、引っ越しシーズンがまあ3月とか4月なんだよね。だから、その時期って、まあ、賃貸とかそういう物件の値段が上がる傾向にあります。だからね、1年って一番そういう物件の値段が低いのって、まあ、6月とか7月なんだよね。だから、そのタイミングをピンポイントで狙って日本の物件を探すのがね、一番いいと思う。うん。だからもし覚えていて日本に引っ越ししてくることがあったら、ぜひ実践してみてください。そうなんだよね。でも、どうなんだろう。外国人の方の入居って、日本だとちょっと難しいって聞いたことがあるな。やっぱり、
日本語が喋れないとさ、大家さんとのコミュニケーションとかも結構難しくなるもんね。うん。僕は、もちろん日本人だから、外国人が日本に来てどの程度引っ越して苦労するかっていうのはあまりわからないんだけど、そういう情報を聞いたことがあります。でね、僕が昔ヨーロッパに住んでた時は、大学時代に住んでたんだよね。で、その時は、大学が用意している、寮に住んだから、日本人の僕もヨーロッパに住む、その時、全く苦労しなかったね。うん。だけどやっぱり社会人になってからだとやっぱり大学の寮とかもないからさ、苦労するんだろうね。そういう物件探しっていうのは。うん。でも、特に、外国人だったら、外国人が多いシェアハウスとかっていうのは東京にたくさんあるから、そういった、物件を探してみるのもいいかもしれないね。うん。実はね、実は昔、僕もそういう、外国人がたくさんいるような、えシェアハウスに住んでました。はい。住んでました。でね、その時の、楽しかった思い出、たくさんあるな。やっぱりね、日本人だけどずっと関わってるよりも、外国人の方と関わってた方がやっぱり世界が広がるよね。なんか視野が広くなるよね。やっぱり日本人だけど接してると、日本人のだけの凝り固まった価値観に自分を閉じ込めることになってしまうから、それはあんまり良くないと思うんだよ。で、そういったこともあって、僕はそういう外国人もいるようなシェアハウスに住んでたんだけど、でも最近はね、めっきりそういった機会もなくなったからさ、外国人とたくさん話さなきゃな。うん。なんかね、ぜひ、僕のこのチャンネルでもライブ配信とかして、僕のチャンネルを見てくださってる人とコミュニケーションが取れたらなって思うんだけどね。でもまだね、僕の、チャンネルの登録者数っていうのはそんなに多くないから、あまりね、生放送とかしても集まってくれないだろうから、うん。だからもうちょっと人気なチャンネルになったら考えます。で、僕がシェアハウスで暮らしていた頃のエピソードもたくさん面白いエピソードあるんですが、今日は時間になってしまいました。はい。今日は時間になってしまったので、本日はこれで僕のポッドキャストを終わりにしたいと思います。皆さん楽しんでいただけましたかね。ぜひ、次回のポッドキャストも聞きに来てね。これで、ポッドキャスト終わりにします。皆さん、聞いてくれてありがとう。バイバーイ。はい。皆さん、こんばんは。ジローです。本日も僕のポッドキャストを聞きに来てくださり、ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。はい。本日もよろしくお願いいたします。皆さん、今日はどんな一日だったでしょうか。僕はですね、今日は疲れましたね。でも、別に疲れてるからといって悩んでたりしてるわけではありません。毎日全力で生活をしているので疲れました。ただね、今日もしっかり寝て明日も頑張りたいと思います。はい。皆さんは今日どんな一日だったでしょうか。それぞれね、学校とか仕事場でいろいろな出来事があったかと思います。はい。でね、このポッドキャストを夜寝てる時間に聞いてる人が多いと思うんだけど、今日一日、今日一日の最後にいい時間を過ごせるように僕も頑張りますので、
よろしくお願いします。はい。最近はですね、東京はとても暑いです。で、東京が暑いっていうことを最近のポッドキャストでずっと言ってるんだけど、うん。ただ暑いわけじゃないんだよね。ただ暑いんじゃなくて、湿度が本当に高い。うん。もう湿度が高すぎる。うん。あのー僕、家に乾燥機ないんですよ。僕の家には乾燥機がありません。だから、いつも洗濯機で服を洗ったら、その服は、ハンガーにかけて干します。でね、服が乾く時間が長くなったんですよね。うん。冬とか春とかと比べて、明らかに服が乾く速度が遅い。これ本当に不便だよ。うん。僕はさ、洗濯機に服を入れて、服を洗ってから、すぐにその服を着たいっていう時もあるんだよね。そんな時に、うわ、まだ服乾いてないっていう状況になるんだよ。うん。あれ結構不便だな。うん。でね、乾燥機付きの洗濯機って結構高いよね。うん。多分ね、結構高いと思うんだよね。だから僕はね、洗濯機に、それだけ高額のお金をかけたいと思わないから、ずっとね、ハンガーにかけて服を干すしかないよね。そう、だから、服早く乾いてほしいなっていつも思ってるね。で、夏はさ、温度が高いから、冬とかより早く服が乾きそうじゃん。なんだけど、日本の夏は湿度が高いから、冬と比べてね、全然服が乾きません。で、逆に、冬は乾燥していることが多いから、冬はね、結構早く服が乾きます。冬はね、本当に乾燥する季節だから、室内ではね、加湿器を使っている人が多いですね。で、僕もね、前回の冬の時は加湿器を買うか迷ったんだけど、買いませんでした。うん、加湿器、私は買いませんでした。で、買わなかった理由なんですけど、二つありますね。うん。一つ目の理由は、思ったより高額だったからです。思ったより高いんですよね、加湿器って。1個あたり、1万円とか2万円とかは平気でしますよね。で、それに、それに付け足して、二つ目の理由なんですけど、加湿器は結構スペースを取ります。うん。結構ね、加湿器って、結構高額なものになると結構大きいんだよね。うん。だからそういった大きいものを僕の部屋に置きたくなかったので、買いませんでした。ただね、冬は本当に、乾燥する季節だから、ボディクリームとかをね、定期的に体に塗っておかないと、本当に肌もね、乾燥してしまいます。うん。だからね、僕は、前回の冬は加湿器を買わない代わりに、ボディクリームとかをね、買って、耐えておりました。はい。皆さんは乾燥する季節はどうやって乗り越えていますか？皆さんのね、知恵をぜひコメント欄で教えてください。はい。いやー、だからね、服がなかなか乾かないんですけどね。でもね、僕って、あまり服に興味がないんですよ。うん。あの僕のポッドキャストを、何回か見たことがある人だったら、気づいたかもしれないんですけど、僕って本当に毎日面白みのない服着てますよね。僕って本当に毎日、真っ白の服とか真っ黒な服を着てるんですけど、それほど僕は服に興味がないんですよ。うん。で、他人の服装にも興味がありません。うん。だからね、僕は
自分の裸の状態が隠せれば、服は何でもいいと思ってます。正直ね。うん。正直僕はそう思ってます。で、僕が昔、ヨーロッパに留学してた時の出来事なんだけど、外国人の友達に、東京の人って、服がおしゃれだよねって言われたんですよ。皆さんって、そういう風に思ったことありますか？東京の人って、服がおしゃれなイメージあるんですかね。僕はその時びっくりしたんですよ。そうなのかなって思ったんですけど、東京の人の服装は何やら、どうやら、おしゃれらしいです。でも確かに、渋谷とか原宿とかに行くと、みんな着てる服が10人十色で、一人一人が本当に個性を持ってるんですよね。うん。で、日本人が、おしゃれになった理由、日本人が一人一人本当に個性を持った服を着ている理由っていうのを、僕は昔聞いたことがあります。はい。これね、何で見たか忘れちゃったんだけど、まあ、なぜ東京の人が様々なおしゃれな服を着ているのかという理由について、僕は見たことがあります。その理由なんですけど、え日本には日本人しかいないかららしいです。日本には日本人しかいないから、みんなの服装がおしゃれらしいです。うん。どういうことかっていうと、例えば、アメリカ合衆国を想像してみてください。アメリカって多民族国家ですよね。うん。白人の人もいれば、黒人の人もいますし、アジア人もいます。はい。で、本当にたくさんの、民族が集まった国がアメリカという国です。で、アメリカ以外にも多民族国家ってありますよね。だから、人によって髪の色や肌の色、そして目の色が違います。ただ、日本に住んでいる人は、ほとんどが黒い髪を持っていて、黒い目を持ってます。はい。つまり、一人一人の違いがあまりないんですよ。うん。一人一人の違いがあまりないからこそ、服装で違いを出そうとしてるらしいです。はい。これは、一仮説なのであんまり鵜呑みにしないでください。ただ、僕はそのような情報をどこかで見ました。はい。でも確かにそうかもしれないですよね。渋谷とか原宿とか東京の代表的な街を歩いてると、本当に一人一人全然別の格好をしてて、本当に東京の人はおしゃれです。うん。確かにそうかもしれないですね。はい。でね、あの、日本人が個性を出しているところって、服装だけじゃないんだよね。うん。日本人はね、結構たくさんの人が髪を染めてます。これも、さっき言ったことが理由だと思うんだよね。うん。みんな、全員が黒い髪を持ってるから、おそらく髪を染めたくなるんじゃないかなって思います。はい。特に、大学生になると、多くの人が髪を染めますね。うん。ちなみに僕は髪は染めたことないです。僕の場合、髪を染めたら、そのケアをうまくできないと思うんで、髪は染めたことがないです。で、なんで大学生になったら多くの人が髪を染め始めるかっていうと、髪を染めても許される、時期がその時期だからですね。はい。まず、中学とか高校だと、髪は染めてはいけないっていう、そういう校則を設けている学校が、あります。うん。もちろんそういう校則がない学校もあるんだけど、そういう校則を持っている学校は多いと思います。で、大学生が終わった後、就職したら、あまり髪は染めれなくなるんだよね。会社によっては髪を染めることを、禁止している会社もあるし、社会的に見て髪は染めてない方がいいよねっていう風潮があります。だから、
高校生が終わって社会人になる前の大学生という時期に髪を染める人が多いなと思います。はい。で、東京の街を歩いてるとね、本当にいろんな色の髪を見ることができますね。ピンク色とか赤色とか、緑色とか青色とか、本当にたくさんの髪の毛を見ることができます。はい。でもただ日本人は、ほとんどの人が生まれた時は黒い髪を持っているので、日本人で、黒色以外の髪色の人は、多分染めてるんだと、はい、思います。そう、だからね、日本人は、髪の色とか服装で個性がたくさん出るんだけど、皆さんは、どういう場所で、服をよく買いますか？僕はね、本当に、服に興味がないので、えいつもファストファッションブランドで服を購入してます。皆さん、ファストファッションブランドってわかります？日本の有名なファストファッションブランドはユニクロです。はい。皆さん、ユニクロって知ってますか？ユニクロって、世界中で店舗を構えているファストファッションブランドなんだけど、実はね、ユニクロって日本の会社によって運営されてるんですよ。で、ファストファッションブランドは、比較的値段が安いから、僕はね、ファストファッションブランドで服を購入することが、多いです。ただね、ユニクロって僕にとっては、ものすごい安い商品を売っているというわけではないんだよね。えーそんなに高額ではないんだけど、質が高い商品をユニクロは売っているっていう僕の中での、イメージがありますね。で、皆さんはユニクロに対して、どのようなイメージを持ってますか？ユニクロの服は結構高額ですか？それとも安いですか？実はですね、日本国内には、ユニクロと同じ運営会社のブランドで、ユニクロよりもっと安い服を売っているブランドがあります。はい。皆さん何かご存知ですか？はい。実は、そのブランドとは GU というブランドです。皆さん GU っていうブランド知ってますかね？GU はね、ユニクロと同じ運営会社によって運営されてるんだけど、ユニクロより安い製品、安い服が売られています。だからね、僕はその GU でもよく買い物をします。うん。やっぱり服についてあまり興味がないと、値段なんてどうでもいいんですよね、正直。値段なんて本当に正直どうでもいいんだよね。うん。だから、僕は GU に行って、服を買うことが多いね。うん。なんか、さっきまでずっと敬語で話してたね。うん。ちょっとこっからね、敬語じゃなくて、タメ口で話そうかなと思います。そうだね。だから、日本の有名なファストファッションブランドといえば、ユニクロと GU だね。でも、僕はね、H&M でも買い物することあるね。H&M って確かスウェーデンの会社だよね。で、その H&M でも安い服を売ってるから、僕はそこで買い物をよくするね。うん。で、あと僕が知ってるファストファッションブランドはザラだね。ザラもヨーロッパの会社によって運営されてるよね。ザラはスペインの会社によって運営されてた気がする。ごめん。間違ってたらごめん。ザラってさ、スペインの会社だよね。うん、多分合ってると思うけど、間違ってたら、コメント欄で教えてください。間違ってたら、スペインの皆さん、本当にごめんなさい。そう。スペインに僕は行ったことないんだけど、いつか行ってみたいなって思ってる。うん。でもね、僕は僕の中でザラのイメージって、ちょっと価格が高いっていうイメージなんだよね。うん。
ザラはね、ユニクロとか H&M と比べて、高額な商品を扱っているっていうイメージがあるな。うん。ただ、そうだね。世間一般的に見ればそんなに高くない商品なんだけど、僕の中では、高額ってイメージがあるから、ザラの店に入ることはあるけど、そこで商品を購入するっていうことはあまりない。うん。そう、あまりありません。そう、だからみんなはさ、何のファッションブランドでよく買い物する？僕はね、さっき言ったみたいに、H&M とか、ユニクロとかでいつも、買い物してるな。うん。で、海外と、日本で、やっぱり、人々が着てる服装って違うじゃん。うん。人が、国によって、流行りの服とか、人々が着てる服って違うと思うんだけど、えー、まあ、これは服じゃないんだけど、日本と、特に欧米の国とで、身なりで全然違うことがあって、それはね、サングラス。うん。あの、日本でサングラスをかけてる人って、あまりいないんだよね。うん。あれってなんでなのかっていうと、実は、日本人の目って、白人、欧米の白人の人と比べると、日光に強いらしいんだよ。そうらしい。だから、白人の人は、よくサングラスをかけるんだけど、日本の人は、あまりサングラスをかけないんだよね。で、本当にね、日本で、サングラスをかけてる人、あまり見かけないね、日中。うん。で、多分ね、あの、目が日光に対して、強いっていうこともあるんだけど、あとね、サングラスをかけてると、ちょっと周りの人から、怖がられてしまうっていうことがあるんだよね。特に、年配の人とかだと、サングラスの人を見ると、怖いなって思う人がいるね。ただ、僕は、そんなことは気にしないから、僕は、あの、サングラスいつもかけてるね。うん。日本人の目と少し違うのか、眩しいの嫌いなんだよね。あの、太陽が出てるとさ、眩しいじゃん。うん。あれ、あまり好きじゃない。だから、結構、昼間は僕はサングラスをかけてるね。で、僕はサングラスもよくかけるんだけど、でもね、別に目が悪いかっていうと、目が悪いわけじゃないんだよ。実は、僕、結構いい目を持ってるんだよね。そう。僕の目結構いいんだよ。僕の目、結構視力がいい。ああの、僕の目の視力、右が1.5で、左が1.0です。良くないですか？ちょっと待って。え、皆さんの国で視力を測るときって、あの、1.5とか1.0とかっていう数字使いますか？あれこれってもしかして、日本特有の数字の値なのかな？どうなんだろう？1.5、僕が私の視力が1.5ですって言って、視力いいですねって思う？この数字って世界共通なのかな？どうなんだろう？とにかく、日本で視力1.5って言ったら、もう本当に一番いい部類に入ります。うん。で、僕はね、左が1.0だから、左はね、普通に視力がいいねっていう感じ。うん。で、この値は数字が高くなれば高くなるほど視力がいいっていうことです。はい。だから、えっと、目が悪い人は、視力が本当に0.05とか0.01っていう人もいるんだよね。だけど僕はね、ずっと視力がいい。で、僕今20代なんだけど、
20代になると、周りの友達は結構な割合の人が、あの、コンタクトレンズとかメガネをつけてるね。うん。だからね、結構驚かれるんだよ。コンタクトレンズも、メガネも使ってないのって結構驚かれることが多いんだけど、僕は人生で一回もコンタクトレンズやメガネを使ったことがないのね。うん。だから、これまでの人生ずっとそういった道具を使わないできたから、このまま死ぬまで、コンタクトレンズとかメガネは使いたくないなって思ってるね。うん。ただね、50歳とか60歳になったら、多分老害になるから、多分老眼になるから、いつかはね、メガネをかけなきゃいけなくなる時が来るんだろうな。うん。ちなみに、僕の、お母さんも、メガネやコンタクトを使ったことないから、多分、遺伝で僕の視力がいいんじゃないかなって思ってる。で、僕は右目の視力が1.5で、左目の視力が1.0なんだけど、結構ね、右と左で差があるんだよね。で、これね、僕の中で仮説があります。なんで左目の方が、右目のよりも視力が悪いのかについて僕は仮説を持ってるんだよ。ああそれはね、僕が学生だった頃、勉強するときに、左目がより机に近かったからなんだね。ノートを取ってるときに、あの、ノートを取って、鉛筆で物を書いてるときに、左目の方が机に近かったんだよ。だからね、左目の方が視力悪くなったんじゃないかなって今思ってる。うん。ただね、日本の中では僕は本当に視力がいい方なんだけど、世界には、上には上がいるよね。うん。なんかモンゴルに住んでる遊牧民族の方とかの視力がすごいいいって聞いたことがあるんだけど、あれ本当なの？あれ本当？モンゴルの方いますか？モンゴルの遊牧民族でこのポッドキャストを見ていらっしゃる方いますかね？モンゴルの遊牧民族の方は、本当に視力がいいって聞いたんだけど、あれ本当なのかな？で、やっぱり、そういうのはね、遺伝によって、変わってくるとは思うんだけど、僕はね、日本の中では視力はいい方なんだけど、世界には、もっと視力がいい人がいると思うから、うーん、自分のレベルはまだまだだなって思うね。はい、そう思います。はい。そう。で、ファッションに関してはね、本当に、10人十色なんだけど、やっぱりその国で、受け入れられる服装と、受け入れられない服装ってあるよね。あの僕は結構いろんな友達がいて、あの、僕の友達の中には、海外に留学したことがありますっていう友達が結構多いんだよ。うん。で、欧米の地域に留学してた女性の友達とかは日本に帰ってきて、ちょっと生きづらいっていうことがあるんだよ。で、特に服装のことをよく話してます。うん。あの日本だとね、あの、海外、特に欧米の国と比べて、露出が多い服を着にくいんだよ。特に女性。露出が多い服を着てると、だらしないって思われることがあるんだよね。うん。だから、僕の友達は、留学から日本に帰ってきた時に、留学先で着ていたような服を日本で、着ようとしたら、その人のお母さんに、なんでそんな服装してるのって言われたって言ってました。ああで、そういう考えを持つ人って、
僕今20代なんだけど、僕の年代よりももうちょっと上の年代だね。ちなみに僕は別に服装露出が多くても特になんとも思わないね。でもただ、年配の人とか、結構年を取っている人から見ると、露出が多い服装はだらしないって見られることがありますね。でも、服装って本当にやっぱり、地域とか国とかによって全然違うから面白いよね。例えばさ、イスラム教徒の女性の方はさ、顔にスカーフを巻いて、できるだけ肌が露出しないようにするじゃん。あれも、地域とか、宗教による、服装の違いだよね。イスラム教徒の方、僕のポッドキャスト、どれくらいの方が見てますかね。うん。はい。だから、本当に宗教とか、国とか、地域によって、着られている服装とか、風習とかは違うから、本当に面白いよね。はい。こんな感じで服装について、いろいろ話したんだけど、僕自身はね、本当に、服に興味がないから本当は、あの、服について詳しくないです。だから本当にね、知ってるアパレルブランドも全然ないんだよね。で、毎日、朝出かけるときに、服を選ぶのが本当にめんどくさいから、だから僕は真っ黒とか真っ白とか、あの、服を選ぶときに考えなくていいような服をいつも買ってるね。で、みんなはさ、家に服何着持ってるの？うん。僕は何着だろうな。数えたことないけど、そこまで多くないんじゃないかなと思うね。うん。でもね、やっぱり僕、服に興味がないからさ、本当に壊れるまで服を着ちゃうんだよね。例えば、僕はね、靴下は穴が開くまで履きます。だからうん。本当に結構長い期間、あの、服を着ることが多いです。その一着の服を長い期間着ることが多いです。だからね、穴が開いたりとか、ボロボロになったりとか、しないように、そうなる前に服は買わなきゃなーって思ってる。うん。だからね、服もこれからももっとたくさん買わなきゃなーって思ってるんだけど、でもね、やっぱりファストファッションブランドで、買えばね、そこまで、お金もかからないし、今度久しぶりに、買い物にでも行こうかなって思ってます。うん。で、今の時代は本当にお金をかけずにいろんなことを楽しめるようになったよね。日本の場合は、円安だし、物価も、年々上がってはいるんだけど、やっぱり安い料金で、楽しめることが本当に増えたと思う。代表的なのが、ネットフリックスとかだよね。あの、日本だとさ、映画を見るためには、1000円とか2000円とかかかるんだよね。一本の映画を見るのに1000円とか2000円とかかかります。うん。だけどさ、ネットフリックスって確か月1500円とか2000円払えば、ネットフリックス内の映画が見放題なんだよね。いや、本当に便利な世の中だよね。うん。ちなみにですね、僕はネットフリックスに入ってません。はい。こんなにネットフリックス便利だよねとか言ってたんですけど、ネットフリックスに僕は入ってません。僕あんまり映画見るの得意じゃないんですよ。映画、見れないね。映画みたいな、長い動画を見ることがあまり僕は得意じゃないんですよ。
もちろん、YouTube で長い動画を見ながら別の作業をするとかはできるんですけど、それだけをずっと見続けるっていうのがあまり得意じゃないんですよね。やっぱり、最近は TikTok とか YouTube ショーツとか、本当に短い動画を見てしまってるので、それが影響したのかなって思いますね。だから僕は、Netflix にお金は払ってないね。うん。でもね、僕は結構珍しい方だと思うんだよね。僕の周りの人は結構Netflixで映画見てる人が多いからね。だからね、結構僕はね、周りの人の話についていけないことが多い。やっぱりさ、その時期に流行ってるネットフリックスの映画ってあるじゃん。うん。そういう流行の映画にとかドラマについて全く知らないから、みんなの友達の会話に入っていけないことが結構ある。うん。だからね、その度に、ネットフリックス入ろうかなって思うんだけど、いや別にネットフリックスに加入しても、どうせ映画見ないからいいかって思っちゃうんだよね。うん。僕は、あとは、何のサブスクリプションを購読してたっけ？あまりね、僕は、サブスクはやらないんですよ。うん。前のポッドキャストで話したけど、筋トレに、筋トレをするためのジムには毎月お金を払ってるね。あ、そういえばね、僕は、あのサービスの会員です。僕はカーシェアサービスの会員ですね。カーシェアって本当に便利じゃない？みんなの国にもカーシェアのサービスはあるよね。最近、日本ではね、カーシェアを利用する人が本当に増えてきた。あの東京に僕は住んでるんですけど、東京において、車を所有する意味ってあんまりないんですよ。東京都内とか、関東地方内の移動は、えー電車を使うことができるので、電車移動で十分なんですね。だから車はいらないんですよ。でもただ、どっかの地方に、旅行しに行きたいなってなるときあるじゃないですか。そういうときにカーシェアサービスは便利です。でさ、車を買おうと思ったらさ、すごいお金がかかるじゃん。で、車を買った後も、いろいろお金がかかるんだよ。日本の場合は、駐車場がないと車を買っちゃいけないから、その駐車場代がかかります。で、もちろん自分が所有してる土地に駐車場を、作っている人もいるんだけど、東京だとね、あの、駐車場をレンタルするのに毎月すごい高いお金がかかるから、やっぱりね、車を所有するって結構コストがかかることなんですよね。だからね、あと、車を持ってると、定期的に、点検しなきゃいけないんだよ。で、その点検にもお金かかる。だからね、車を所有するとか、車を買うとかっていうことが、結構お金がかかる。だけど、カーシェアサービスを使えば、自分が乗った時間とか、自分が乗った、距離に応じてだけお金を払えばいいから、そんなにお金かからないんだよね。あれ、ほんと便利だよね。うん。でね、もう最近は本当にそのカーシェアサービスの駐車場とか、そのポートが増えてきたから、本当に僕の家の近くにも、すぐに、えー使えるカーシェアの駐車場がある。だからそこに、車が止まってて、いつでもその車に乗ることができるんだよ。いや、本当に便利な世の中になったよ。うん。ただ、土曜日とか日曜日とか、休日はね、あの、
やっぱり予約で埋まっていることがあるから、それがカーシェアサービスの、欠点かもね。でもそれが唯一の欠点かもしれないな。もちろんね、車を所有してたら、別の人に乗られることなく自分が好きなタイミングで車を運転できるんだけどね。でもね、もう本当に最近は、すごいスピードで、カーシェア、シェアカーが置いてある駐車場とかポートが増えてきたから、そういった問題も、いつか解消されるんじゃないかなって思うな。はい。だから、シェアカーは本当に便利ですよ。僕は、旅行に行くときによく使ってます。旅行っていうか、そんなに、大きな旅行じゃなくても、友達と、どっかに遊びに行くときに、車を借りたりするね。でね、僕は本当に子供の頃、小学生の頃とかは、車大好きだったんだよ。うん。特に国産車について詳しかったね。うん。だから僕は昔から、自分の車が買いたいなって思ってたんだけど、大人になってみると、車って必要ないなって思うようになった。もちろんね、車を所有する、所有してみたいなとは思うんだけど、やっぱり、その、車の維持が大変だから、別にいらないかなって今思ってるね。でもただ、僕がそういう風に思うのは、東京に住んでるからかもしれないね。さっき言ったみたいに、東京では、電車がたくさん走ってるから、車を持つ必要がないんだよね。ただ、日本でも、田舎に行くと、車は必要不可欠だったりするね。東京だと電車が結構高頻度で運行されてるんだけど、うーん、田舎だとね、バスが1時間に1本しかなかったりとか、電車が1時間に1本しかなかったりするから、そういった地域だと、車は必要だね。で、特にやっぱり、面積が広い、北海道とかに住んでたら車は不可欠なんだろうね。うん。僕はね、人生で1回しか北海道に行ったことないから、北海道に住んでいる皆さんが、どんな暮らしをしているかわからないんだけど、ああやって結構広い、広大な面積があると、車は必要不可欠なんじゃないかなって思うね。だってさ、アメリカも車社会らしいよね。やっぱり、アメリカはさ、北海道と比べてももっと広い面積を持ってるけど、やっぱり、隅々まで電車が運行されてるわけじゃないから、車が必要なんだろうね。で、僕、最近知ったことがあるんですけど、最近知って驚いたことがあるんですけど、日本の本州って、世界で、あの、7番目に大きい島らしいですね。そうらしいんですよ。で、北海道もね、北海道は、日本の中で2番目に大きい島なんですよ。はい。ちょっと今調べてみますね。はい。今、世界の、島のランキングを僕は今見てます。で、島と大陸は別のものです。で、有名な大陸は、アメリカ大陸とか、ユーラシア大陸とか、南極大陸とか、オーストラリア大陸ですね。で、世界で一番大きい島は何だと思いますか？はい、皆さん、世界で一番大きい島は何でしょうか？答えは、グリーンランド島です。そうだね。グリーンランド大きいよね。で、2番目がインドネシアのニューギニア島らしいです。でさ、日本の本州が7番目なんだよ。
これ結構意外な情報だった。結構日本って、日本の本州って世界の中でも小さい方の島だと思ってたから、結構びっくりした。で、北海道は、21番目に大きい島らしい。で21番目に大きい島ってことは結構大きい島ってことだよね。だから、北海道では、車は必要不可欠なんじゃないかなって思うけどね。そう。だからね、東京に住んでいるうちは、車は買わなくていいかな。で、僕はさ、将来的には東京以外の場所にも住んでみたいなって思ってるんだよね。別に日本に限らず世界のどこかにまた別の場所に住んでみたいなって思ってるんだけど、みんなの国では、車って必要不可欠。車がないと生活できないところもあるんだろうな。例えばさ、あの、東南アジアの、ベトナムとか、インドネシアとかだとさ、車以外にも、スクーターの数が本当に多いよね。あれ、面白いなって思った。うん、日本に比べて、スクーターの数が全然違う。めちゃくちゃ多い。で、僕は、インドネシアに行ったことがあるんだけど、スクーターの数が多かったな。うん。だから、国によって、必要とされる、えー乗り物が違うんだろうね。前僕のポッドキャストでも話したけど、日本は狭い道が多いから、軽自動車っていう4人乗りの小さい車が買われることが多いんだけど、東南アジアでスクーターが多い理由って何なんだろうね。うん。東南アジアに住んでいる方、理由を知ってたら教えてください。道は狭いのかな。でも僕、インドネシアとか、タイに行ったことあるんですけど、別に道が狭いなって感じたことはなかったんだよね。うん。でも、僕が感じたのは、交通量が多いなって思った。もちろん、その国内で、どの地方に行くかによると思うんだけど、インドネシアのジャカルタとか、タイのバンコクとか、そういう大きな都市では、本当に交通量が多かったね。だから、車だとさばききれないのかな。車よりも、みんながスクーターに乗った方が、交通において効率がいいのかな。どうなんだろう。ぜひ、理由を知ってる人がいたら教えてほしい。すごい興味ある。そう。あのスクーターって何歳になったら乗れるようになるんだろうね。僕が聞いたことある話なんだけど、ベトナムだと、学校にスクーターで通ってる人がいるって聞いたことがあるんだよね。でも、何歳のことを言ってるんだろうな。日本だと、運転免許を取得できるのは18歳になってからです。僕はね、18歳の時に運転免許を取りました。はい。でも、運転免許を取得できる年齢って国によって違うんだよね。で、僕は17歳の時にニュージーランドに行ったことがあるんですけど、その時に、自分よりも年下の人が、車を運転していて驚いたのを覚えてますね。だから確か、ニュージーランドで運転免許を取得できるのは16歳とか17歳なんじゃないかな。ちょっと調べるね。やっぱりそうだね。
ニュージーランドだと16歳から運転免許を取得できるんだよね。でね、日本だと、いろいろな年齢があるんだけど、そういった運転免許とか、大人になったらできることっていうのは、だいたい18歳とか20歳に設定されてることが多い。例えば、タバコを吸えるようになるのは20歳からで、お酒を飲めるようになるのも20歳からです。日本だと。でもね、運転免許に関しては、日本だと、結構ね、運転免許を取得するのにお金かかるんだよ。結構高額なんだよね。でも、他の国だと何円ぐらいなんだろう。僕の感覚として、日本の運転免許を取得するのにかかる費用は結構高いんだよね。ああえーっと、まず日本の運転免許を取得しようと思ったら、一般的には自動車学校に通うことが多い。で、そこから、その後に運転免許を取得するための試験を受けます。でもね、総額でね、30万円ぐらいかかるんだよ。30万円って結構高くない？だってさ、アメリカのドルに直すと2000ドルだよ。2000ドルって結構高いよね。うん。だからね、日本で運転免許を取得しようと思ったら結構お金がかかる。でね、短期集中で頑張れば、20日で運転免許を取得することができるね。うん。ただ、自動車学校への通い方は、大きく2通りある。まず、一つ目の方法は合宿形式の自動車学校に行くことだね。うん。僕の友達でもこういうパターンの人結構多いんだけど、岩手県とか、秋田県とか、そういった比較的田舎の地方に行って、寝泊まりしながら自動車学校の、授業を受けたり、運転の練習をしたりしてる人が多いです。で、このパターンだと、短期集中で、運転免許を取得できるから、結構便利なんだよね。だから、短期集中で頑張れば20日くらいで運転免許を取得することができる。ただ、大学生とかだとそういうまとまった休みを取れるかもしれないんだけど、働いてる人とかは、そういったまとまった休みを取ることって難しいじゃん。だから、そういう人は、仕事とかの合間に、通え、自動車学校に通います。で、僕も自動車学校に、通って運転免許を取得しました。うん。で、日本で取得できる普通車の自動車免許って、2つあって、1つはマニュアル車もオートマ車も運転できる自動車免許。で、もう一つがオートマ車しか運転できない、えー自動車免許なんだよ。で、えっと、オートマ車しか運転できない、自動車免許を取得する方が値段が安い。だけど、僕はいつか、海外に行った時とかにマニュアル車を運転するかなと思って、どっちも運転できる自動車運転免許を取得しました。だから、一般の人よりもちょっとお金を多く払って、そっちの運転免許を取得したんだよね。ただ、自動車学校を卒業してから、一回もマニュアル車を運転したことがないね。そう。だから、今のところ、高いお金を出した理由がないね。うん。でも、海外だとマニュアル車も多く運転されてるんだよね。特にヨーロッパ。
日本だとね、ほとんどの車がオートマ車だね。で、運転免許を取得する人も多くの人がオートマ車だけ運転できる自動車免許を取得してると思う。そう。だけどね、僕はマニュアル車も運転できる運転免許を持ってるから、ぜひ海外でも運転してみたいなって思うな。で、だから僕は、海外で運転してみたいなって思うことはあるんだけど、国際免許を取得したことがないね。で、僕は留学、ヨーロッパに留学したことがあるんだけど、その時は日本の運転免許持ってたんだよ。日本の運転免許を持ってたんだけど、国際免許は取得しませんでした。だから海外で運転したことはない。で、日本だと国際免許を取得するのって、比較的簡単らしいんだよ。だから、僕の友達は、日本で国際免許を取得して、海外で車を運転してた。だけどね、海外で運転するのって緊張するよね。もちろん、交通ルールも日本と違うと思うし、やっぱり車線の違いが一番大きいと思う。日本だとさ、左車線を車が走るんだよ。だけどさ、海外だと右車線を車が走るっていう国多いじゃん。もちろん、イギリスとかニュージーランドとかは左車線を走ると思うんだけど、右車線を車が走る国も多いよね。だからさ、普段運転するときに左車線を運転してるのに、いきなり海外に行って、右車線を運転する自信があるのかと言われると、どうなんだろうって思うよね。うん。だから、海外で右車線を運転するときは本当に困るんだろう。緊張するんだろうな。日本で左車線を走ってるから、海外に行ったときに、逆走しないように気をつけないといけないよね。ただね、逆走って日本で、よくあることなんですよ。あの、そんなに頻繁に起こることじゃないんだけど、日本では最近高齢者の逆走っていうのが、問題になってるんだよね。で、高齢者の人口が今日本で増えてます。理由は前のポッドキャストでも話したんだけど、少子高齢化だよね。高齢者の方の人口が、年々日本では増えてます。で、運転免許に年齢の上限がないんだよね、日本では。だから、80歳とか90歳になっても、自動車を運転している人が日本にはいます。で、結構多くの高齢者が、自動車を日本で運転してます。で、だからね、そういった高齢者の方って、やっぱり運転の技術が落ちてきてるんですよ。やっぱり頭がボケちゃってきてる人もいるから、逆走する人がいるんだよね。で、僕もよく SNS で、高齢者による、逆走の映像っていうのをよく目にします。で、想像してみると、本当に怖いよね。ね、目の前からさ、逆走してくる車がいるとしたら、もう本当に怖い。高速道路とか、車が速いスピードで走る道路だったらなおさら怖いよね。でもただね、田舎とかだとやっぱり交通の便が悪いから、高齢になっても、車を手放せないっていう人が結構いるんだよね。うん。で、そういう、高齢者、の人たちが
いるのは本当に危険だから、日本では免許を返納するっていうことが結構お勧めされてるんだよね。高齢者になったら、自分が運転できないように、免許を返納するっていう人が、結構います。結構いるんだけど、全員が高齢者になったら運転免許を返納するわけじゃないから、未だに高齢者による、自動車事故っていうのは絶えません。うん。でね、最近もね、高齢者の方が運転する車に、自転車ごとひかれた、親子の、ニュースっていうのが日本では話題になりました。でね、本当に心を痛めるような事故なんですよ。で、やっぱり、そういう風な体もうまく動かせない、自分の頭でうまく判断もできないような高齢者の方が、運転するとそういう、悲惨な、あの、事故も増えてしまうので、やっぱり高齢者になったら免許を返納するべきだなとは僕は思います。うん。でもただね、さっき話したみたいに、田舎とかだと、どうしても自動車がないと近くのスーパーにすら行けないとか、買い物すらできないっていう地方もあるから、結構ね、難しい問題ではあるよね。だから、自動運転とか、そういった、テクノロジーが進化してくるといいんだけどね。うん。でね、日本では、そういった高齢者の、うん、自動車事故が問題になっている割には、タクシーに対する規制が本当に強いんだよ。うん。日本ではね、あの、タクシードライバーじゃない人が、えータクシーのように、車を運転して人を運んでお金をもらうっていうことが基本的に許されてないんだよ。うん。だから、ウーバーとかグラブみたいな、サービスは普及してません。うん。でね、これも、あまり、理由はわからない。いろんな理由があるんだけど、タクシードライバーの人以外の人が、運転したら危険だからとか、そういういろんな理由があって、タクシードライバー以外の、タクシーの運営っていうのは禁止されてるんだよね。うん。だけどね、やっぱり、海外旅行とかに行くと、ウーバーとかグラブとかが本当に便利だなって僕は思うから、日本でもそのようなサービスがあったらいいなって思うけどね。一応、ウーバーのアプリは、日本にあるんだけど、ほとんどの車っていうか、すべての車が、タクシードライバーによって運転されてる車なんだよね。でもやっぱりさ、日本はこれから、人口が減ってきて、鉄道の本数も減ってくるから、あの、やっぱりそういった人手不足を補うためにも、そういう Uber とか Grab とかのサービスは導入した方がいいと思うんだけどな。その方がさ、えっと、田舎の、えーそういった、自動車がないと困るような地方でも、えーそういった問題が解決されると思うんだよね。うん。そしたらさ、高齢者の方も無理やり運転する必要がなくなって、悲惨な事故も減ると思うから、いいと思うんだよね。うん。はい。いつもの僕のポッドキャストとは違って、結構真面目な話題を話しました。うん。はい。皆さんも、日本に来た時には、いろいろな交通手段を、使うと思います。新幹線とか、飛行機とか、タクシーとかバスとか、いろいろあると思います。その場所に合った、良い交通手段を選択して旅行を楽しんでいただければなぁと思います。はい。で、いろいろ話してるうちに、今日も時間になってしまいました。結構ね、僕も話してて楽しんでるから、時間が経つのが本当にあっという間なんだよね。うん。はい。じゃあ、本日も僕のポッドキャストを聞いてくださってありがとうございます。ぜひ、
次回のポッドキャストも聞きに来てください。それでは本日はこれで終わりにします。バイバーイ。はい。皆さん、こんにちは。ジローです。本日も僕のポッドキャストを聞きに来てくださり、ありがとうございます。皆さん、お元気に過ごしておりますでしょうか？はい。僕はとても元気です。はい。僕はいつでも元気です。いつもポッドキャストで言ってることなんですけど、東京の夏が暑すぎる。東京の夏、やばいかもしれない。なんかさ、7月上旬なのに、この暑さは相当やばいかもしれないと思ってる。だって、最近は、気温が30度を超える日しかないんだよ。で、まだ7月の上旬だよ。8月とか9月とかになったら、どうなっちゃうんだろうね。いや、もう本当に日本の夏は暑いよ。でも、東京だけなのかな？もしかしたら、北海道とか、東北の地方とか、そっちの方のエリアだったら、こんなに暑くないのかもね。いや、どうなんだろう。僕は、東京以外の天気予報は見ないんですよ。はい。で、最近の、20代よりも、若い人だったら、テレビを普段見ることはないんじゃないかなって思いますね。基本的には、携帯で自分の住んでるエリアの天気予報しか見ないですね。なんか全国の天気っていうのを見なくなりましたね。はい。皆さんお元気でしょうか？最近は僕気づいたことがあるんです。毎回僕は東京が暑いっていう話をこのポッドキャストでしてると思うんですけど、暑い以外にも、今年の夏で今年の夏について気づいてしまったことがあるんですよ。何かわかりますか？わからないですよね。あのね、今年の夏、例年と比べて蚊が多い気がする。いやね、絶対に蚊が多い。僕今ね、6箇所とか7箇所刺されてると思うんだよね、蚊に。もう超かゆいんだよ、刺されたところが。で、去年ね、こんなに刺されてないと思うんだよね。だからね、蚊の存在っていうのは相当めんどくさいよね。前も僕が街を歩いてた時に、なんか右肘に少し違和感を覚えたんですよ。なんだろうなと思って右肘を触ってみたら血がついてたんですよ。で、この血、ただの血じゃなくて、蚊が吸った血なんですよ。で、右肘を触った左手を見てみると、その血と蚊の残骸がついてたんですよ。もう本当に不快な気分になりました。うん。しかもね、その時蚊は殺せたんだけど、ちゃんとその右肘は蚊に刺されていたので、もう痒くて仕方ないかったですね。で、しかもね、僕は本当に怠惰な人間なんで、虫に刺された時につける薬あるじゃないですか。あれを買わないんですよ、僕は。いや、本当は、そういう薬を買った方がいいと思うんですよ。ただね、めんどくさくて買ってません。うん。めんどくさくて買ってないんだよね。だから、その腫れた部分もなかなか治らないし、かゆい状態っていうのがずっと続いちゃうんだよね。だからね、そういった薬を買った方がいいとは思うんだけど、めんどくさくて買えてないですね。はい。薬局に行った時って、僕結構イラついちゃうんですよ。人生で生きてて、一番イラつく瞬間が、
薬局の中にいる時かもしれないです。なんでかっていうと、薬局っていろんなものが売ってるじゃないですか。だから、自分が買いたいものを見つけるのがとっても難しいんですよね。これ理解してくれる人いますかね？薬局って本当にいろんなもの売ってるじゃないですか。シャンプーとか、石鹸とか洗剤とか、本当にいろんなものが薬局では売ってます。ただね、売ってるものの種類が多すぎて、もうどこに何があるのかがわからないんだよね。でさ、僕は本当に恥ずかしがり屋だから、店員の方に声をかけるのもちょっと躊躇しちゃうんだよ。そう。だから一人でシャンプーどこかなと思って薬局の店内を動き回るんだけど、お目当ての品を見つけるまでに結構時間がかかっちゃうんだよね。そう。だからね、そういうこともあって、薬局に行って、虫刺されの薬を買うのを本当にためらってしまいますよね。はい。でも皆さんはね、ちゃんとそういった薬買ってください。買った方が、その薬を使った方が、蚊に刺された部分っていうのは早く治ると思います。でさ、最近本当に蚊に対して恐怖心を持ってるんだよ。だってさ、6箇所も7箇所も蚊に刺されたんだよ。もう本当にショックな気持ちなんだけど、もう、だからね、蚊に対して、すごい大きな恐怖心を持ってるんだよね。自分が動きを止めてしまったら、蚊が自分の体に止まってしまうかもしれないって思うと、動くのをやめられないんだよ。うん。だからさ、例えば、信号待ちで止まらなきゃいけない時あるじゃん。そんな時に、できるだけね、体を動かそうとしてます。常にね、自分の体が止まっている状態っていうのを作らないようにしてます。うん。だからさ、僕、住んでいるのマンションなんですよ。で、マンションに住んでるんで、エレベーターを毎日使うんですよ。で、エレベーターの中にいるときって、基本的に自分の体を動かすことないじゃん。ないと思うんだけど、あの、まあ、エレベーター、エレベーターの中に、自分以外の人がいなかったら、僕は最近動いてます。うん。誰にも見られてないので、エレベーターの中では僕は動いてます。はい。一人でダンスをしてます。想像してみてください。僕がエレベーターの中で、一人でダンスをしているところを。うん。あの、やっぱりね、体を止めてしまうと、その隙に蚊が自分の体に止まってしまうので、動き続けることが大切なんだよね。でさすがに誰か人がね、自分以外の人が乗ってる、エレベーターに乗ってるときは、そんな怪しい動きっていうのはしないんだけど、自分一人のときは、ダンスをしてますね、エレベーターの中で。やっぱりね、人目がないところっていいですよね。僕も本当にプライベート空間大好きなんですよ。うん。皆さんもプライベート空間大好きですか？やっぱりね、一人でいる時間っていうのは、本当に幸せだよね。で、いろんな場面で僕は一人になりたいなって思うんだけど、例えば筋トレをしにジムに行くときだよね。あの、たまにね、一緒にジム行って筋トレしようよって誘ってくれる人いるんだけど、他人のペースに合わせて筋トレするのってちょっと僕苦手なんだよね。
だからね、僕はずっと作業とか筋トレとか何かしら物事をするときは一人になろうって心がけてる。うん。ねえ、こんなこと言ってたらね、いつまで経っても結婚できないんだろうけどね。うん。やっぱり、結婚して誰かと一緒に住むってなったら、自分以外の人が、その家にいるわけで、家にいるわけじゃん。その状況を許容できないと結婚って無理だろうね。だから僕は一生結婚できないのかな。どうしよう。うん。でもね、やっぱり最近は、結婚自体、うん、選択しない人が増えてきてるよね。これは世界的な流れだけどね。やっぱり、結婚しなくても、自分一人で幸せならそれで十分なのかな。どうなんだろうね。でもね、やっぱり、あの、自分が死ぬ瞬間に誰かに悲しんでほしいっていうのはあるよね。この考え理解してくれる人いるかな。あの、やっぱりね、死ぬ瞬間に自分一人って嫌だよね。うん。僕まだ20代なんだけど、そんなことを思ったりするね。例えばさ、結婚して、自分の子供がいるとするじゃん。そしたら少なくとも自分が死ぬ時に自分の子供は悲しがってくれそうじゃん。うん。だからね、やっぱり家族がいるっていうのは結構いいことだと思うんだけどね。やっぱり自分が生きた証っていうのをこの世に残しておきたいなって思うんだよね。何しようかな。自分が生きた証を残すために何しようかな。うん。やっぱり、王様とか、その場所の統治者とかは、銅像を作ったりするよね。銅像って日本以外の国にもたくさんあると思うんだけど、でもあれって、その偉人が死んだ後に作られたのがほとんどだよね、きっと。僕今一瞬、死ぬ前に自分の銅像を建てようかなって思ったんだけど、あれって、周りの人が建てるものだよね。うん、だから多分自分で銅像は建てないよね。銅像って他人から建ててもらうものだよね。うん。じゃあ、そうだね。僕の未来の目標は、銅像を誰かに建ててもらえるような、そんな立派な人間になることが、僕の将来の夢かな。うん。でもなんだろうね。自分が生きた証を残すためにやれることってなんだろうか。あやっぱり僕は今こうやって、ポッドキャストをやってるから、このポッドキャストを、YouTube 上に残し続けて、後世まで受け継ぐっていうのは、一つの案としてはありだよね。YouTube がいつまであるかわからないんだけど、僕はね、とりあえずこのポッドキャストを頑張ることにしようかな。うん。まず僕ができることといったらそれくらいかもしれないね。うん。皆さんは自分が生きた証、残そうと思っていますか？別に無理に残さなくてもいいよね。それもね、一つの考え方だよね。やっぱり自分が生きてる時間、自分の人生を存分に楽しむことができれば、別にそれが自分の存在自体が後世に受け継がれなくても別にいいよね。
うん。まあ、それは、まあ、考え方は人それぞれだからね。まあ、いろんな考え方があるよね。うん。そうだ、このお話なんでしてるんだっけ？僕のポッドキャスト、まあ、よくあることなんですけど、なんでこの話をしてるのかがわからなくなるっていうね。生きた証を残す話になったのはなんでだっけ？忘れちゃった。ちょっとね、最近記憶力がね、悪くなってきてるんですよ。僕がね、蚊にたくさん刺されてる話はしたよね。うん。まあ、蚊は本当に大嫌いですよ。うん。まあ、蚊のこと好きな人なんているんですかね。まあ、蚊って人間にとって害しかないですよね。まあ、蚊が僕たち人間にもたらしてくれる利益ってなんかあるのかな？まあ、蚊って何もいいことしないよね。僕たちの血液は吸うし、なんかわけのわからない未知のウイルスを流行させるし、蚊って本当に必要ではない存在だよね。うん。まあね、僕は最近は蚊に限らず、虫全般が苦手になっちゃったね。うん。まあ昔はね、虫大好きだったんだけどね。まあバッタとか、カマキリとか公園で見つけると、それを手で掴んでたんだけど、まあいつの日からか、そんなことはね、できなくなっちゃったね。僕の世代の日本人の男ならわかると思うんだけど、僕が、5歳とか6歳ぐらいの時に、虫キングっていうゲームが流行ったんだよ。これ知ってる人いるかな？まあ、これを知ってたらね、相当日本について詳しいと思うよ。虫キングっていうゲームが昔流行ったんですよ。でどういうゲームかっていうと、そのゲーム機はね、ゲームセンターにあるんだよね。で、ワンプレイ100円でプレイできるんですけど、100円をそのゲーム機に入れると、カードが1枚もらえます。で、そのカードに、カブトムシとかクワガタの、写真が書いてあるんだよね。で、その虫を使って敵の虫と戦うっていう、そういうゲームなんだよね。これがね、本当に大流行してました。5歳とか6歳児の間で。でね、ワンプレイ100円で1枚カードをもらえるんだよね。で、つまり、1枚のカードを100円でゲットできるんだよ。でね、そのカードが入ったアルバムが僕の家にはね、3つありましたね。で、だからね、相当お金かかってると思うんだよな。ああ、僕のお父さんとお母さんは、5歳の時の僕のために結構お金をかけてくれたんだよね。うん。なんか申し訳ない気持ちになるね。うん。あんな、ね、子供が遊ぶ、昆虫の絵が描かれてるカードを買うために何円かかったんだろうな。うん、相当なお金がかかっていると思う。相当なお金を僕の両親は払ったと思うから、なんか申し訳ない気持ちになりますね。そう。昔はね、トンボを捕まえたりとか、カブトムシを捕まえてたりしたんだけど、いつの日かね、虫が苦手になっちゃったね。うん。まず、虫とか動物と触れ合う機会が全然ないんだよな。僕がのことを手で触れたのは、多分、小学校2年生ぐらいまでかなって思うんだよね。それ以降は、虫を見つけても触ったりしなくなっちゃったな。だから、今虫苦手になっちゃったんだろうね。小学校1年生とか2年生より後は、遊びといったら、野球とか、ドッジボールとか、そういう遊びをするようになっちゃったから、
虫と触れ合う機会はなくなっちゃったんだよね。それでもね、虫以外の、哺乳類とかでも、僕はあんまり触れ合う機会がないね。今まで犬とか猫とか、そういった動物を飼ったことがないんだよ。うん。だから、動物と触れ合う機会っていうのは今までなかったな。でね、今僕、東京に住んでるんだけど、東京にはね、動物があまりいないんだよね。もちろんカラスは空を飛んでるし、鳩もいるんだけど、哺乳類自体があまりいないな。うん。もちろんね、東京都の中でも、田舎の方に行けばね、タヌキとかキツネとかを見ることはできるんだけど、東京23区で、うん。野生の哺乳類を見ることはあまりないかな。ただね、そうだ、思い出した。最近とある哺乳類を見たんですよ。うん。川で見たんだよね。うん。なんだと思う？僕が最近見た野生の哺乳類は何でしょうか？はい。答えは、コウモリです。東京にね、コウモリがいるんだよ。僕がコウモリを見たのは、夜の時間帯だったんだよね。で、夜に、真っ暗で、明かりも少ない場所だったんだけど、なんかね、目の前をね、黒い影が飛んでったんだよね。で、あれなんだろうなって思ったんだよ。で、最初は蝶々かなんかかなと思って、あれでもやっぱり蝶々より大きいから、鳥かなって思ったんだけど、鳥より小さいんだよね。うん。でね、よく見てみたらコウモリだったんだよ。そう。東京にもね、コウモリがいるんだよ。うん。なんか僕の中のイメージだと、コウモリって洞窟の中にいるイメージなんだよね。ただ、東京の川にもいました、コウモリが。普段どこにいるんだろうね。昼間にコウモリは見たことないんだよ。今まで。人生で一度も。で、夜になったら多分活発に活動すると思うんだけど、昼の間ってどこにいるんだろうね。うん。気になるな。みんなはさ、野生のコウモリ見たことある？コウモリって結構身近にいるんだよね。ね、動物園とかではもちろんコウモリのことを見たことがあるけど、野生のコウモリを見るのはね、結構貴重な体験だと思う。あとね、そういえば最近他の哺乳類も見たな。でもね、その哺乳類を見たのは東京じゃないです。うん。神奈川県っていう県が東京の隣にあるんだよ。で、その神奈川県の、森の中の道を、友達とドライブしてたんだよ、夜に。で、森の中の道だからさ、すごい狭いんだよ。道が狭いんだよ。で、運転してたのは僕じゃなくて、運転してたのは僕の友達なんだけど、あの、その友達がブレーキを踏んだんだよね。そしたら目の前に大きな鹿がいたんだよ。うん。で、その時結構僕怖くなっちゃったんだよね。で、なんで怖くなったかっていうと、あの、もしこの車にこの鹿が追突してきたらどうしようって思って怖くなったんだよね。で、僕たちは、基本的に僕も僕の友達も、自分の車は持ってないんだよね。だから、そのドライブしてた時も、レンタカーでドライブしてたんだよ。だからさ、万が一、
鹿がその車に追突してきて、その車が破損したら、だからめんどくさい状況になるじゃん。だから僕はそれを恐れたんだよね。仮に車が破損したとしたら、警察に電話はしなきゃいけないし、レンタカーの運営会社に電話もしなきゃいけないから、結構めんどくさいんだよね。しかも、そのドライブしてた時間帯が、午前1時とか、そんくらい、結構ね、夜遅い時間帯だったから、多分、そのレンタカーの運営会社もやってないし、警察の方にも迷惑をかけちゃうしっていうので、追突しないでくれって願ってました。うん。でもね、無事、鹿は、その場所から移動して、僕たちは、車を前進させることができました。うん。そうだね。だから、東京都内で、動物を見ることはなくても、田舎の道を車で運転してて、野生の動物を見ることはあるね。僕が今まで見たことがあるのは、さっき話した鹿、あとはキツネ、あとは猿だね。うん。で、猿はね、結構群れで行動するんだよね。これ猿の種類にもよると思うんだけど、日本に生息してる猿は基本的に群れで行動するから、一度に10匹とかがいるんだよ、猿が。うん。だから結構、そこの近くを運転するときは結構怖い。うん。だけどね、たまにね、その、道路の上で、なんか、食事をしてる猿とかがいるんだよ。そうなるとさ、引かないように気をつけなきゃいけないから、それがね、結構神経使うんだよね。うん。そう。だから、動物とは触れ合う機会が、あまりない人生を今まで送ってきました。でもね、今僕は一人暮らしで、家に帰ってきても誰もいないから、寂しいからね。犬が一匹いてくれれば、その寂しさも紛れるかなとは思うんだけどね。みんなは、犬と猫どっちが好き？どっちの方が好み？うん、僕は、犬の方が好きかな。うん、あまり犬も猫も触れ合った経験はないんだけど、犬って結構可愛いよね。なんか僕が今まで SNS とかで見てきた動画とかだと、あの、ただいまって言って家に帰ってくると、犬って全速力でこっちに向かってきて、出迎えてくれるイメージなんだよね。ただ、猫とかってそんなに、その自分が帰ってきたタイミングでもあまり歓迎して出迎えてくれないイメージなんだよ。うん。だからやっぱり犬の方が飼ってみたいなって思うかな。うん。でもね、やっぱり、生き物を飼うって、相当ハードル高いんだろうなって思う。やっぱりさ、その飼った生き物を死なせちゃいけないじゃん。多分、わかんないけど、人間の場合1日3食食べるよね。朝食、昼食、そして夕食を食べるよね。で、犬ってさ、1日何食食べるの？わからないんだけど、仮に1日3食犬も食べるとすると、1回でも餌をやるのを忘れてしまうと、お腹空かせるってことだよね、犬が。それはちょっとかわいそうだな。でさ、僕そういうこと結構忘れちゃうから、僕はね、やっぱり、ペットは飼わない方がいいかなって思うな。うん。うん、僕みたいなバカな人間がペットを飼うと、その飼われているペットが苦しむことになるから、やっぱり僕は犬は飼いません。
うん。その飼ってるペットが自分で、料理をして、自分で自分の餌を作ってくれたらいいんだけどね。そんな賢い犬はいないよね。そういう風に考えると、やっぱり、動物園で働いている飼育員の皆さんのことを尊敬しちゃうね。やっぱり命を預かる仕事って尊いよね。うん。でもやっぱり僕は最近ね、なんかね、動物園のことを考えると、動物に対してかわいそうだなって思うようになってきちゃったんだよね。みんなはどう？これってさ、結構いろんな意見があるじゃん。例えば、動物園反対派の意見は、えーまあ、動物が狭い空間に閉じ込められていてかわいそうっていうのが動物園反対派の意見だよね。でもそれはね、その気持ち結構わかるな、僕は。ゴリラとか、動物園にゴリラがいたとして、そういうゴリラを見ても、なんか、生きてる場所が狭そうでかわいそうだなって思うんだよね、僕は最近。多分さ、野生のゴリラが生息しているジャングルって、本当に広大じゃん。だから、ゴリラも好きな場所に好きなだけ移動できると思うんだけど、動物園でゴリラが飼育されている場所って結構狭いじゃん。でもこれって国によって違うのか？ね、日本の動物園って結構ね、一匹一匹住んでいる場所が狭いんだよね。うん。でもこれってやっぱ違うのかな？日本の国土が狭いから、動物園の動物が住むスペースってちっちゃいのかな？どうなんだろう。うん。で、動物園賛成派の意見について考えてみようか。賛成派の人たちは多分、動物園で動物を保護することが、絶滅を防ぐ一つの要因になってると思ってるし、あとはね、やっぱり野生で生き抜くのって相当厳しいと思うんだよね。でもその気持ちもわかるよね。やっぱり野生の生き物、例えばライオンを想像してみようか。ライオンってサバンナに生息してると思うんだけど、例えば3日間自分の目の前を、自分の獲物が通り過ぎなかったら、3日間食料にありつけないってことじゃん。それに仮に自分の獲物が自分の目の前を通ったとしても、その獲物を捕まえられなければ、食事することできないってことじゃん。そう考えると、動物園に飼育されて、定期的に飼育員から餌をもらう生活っていうのは案外悪くないのかもね。どうなんだろう。動物園賛成派、反対派、二つの意見があるけど、みんなはどっち派？僕はね、やっぱり、自由なことが好きなんだよ。うん。自由でいたいなって思うから、例えばね、自分がゴリラで動物園に入れられるってなると結構苦痛かもしれない。うん。ただでさえ自分が住むエリアっていうのが狭いのに、毎日人間から自分の行動とか、自分の様子を観察されるわけじゃん。それって結構ストレス溜まりそうだよね。うん、結構ストレス溜まるんじゃないかなって思うんだよな。うん。だからね、僕は、仮に僕が動物であっても、動物園に入りたいなとは思わないかな。うん。
僕は長らく動物園には行ってないなぁ。動物園ってどういうタイミングで行くんだろうね。なんかね、僕が、子供の頃は、家族と一緒に動物園に行ったりしたなぁ。でも、大人になってから動物園って行くことないよね。うん。日本にもね、何個か有名な動物園はあるんだよね。東京だったら上野動物園っていう動物園がある。で、中国からいただいた、パンダが飼育されてるね。上野動物園には。うん。で、あとはね、北海道の旭川動物園っていう動物園があるし、名古屋にも東山動物園っていう動物園があります。僕は今行った動物園は全部行ったことがあるな。うん。でも、どうなの？みんなさ、日本に来て動物園に行こうっていう気持ちになる？うん、ならないんよね。日本で、日本の動物園で飼育されてる動物って、もちろん日本産の動物もいるんだけど、結構ね、海外産の動物も多いんだよね。うん。で、どうなんだろう。世界の、日本以外の国の動物園もそんな感じなのかな。自分の国の動物以外も飼育してるのかな。それだったら、えー、どこの、世界中どこの動物園に行っても変わらないよね。うん。そう。だから動物園は、反対派と、賛成派に分かれると思うんだけど、皆さんはどっちの意見ですかね。うん、なんかこういうディベートさ、学生の頃よくやったな。中学生の頃かな、高校生の頃かな、忘れちゃったんだけど、動物園について反対か賛成かみたいなディベートを英語のクラスでやったのを覚えてるね。そう、こういうテーマがいくつかあるんだよな。他にどんなテーマがあったっけ？死刑制度は反対か賛成かみたいな、そういうディベートもあったかもしれない。うん。このポッドキャストを聞いてる人って、世界のいろんな国の方が僕のポッドキャストを聞いてくれてるんだけど、実はね、日本って死刑がある国なんですよ。結構ね、重罪を犯すと、えー死ななきゃいけないっていう、そういう国です。はい。これもね、日本国内で、いろんな、あの意見があるんだけどね、今のところは、死刑っていうのがありますね。うん。他に有名なディベートのテーマって何があるかな？ね。何があるかな？日本で言ったらね、サッカーがいいか野球がいいかっていう、ディベートは、結構ね、いいディベートのテーマだと思うんだけど、世界的に見たらね、もう全然サッカーの方が人気だから、このディベートのテーマは世界的にはあまり使えないよね。うん。懐かしいな。みんなも、こういう授業やったディベートとかやった学生の頃に。僕はね、そういった、ディベート形式の授業は好きだったな。これも国によって違うと思うんだけどさ、やっぱり普通の講義ってつまらないじゃん。一方的に先生が話して、その話を聞いてノートを取るだけみたいな、そういう授業ってつまらないじゃん。だからね、やっぱり、自分が話す機会がたくさんある、そういう授業が僕は好きだったな。でね、やっぱり僕は
高校生の頃を思い出すと、授業がつまらなくて寝てたことを思い出すね。ああ、僕っていうか、日本の高校とか、日本の中学って、生徒のほぼ全員が、部活動を頑張ってるんですよ。で、部活動って、何かっていうと、えーサッカー部とか野球部とかバスケ部があるんですけど、まあ、授業が全部終わった後に、2時間とか3時間とか、そういう部活の練習があるんだよね。で、まあ、授業が始まる前に朝の練習をする人もいるんだけど、だからね、結構授業の時間って疲れてるんだよね。だから、僕はね、高校の頃は授業中に結構寝ちゃってましたね。うん。で、せ、先生に怒られる寝方と、先生に怒られない寝方があるんだよね。で、僕は寝てて、先生にあまり怒られたことないんだよ。うん。だけどね、人によっては、あの、怒られてる人もいるんだよね。で、先生に怒られる寝方っていうのは、もう完全に机に頭をつけて、突っ伏している状態で寝てると、先生に怒られます。うん。だけど、僕みたいに、えー寝ないように頑張ってるけど、寝ちゃってる状態。つまり、机に頭をつけてないで、座った状態で頭がゆらゆら揺れてる状態だと、先生は怒りません。これはね、学校にもよると思うし、え先生にもよると思うんだけど、僕の場合は、そういう寝方をしてたんで、授業中に寝てたとしても、先生に怒られたことはないね。他に授業中に怒られてた人って、どういうパターンがあったかな。そうだ、思い出した。僕が中学生の頃はね、授業中にスマホでゲームしてる人もいたね。で、本人はバレてないって思ってるんだけど、教託から見ると、バレバレなんだよね。そう、その机の下に自分の手を隠して、で、スマホでゲームをやってる生徒って結構いたんだよね。だけどね、あの、先生に見つかると、その携帯を没収されてたね。で、ひどい時だと2ヶ月とか3ヶ月とか、携帯が、その先生から生徒の手に返されないっていうこともあったね。やっぱり、携帯を使うこととか、寝ることとかって、やっぱり、世界共通で許されないことだよね、授業中だと。どう？みんなの国でも同じ？あとはね、授業中にお弁当を食べてる人もいたね。教科書で、その、壁を作って、その教科書の内側で、その、教科書でお弁当を隠して、先生からそのお弁当が見えないようにしてご飯を食べてる人がいたね。やっぱりさ、中学生とか高校生ってさ、食欲旺盛だから、なんかすぐお腹空いちゃうみたいなんだよ。だからね、僕の周りではそうやって先生からお弁当を隠してご飯を食べてる人がいたね。なんかさ、今考えると、すごいバカっぽい出来事だけど、なんか今考えると青春でいいね。うん。まあ、このポッドキャストを聞いてる方の中には現役で、学生の方もいると思います。そんな方々が僕は羨ましいな。うん。でも、さっき、授業中のスマホの使用とか、
って禁止されてたって言ったんだけど、最近の学校ってどうなんだろうね。まあ、デジタル化が遅れてる日本でも、まあ、最近はね、そのパソコンとかタブレットとかを授業中で使ってるらしいんだよね。まあ、僕が学生だった頃は、まあ、教科書も全部紙の本だったんだけど、今はね、タブレットに全部その教科書の情報が入ってるらしいんだよ。すごいよね。で、僕が、まあ、小学生の頃とかさ、もう本当に、もう何冊も教科書をランドセルに入れて、その毎日学校と家を行き来してたから、まあ、結構ね、肩とか背中が疲れたんだよ。さ、小学生の頃ってさ、小学生の体って結構ちっちゃいじゃん。まあそんな小さな体をしてるのに、まあ大量の本とかをね、毎日背負って学校に行かなきゃいけなかったわけだから、まあ結構疲れたんだよね。でもどうなんだろう、最近の小学生とかってさ、その教科書の持ち運びとかもないのかな。タブレットしか持ち歩かないのかな、どうなんだろうね。まあ、そこら辺の、まあ、事情もあんまり詳しくないな、僕は。うん。まあ、さっきね、さらっとランドセルって言ったんだけど、まあ、日本の小学生って、もうみんなね、同じカバンを使ってるんだよ。知ってるかもしれないけど、そのランドセルっていう、まあ、小学生だけが、まあ、背負うカバンがあって、まあ、それをね、背負って毎日学校に行ってましたね。多分今もそうだと思う。でもね、なんか最近、なんか僕の頃とね、変わってきてるんだよね。なんか僕の頃って、まあ僕が小学生だった頃って、女の子は赤色のランドセルを持ってて、男の子は黒色のランドセルを持つっていうのが普通だったんだよ。なんかね、最近の小学生は本当にいろんな色のランドセル持ってる。だからいいよね。だってさ、まあ僕が小学生の頃って、多分、まあ男の子だったら赤色のランドセルを買いたくても買えなかったと思うんだよね。なんか固定概念が定着しちゃってたんだよ。その男の子は黒色のランドセルで、男の子は赤色のランドセルっていうのがね。でも今は最近はなんか、水色のランドセルもあるし、茶色のランドセルもあるし、オレンジ色のランドセルもあるし、もう本当に人それぞれなんだよ。うん。まあ、ただ僕は、まあ今小学生だったとしても黒を選ぶから。多分僕は黒を選ぶと思う。でさ、そのランドセルが結構高額なんだよね。うん。ランドセル1個10万円とかするんだよ。高くない？だからね、まあもちろん安いモデルもあると思うんだけど、ランドセルって結構高いんだよね。だから、親御さんはね、結構な、費用をかけないといけないんだよね。ちょっとね、調べさせて、ランドセルの値段をね、今、調べる。ちょっと気になっちゃった。さあ、見てみましょうか。ランドセルの相場は、だいたい何円なんだろう。最も買われてるランドセルの価格は、6万円から8万円らしい。めちゃめちゃ高額じゃん。6万円から8万円ってことはさ、今売ってる任天堂スイッチと同じぐらいの値段じゃん。えそうなんだ。やっぱり子供を持つってお金がかかるんだね。いやランドセルに6万円から8万円か。でもね、まあ
小学校って日本だと6年間あるんですよ。その6年間、1回も買い替えずに使うって思えば、そんなに高くないかもね。例えば6万円のランドセルを買うとすると、1年あたり1万円ってことじゃん。そういう風に考えると、そんなに高くないかもね。うん。いやー、でも、結構高額だな。うん。多分ね、これ昔からこんくらい高いと思うんだよね。まあ、僕が子供だった頃からは、いろいろ変わってますね。やっぱりね。今の小学生とかも虫捕まえたりして遊ぶのかな。ね。どうなんだろうね。だってさ、今ってさ、楽しいこといっぱいあるじゃん。任天堂スイッチがあるし、スマホもあるじゃん。だって僕が小学生だった頃って、小学校に入学した頃って、スマホがなかったし、うん。だからこんなに、好きな動画を簡単に手軽に見ることはできなかったからさ、今の子供たちって何歳からスマホを持ち始めるんだろう。ね、どうなんだろうね。なんか、結構スマホを幼少期から持つと、いろいろ悪影響ありそうだけどね。まあ、僕らの世代だと、あまり子供が小さすぎると、携帯は持たせないっていう、そういう教育方針の人はいたけどね。でもさ、今ってやっぱりスマホがあった方が便利だよね。例えば、その、子供の位置情報をオンにしておいて、親御さんがその子供がどこにいるのかっていうのを把握したりできるっていうのは結構便利だと思うんだけど、スマホって今何歳から持ち始めるんだろうね。でもなんか最近さ、オーストラリアだっけニュージーランドだっけなあの、子供の SNS の利用を禁止した国あったよね。どこだっけどこだっけあー、ノルウェーが2024年に、15歳未満の SNS の使用を禁止する計画を発表してるね。で、あ、オーストラリアだ。そうだ。オーストラリアで、2024年の12月に、16歳未満の子供が SNS を利用することを禁止する法律ができたんだ。なるほどね。あ、なるほど。SNS の運営、違反した場合、SNS の運営会社に罰金が課されるんだ。へえ。でも確かにね、SNS って危険だよね、子供たちにとって。やっぱり見知らぬ人と、出会うきっかけになるツールじゃん。それで知らない人と知り合って、リアルな世界で出会うってなると、何されるかわからないからね。そっか、でも16歳って結構年齢上だよね。僕は13歳ぐらいから SNS 使い始めたんだけど、でもやっぱり16歳ぐらいがやっぱり規制の対象としては一番、いいのかな。うーん。じゃあ SNS が使えなくなったら、そうだね。でも、SNS って、便利な面もあれば、なんか自分の人生にとって不必要だなって思う時もあるよね。やっぱりさ、
インスタグラムとか、そういった SNS を見てると、やっぱりさ、そういう SNS に、その、載ってる写真とか投稿って、やっぱり全部がキラキラしてるじゃん。例えば、自分がフォローしてる人のキラキラしている部分だけが、その SNS 上にあるわけじゃん。で、やっぱりその、キラキラしてない自分と、比較してしまって、なんで自分ってこうなんだろうとか結構悩んだりしちゃうよね。だからね、やっぱり、SNS って、有効に使えば結構便利な面もあると思うんだよ。例えば、自分が、興味のある学問の教授に直接連絡ができるとか、そういう便利なことはたくさんあると思うんだけど、その反面、やっぱり僕たちの人生において、悪影響っていうのは少なからずもたらしてるとは思うよね。みんなはさ、何歳からスマホを使い始めた？僕は13歳の頃かな、初めてスマホを使ったのは。僕の初めての、僕の人生初めての携帯だったね。でも最初使い始めた頃は怖かったな。最初さ、スマホが登場し始めた時って、パソコンが小さくなった端末だよとかっていう説明が結構されてたんだけど、パソコンってやっぱりコンピューターウイルスがあるとか、やっぱり危険なイメージがあったから、そんな危険なものを、手のひらサイズで操作できるっていうのはちょっとね、怖いなって思う時もあったよね。うん。あとはやっぱりゲーム中毒になるんじゃないかなっていう、そういう不安もあったよね。僕は子供の頃はね、あまり周りの子供たちと比べるとあまりゲームをやってない方だったから、その分、自分はゲームにハマっちゃうだろうなっていう、そういう心配があったんだよね。だからね、僕は、自分の中で、ゲームのアプリは入れないぞって決めて、しばらくね、ゲームのアプリを入れてない時はあったね。でもね、何年かしたらスマホで、たくさんゲームをやるようにはなったね。だから僕が、最初にスマホを持ち始めた、中学生の、頃は、周りの友達がやってるゲームを僕はやってなかったので、なかなかね、周りの人の友達の、周りの友達の話に入っていけないっていう、そういう、悩みはあったよね。うん。だけどね、僕は、13歳とかでスマホを持ってみてよかったなって思ってる。やっぱり、すごい便利だったからね、友達とやりとりするのが。でもどうなんだろうね。オーストラリアで SNS 禁止ってなってたけど、どの程度禁止されるんだろうね。TikTok とか Facebook とか、そういった SNS が規制対象になるんだけど、例えばメッセージアプリとかっていうのも禁止されちゃうのかな。どうなんだろうね。今ってメッセージアプリもたくさんあるじゃん。親とか自分の友達だけとか、そういった人たちとだけメッセージするならいいと思うんだけど、今のメッセージアプリって、大体知らない人と簡単に繋がれちゃうから、うん、どの種類の SNS まで、禁止してるんだろうっていうのは、このオーストラリアの法律では、なんか興味深い、テーマだよね。うん。僕たちもね、YouTube も、一種の SNS だよね。最近はさ、コメント欄で、
やり取りできるし、YouTube もいろんな機能が増えてきて、なんか動画を見る以外にも、たくさんのことを楽しめるじゃん。で、こうやってね、僕のポッドキャストを聞いてくれる人がたくさんいて、こうやってつながり合えたのも、YouTube のおかげだなと思ってるので、こういった SNS をうまく有効活用して、人生楽しんでいければなと、僕はそう思ってます。なんか、僕、うまくまとめましたよね。はい。そんな感じで、気づいたら、時間になっていました。このポッドキャストを寝てる時に聞いてる人が多いと思うんだけど、何人の人が、ここまで聞くことができましたかね。はい。ということで、本日のポッドキャストを終わりにしようと思います。はい。皆さん、楽しんでいただけましたでしょうか。また次回のポッドキャストもぜひ聞きに来てください。それでは、これで終わりにします。バイバーイ。